雨音が聞こえるんですけど、大丈夫そうですね。ありがとうございます。大丈夫そうかな。大丈夫そうですね。あとは何かを伝えておこうと思ったんですけど、そうそう。あとあれですね。今日の配信は日本語でなんて言うんだっけ。ミラー配信を許可しておりますので、皆さんそれぞれのコミュニティとか仲間内で見たいなという方はぜひともご利用いただければと思います。And just one reminder for you, especially for the streamers. So this program is allowed to co-streaming. So if you want to enjoy the letter live with your own community, we encourage to do so. さて、それからあとは、吉田さんの冷圧はまだ感じてないんですけど、今日も同時生放送、同時通訳をしながら行いますので、そちらの方がうまく接続できているか確認したいと思います。アメリカもしくはオールドシャレアにいるあゆみさん、おはようございます。おはようございます。オールドシャーレアンですね。そうですね。Hello everyone. This is Amy logging in from Old Charlian. よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫そうですね。皆さんもあゆみさんの映像音声で何か気になることとかもあれば、コメントの方よろしくお願いいたします。If there's any issues with Amy's sound or video, please let us know in the chat.I guess do I need to keep talking or どうしましょう。話をした方が良いのでしょうか。音声テストということで。まあそうですね。今日どうですか。そちらのお天気はいかがですか。こちらは気温が下がり始めてびっくりしてます。It's getting to be a little cooler. I feel like it's in Celsius. I think we've gone under 20 degrees, which is kind of cold in my opinion. 22度かな。何度だろう。うっちーさんいらっしゃい。I'm not 100% sure. なんだろう、歌詞。そうだよね。歌詞でもわかんない。結局わかんない。東京は今日はでも20度同じぐらいかな。20度前半だよねきっと。ので南西台風ですんで、もう大変です。気圧が低くて大変です。I'm scared of the typhoon that's happening in the Tokyo area. Apparently it's raining so hard that the room that they're in has a window where the rain is like pouring and it's hitting the window, and they're worried it might actually be picked up by the microphones, but thankfully it doesn't seem like it's bothering it's disturbing the sound at all, so that's good. はい。ではそんな感じで音声の映像音声皆さんどうやら大丈夫そうですので、一旦この放送は放送は流れたまま二重の状態にカバーの方に戻させていただいて、で、11時ちょうどから始めたいと思っております。で、昨日のテスト放送で吉田さんもコメントしておりましたが、今日は冒頭から見逃さない方がいいということですので、皆さんぜひともちょっと前から待機しといていただければと思います。じゃあせっかくですんで、これ英語であみさんお願いします。Hi, so I think all of our video and audio seems to be working just fine. So we are going to go back to the cover art and we're going to go into a bit of a pause. The actual broadcast will start at 11 a.m. Japan Standard Time or 7 p.m. Los Angeles time. I believe it's 2 a.m. British time, 3 a.m. Eastern Europe time. But we will be back. And yeah, today we will be talking about a lot of different things. But as Yoshida-san mentioned yesterday, you might want to be tuning in from the beginning of the show. はい。それでは、約40分後にお会いしましょう。一旦失礼します。So let's see you again in about 40 minutes. では一旦失礼します。Stay tuned.
もっとちゃんさん、Twitter をご利用の方はフォローをしていただきますと励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。龍騎さんはコツです。暁好きからやるゲームをファイナルファンタジー14以外維持でもしない鋼の意志が固まった私です。リアルも、狩人、ucchi-sawaさん、いらっしゃい、わらわらいいね。鋼の石。龍騎さん、だって、19日に、バトルフィールド新作や COD とかポケモンとか被り放題被ったから、一つに絞らないとね。龍騎さん、絶対に時間が足らん。リアルも、狩人、
うくひさわさん、そんなこうむってんのか。わらわらやべえ、わらわら。ようここか。リアルの狩人、うくひさわさん。0時期楽しみ会大崎ら。リアルも、狩人、うくひさわさん、ここだ。リアルも、狩人、うくひさわさん、0式。レイド攻略最速ってどこ？海外勢だもんな。リアルも、狩人、うくひさわさん、どこだろう？調べてみれば出てくるんじゃないかな。リアルも、狩人、うくひさわさん、首都コンビニ行ってくる。賢者やんの？リアルも、狩人、うくひさわさん、昼飯買ってくる。ポンポンティー買ってきてよ。リアルも、狩人、
福久沢さん、圧倒的レベル不足。光と闇の絵とペッパータルタル味ください。リアルも、狩人、福久沢さん、タルタル、食いすぎてもう食べたくない。唐揚げくん見ると、ってなる。わあ。あれだけ気をつけろと言ったのに。クリアファイル獲得のギミックわからんかったわ。リアルも、狩人、福久沢さん、ひたすらチョコだ。押し入れがチョコだらけだ。ファミマ行っちゃった。リアルも、狩人、福久沢さん、あかん。リアルも、狩人、福久沢さん、Yもファミマ到着。
場所どこ？リアルも、狩人、福久沢さん、家だと煙もくもくのタバコ吸えないからここです。リアルも、狩人、福久沢さん、特定班やめ、わらわら。リアルも狩人、うっちさわさん。リアルも狩人、うっちさわは、うっちーを覚えました。ウッチーさん、昼飯買っとかないとな。ウッチーさん、てかあと10分くらいか。モットちゃんさん、本日は、当配信をご視聴いただき、ありがとうございます。当配信では、様々な棒読みちゃんの機能がご利用いただけます。概要欄をお読みになった上で、ぜひご利用ください。ウッチーさん、ではちと買い物。ポンポン茶買ってきて。モットちゃんさん、Twitter をご利用の方はフォローをしていただきますと
励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。どうも。お待たせしました。あ、そうか。はあ。まあ、のんびり見よう。今日は。ギリギリ間に合ったよ。よしだーって。よしよし。よしだーじゃらじゃらとか。ポンポンすごいね。ポンポン茶買ってきてねえよ。ファミマだもん。ファミマだもん。ないよ。1分過ぎたぞ、吉田って。吉田って。よいしょ。来た。おおえ、すげえ起動画面じゃん。やば。いやいやいや、やべえ。おお。めっちゃかっけえ。へえ。レースキー行くべ。やばい。いいぞ。皆さんおはようございます。おはようございます。 Good morning, everyone. 第66回この音楽があれか。起動した時の音楽ってことだね、多分。いやー、レースキー行きたいよ。乗り込めー。 Thank you for watching. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy 14. 皆さんおはようございます。Final Fantasy 14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。はい、そして今日はゲストにあゆみさんがいらっしゃいます。あゆみさんお願いします。Hi, hello, my name is Aimi. I'll be helping with translation support for today's broadcast. 今回の通訳サポートを務めさせていただきます。いやー、めっちゃ楽しみなんだけど。よろしくお願いします。よろしくお願いします。And lastly, my name is Toshio Murachi, also known as a Fox. 楽しみすぎてやばい。語彙力。信号を務めますコミュニティチームモルボルことムルーツです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。ということで、まず最初にいや、まあちょっと押したのはさ、はい、まあ僕はギリギリまでタバコ行ってたっていうのも悪いんだけど、オープニング画面をね、いかにうまく見せるかっていうのをギリギリまで測ったんですいませんでした。はい。So we started just a little bit late to this time. Of course, Yoshida had to step out to smoke a cigarette, but that's beside the point. We were trying to show off that opening sequence there on that screen, and we wanted to time it just right. And we were struggling until the very last minute there, so apologies. Yeah, there was a hot debate here. ケンケンガクガクやっておりました。無事出てきてよかった。いや、ゆうきさん、演出、タバコ吸ってた結果タイミング結構調整実は大変で、まあやっぱツイッチは本当英語だよな。動かすんだけど、YouTube は半まではいかないか、英語の方がちょっと多いぐらいか。ニコニコはもう圧倒的に日本語だけど。よいしょ。昼飯とりあえず買ってきた。あと朝の飲み物。ザバス。ザバス。Thank you so much. It was quite a struggle, a big undertaking to make the different adjustments. When we're trying to move large objects on screen, of course, with the fluctuating frame rate, it is a very challenging element to kind of render. And depending on the quality of the rendering, it's quite difficult to get the timing just right. So we did struggle on that. I'm afraid it did delay us in handing over the animation over to the sound. はい。
うん。で、今日はなんですけど、今日の PLL はちょっと特殊な回なので、まず最初に今日がなんでどういう段取りなのかをちょっと説明させていただきます。はい。さあ、どういう感じなんだろう。kind of special one, so let me explain what is the setup for today. まず、今日は通訳、あゆみさんに通訳に入っていただいて、日本語と英語のバイリンガル放送で、行います。So first and foremost, this letter live is the bilingual in both Japanese and English. So we have Ayumi-san here, and she can help translating your student's speech. 野口さんすごいよな。英語できてさ。Yoshida-san basically speaks in Japanese, and then Ayumi-san translate his comments into English. So まず吉田さんが原則日本語で、もろもろ説明していきます。で、それを、あゆみさんが、随時訳していってくれるというスタイルで進みます。で、私ですけれども、毎回これも言うんですけど、私は自分で訳していくんですが、今日南部化構成なんですけど、最後の最後のお知らせコーナーが来るまで、私からは大して重要なことは申しません。ので、あれ今モルボールなんか通訳忘れてるじゃんとかあっても気にしないで、特にあはって言ってるだけだなって思ってる人がいいかなと思いますので、そういうご理解でよろしくお願いいたします。So and then I will translate by myself. But if you notice, if I mistranslating something, but just leave it because nothing important information is coming from my mouth anyway. So until the end at the announcement call section, I am just nodding and then saying, wow, is all my job is. So just leave it. And then today's Letter Live has 3 major sections. これさ、ツイッチのさ、顔文字ブワーってるじゃん。この男の人の顔文字はどういう意味を表してんだろうね。これよく見るじゃんね。There are 3 major sections for today. 今日は大きく3部構成になっておりまして、最初は皆さんお待ちかね、ジョブ関連、全部お待ちかねなんですけど、最初はジョブ関連調整のお話をします。いやー、これマジ気になる。で、バトル関連、今日も PVE ですけれども、バトル関連の調整のお話。PVE もそしてさらに気になる。その他のいくつかお知らせがありますので、そういう話をやっていって、賞味4時間ぐらいですかね。わかんないな。いや、やばい、4時間。今日私こちらに、ニコニコと、Twitch と YouTube とコメントが全部あるんで、大概こっちに行ってる場合コメント見てると思ってください。So just to let you know, Yoshida-san has うちも今メイン画面で映してるんだけど、本当はニコニコがこっち側の画面にあるんだよね。今この画面のこっちか。こっちにニコニコの画面が出てると思うんだけど、実際のスクリーンはこっちやね。あれなんじゃんね。はい、皆さんのコメント、私の方は画面こっちにあります。私がこっちを見てるときは、なるほど、なんかコメント読んでんだなと思っていただければと思いますので、よろしくお願いします。結構ね、見てるか吉田とかね、寝てるかとかね、書かれてるんですけどね。あと眠そうって結構ありますね。We were seeing comments like, "Oh, Yoshida's actually looking at our comments. Oh, he looks kind of sleepy, and is he asleep, etc., etc." でもすごいね、こうやってリモートで翻訳してるってのはやば寝てたらマジはいあるね。あれを全部見るんですよ。もう何から何までサブクエストの端からね、ありとあらゆるものを見てってるんで寝てられないんですよ。やばいって寝てられない。understand how large FF14 is. You all play the game, and we have to check every single aspect of it, from not just the main parts of it, but even the nooks and crannies of the subquests as well. So there's no time for sleep. なので。今日は今モルボルが言ってくれたように、今日寝ろって書いてある。寝ろ。すぐ笑う方。笑いやすいかな。バトル関係のシステムマーだったりとか、アップデートの詳細とよりジョブに関してはコンセプト
をお伝えしていく回になってます。で、例えば PVP の新しいコンテンツとか、桜とかっていうのは次回の PLL で特集するので、そこはぜひご承知おきください。未だにスッともしないけど。マジで人生楽しいよ。笑えるとすごい楽しい。大体笑ってるもんな、仕事してる時も、ゲームしてる時も。吉田に対して物申したい。物申せ申せ。送ればいいじゃん。フォーラムに。愛は伝えるべきだよ。思った時に愛は伝えるべきだよ。で、あと特筆すべきなのは、やっぱりジョブの例えば 6.0 の、例えばナイトがもうここがこうなってここがこうなりこのアクションがこうでこれの強さはこうですみたいなのは当然ちょっと言ってたら終わんないっていうのもあるし明日からいよいよメディアツアーがスタートします。でメディアの皆さんには確かにな。それもありだね。全部ジョブレベル90でプレイしていただいてですね、メディアの皆さんとかインフルエンサーの皆さんが、全世界一斉に情報解禁して、インプレッション上がると思うので、ぜひそちらを難しい。ご利用の方はフォローしていただきますと励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。With the different job updates, I'm afraid we won't go into detail, so we won't be like, oh, Paladin's going to do this and the action's going to be like that, and potencies is this and this and that. Well, one thing, if we said everything, you would take forever for the broadcast. めっちゃラヒーって書いてあるじゃん、ツイッチ。Give me ラヒーダンスとか。The new content, some of the new areas, and all of the jobs available at the upcoming level cap of level 90. So they will be creating information. 5連マ来るとか。And they will go live after an embargo lifts. So I hope that people will tune into that information. 結構ね、今回メディアツアーで楽しみなのは海外のインフルエンサーの方も結構お呼びしてるので、っていうとなんか久しぶりに MMO 談義ができそうでちょっと楽しみだなみたいなのもねいくつかあるんで、その辺をね気力にしながら頑張っていこうかなと思います。And the one thing that I'm really excited about is that influencers joining us this time for this media tour, and so I am so excited to talk about in my interviews. So that's going to be kind of like what I'm going to be looking forward to throughout this media event. あ、ポンポン茶コロボックルだけ残ってたでって今、ニコニコに書いてあったよ。何ヶ月間はギャザクラゲーになっちゃうと。まあそんなもんじゃないの。そうそう、ほんとね。いや、あれマジで腹痛くなるぐらい笑ったわ。じゃあ早速始めていこうとは思うんですけど、2点だけすいません。あと2つ確認させてください。今いつって言ったの？今日お伝えしていく情報はやっぱりエンドウォーカー10月のフィナーレまだ開発中日まではよく見てなかった。本当にギリギリまで何日って書いてないってことは日にちまでは言ってない。今日お伝えした内容が変わる可能性があるっていうのはまずご理解ください。So before we jump into the main part of the show, we would like to bring up two additional points. First of which is, of course, we'll be talking about Endwalker today, but we are still making final adjustments. It is still in development, and so please understand that some of these elements are subject to change. そしてですね、もう一つ大事なことなんですけど、確かに私疲れております。疲れているのは事実なんですが、怒ってるのとか、そういうのはないです。顔がね、そういう顔なんです。怒ってたりとかは決してしてないので、真面目に話すとなぜかね怒ってるって言われるんで、ね、そこはご理解をいただきたいのと、ちょっとやっぱ疲れは確かに疲れてるんで、言い間違いとか。思ったりとかする可能性があるんですけど、今日はちょっとすいませんご容赦いただけると助かります。はい。And one important thing, I am tired. That is a fact. I'm sorry. And people have asked, Yoshida, are you angry? And I am not. I'm just
this is the way I look. This is my face. So whenever I'm talking about something serious, I probably give off the impression that I'm angry. But please understand, I am not. I am tired, so I might my speech might not catch up with me quite. I might stutter at times, but please understand. 俺まだまだやることありすぎてる。Yeah, that's good disclaimer. まあまだそもそもメインをついたのが5.3だったしね。いつも疲れてる。いや、言いますよ。さあ、じゃあ始めていきましょうか。まあ一応後ろ制限はないんでね、ゆっくりやるところはゆっくりやっていけたらなと思ってます。ツイッチコメントめっちゃ高いな。ファイナルファンタジー14プレイヤーがウマ娘ばっかやってる状況なんやねん。リュウキさん、怒りを鎮めたまえ。虚無期間は何かしらの形で必要なものなんだぞ。確かにな。引きが重要だよ。引きがあるから、ねえ、お笑いだってそうだろう。引きがないとさ、常に最高潮だったら疲れるだろう。お、来た、ジョブ関連。リュウキさんというか、その期間がないと普通に読む。そうだよ。たたり神になってその可能性あるぞ。大丈夫か全ジョブに対する基本調整方針。はい。静まりたまえ。静まりたまえ。ブリンガーズ 5.0 の、方針をそのまま引き継いでおります。So just as a baseline, we are sort of building upon what we have adjusted in Shadowbringers 5.0. まあもちろんその新たなアクションとかはあるんですけど、まあその新システムとかをね、各ジョブにこうゴテゴテつけたりして、もうそのさらにシステムを各ジョブ複雑化させるようなことはしてません。And of course, with the new level cap, we do add some. まあそれでいいよね。But we haven't incorporated in sort of brand new system tackler or made anything too complicated. まあもちろん今のこのコンセプトはまあご時世だったらそれでいいと思う。新しいアクションっていうのは当然たくさんありますし、変わってるところっていうのも各ジョブね、それぞれ大小ではありますけど、結構あるので、まあその辺の方針は今日お伝えしていこうかなと思います。And of course, with the basic thought being building upon Shadowbringers 5.0, of course, there are new elements that are added leading up to Endwalker and different elements that we have changed, may it be small or big. So we would like to go over some of the concepts or the directions that we've taken for these different updates. でこう一部ねちょっと複雑にしてほしいなと。グッドバイ MP とか書いてあるけど、なくならねえっつの。なくならねえっつの。やらないと以前やって大変なことになったんで、ジョブの扱いは難しいわ、コンテンツは難しいわになってしまってやっぱりちょっとやりづらいと思うんで、今が一番安定してるかなと思うので、この方針を継続していく予定です。And of course, there are a small group of you that desire for that complexity of what we've done in the 3.x series. But まあだからこそ結果が出てるっていうのもあるしな。It's quite a struggle because not only does the job actions become complicated, the content themselves make it kind of compoundedly worse. So, 詩人にキャストあった。Sort of stable plays Shadowbringers. So I think we would like to continue in that direction. まあもちろんね、個人個人ね、3-0時代が良かった、4-0時代が良かった、いやいや今がいいんだっていうご意見あると思うんですけど、まあ全体をずっと長くね、こう見てきた自分に関して、まあやっぱ5-0の方針が一番多くの人にフィットするだろうというすいません判断をさせていただいております。And of course, I'm sure different players have different. いいね。カジュアル MMO。I love the 3.0 series, まあそうだよな。リュウキさん、踊り子にちょこっとスキル回しが変化する要素をください。じゃあ毎回魔改造される貴公子とか書いてあるんだけど。そうなの。We do feel that 5.0 seems to fit as many people as possible. So apologies, but this is kind of the direction we're taking.
さあそしてもう一個全ジョブに共通して主に攻撃に関わるところなんですけど、主要な攻撃に関わるような、シナジーとかも含めたアビリティのリキャストっていうのをおおむね60秒120秒の間隔に、各ジョブ寄せてます。ほう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 。合わせやすくなるって感じもあるし。And some of the like じゃあ黒どんなん and の their recast timing. I think we've kind of equalized it to kind of lean towards that 60まあバーストは助かるよな。 seconds. そりゃそうだよね。このあたりがですね、可能性あるかもね。やるときにこうバースト薬を飲み、こう各ジョブアビリティ全開放してこうバーストするぞみたいな時に、まあバーストがこうマモン120になっちゃうのって書いてある。マモンどうなんだろう。だったりしてるんですいやでもマモン60はちょっとやりすぎな気もするもんな。各ジョブこう別のジョブをやった時にも、息が踊り子による。サイクルってテンポ感は揃ってくるかなと思う。いやマモン60はさすがに。And this takes into play マモン変則 the high difficulty dungeons and raids, where you have that sort of burst timing that you can match. いやそれはさすがにちょっとやりすぎじゃね。ステップがある限り難しいっしょ。マモンは。まあ自分黒メインでやってるからあれだけど。まあ下手くそだけどさ。So even if you kind of go into your alt job, you'd still have that kind of similar tempo or that cycle that you can keep up with. でも主要なアビリティ。ただしですね、はい、最大の注意点でございます。こちら。Of course, there is a caveat to that. 当然ですね、すべて押せ切るわけにもいかないので、全部60と120になってるわけではございません。ここは忘れずにぜひご注意ください。それそうだよな。But that being said, of course, we were not able to align everything. That's exactly 60 seconds or 120 seconds. So please understand that not all the abilities might match up perfectly. Exactly. あ、そうなんだ。20秒になってねえじゃねえかよってことがあったりするわけですよ。クロモンもね、残念ながら90秒リキャストままなんですよね。ああ、やっぱクマモンは90秒。はい、確定。吉田が黒ゆえの絶望の宣告を受けました。クマモンは90秒確定です。They've neglected me. I'm not aligned to your timings. プロデューサーのメインジョブのね、主力アクションがそのなんか寄せていく対象に入ってなかったっていう。It's kind of unfortunate. The main job of the producer of the game missed out on having his timings of his ability. His main one of the まあでもちょっとマモン60秒はさすがにやりすぎだもんな。移動もできちゃうし。フェアですよ。みんながパンもやってる間にその30秒後に次の魔王を私があいつ一人で何やってんだみたいな空気が調整中にもございました。So like everybody else is doing their abilities and their nice cycle timing, and then 30 seconds later I come in with my ley lines and everybody's kind of looking at me weird, like what is he doing off timing? ではですね、この全ジョブに共通する、まあベースは 5.5 をそのまま準拠してますよ。で、いろんな主力の攻撃に関わるようなアクション、アビリティのリキャストが60、120にこう、寄ってますよということによって結構変わるものってあるんですよ。まあ、それを頭の中にまず入れた状態で、見ていただきたいものがあるので、皆さん頭の中に入って大丈夫ですか？So again, our base concept is kind of building upon that 5.0 Shadowbringers, and then a lot of the primary abilities have been aligned to kind of fall in place between 60 or 120. もの時代来るかって。Cast timing. So with that in mind, 黒もシナジーしたい。kind of change in accordance to those updates. So if you could keep that in mind, and there's something that I want to watch, I want you to watch as you think about that.
So, are you ready? 皆さん大丈夫ですか？では約20分ありますので、はい。20分私もコメントはしません。じゃあ全ジョブか。ゆっくりご覧いただければと。ああ、そういうことね。あゆみさん、ここまでまず1回。さすがに20分じゃ全ジョブだよな、これ。So we will be looking at 20 minutes footage. None of us here will be making any comments. So if you could take your time to watch the footage, and then he has more to say. さあ、それでは、6.0 エンドウォーカーおー、楽しみ。アクショントレーラーとめっちゃ楽しみ。 This is the 6.0 job action trailer. どうぞ。おー、来た。もうこの映像もなんかすげえいいんだけど、かっけえ。めっちゃ凝ってんじゃん。かっけえ。やっぱタンクかっけえ。お、リュウさん。でも使ったことないからよくわかんない。なんか増えた。見えないのか。おうか。うん。なんか、パパパパンみたいな。いやーでもいいな、かっけえな。画面真っ白になるんだよ。わかる。吉田。わかる。あれ、会員表示にしてる。戦勝まだね、上がりきってないんだよね。レベル40とかなんだ。斧捨てたぞ。斧捨てんなって。アクションは全て高画質で乗るもの。確かにな。文字でね、見づらくなっちゃうんだよね。いつものいつものかな。お、赤まあ使ったことないけど。謎バリア。なんかゲージが違う。ストックなんぞって。ゲージの下のやつか。お、ガクさん。学者は最近やり始めてる。虫なんかした？お、暗黒。暗黒上がってんだよね。ああ、これはいつものやつだね。んで、影出して、
仲良しめ。シンクロしてるって。お、踊り子。りゅうきさん、踊り子だ。来たよ。なんだ今の。ねえ、ピーって言ってたよね、今。人種族うさ耳で踊り子やりたい。いやー、いいね。お、貴公子。うちの配信だとココアちゃんだね。キャッハーキャッハー。おー、いいね。お、来た。ロボ。本体。ご利用の方はフォローをしていただきますと励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。おお、フィニッシュかっけー。お、ランブレ。エミルンだね。赤間って。赤は添えるだけ。ソイル3つ。ソイルをなんかやるってことか。リュウキさん、踊り子は全体技とバック形成のありき追加か。なんだ今、スパーンって言ったぞ。お、詩人。これは普通のやつ3つ連ねて。歌45秒。よくわかんねえ。歌増えたな。全部使って。お、先生。あれ先生がピュアか。星といえばウリエンジさん。ね、本当に。先生も使ったことない。星が落ちてきたって。そうだね。なんか斜めにスパーンスパーンスパーンってこう。サムライ使ったことないけど。ここはシャン、あ、違うだ。あ、ここはシャンか。あれ反撃とかなのかな。あ、やっぱカウンターっぽいよね。そうだよね。
なんか貯めたもな。返し早い。白。白も多いもんね、プレイヤー。ああ、いつもの。全然あ、なんか出てる。何これ、右のやつ。へえ。忍者。あいえ。まあぶっちゃけ使える情報がさ、ほとんどないからさ黒以外ほとんどよく分かってないっていう。ガンブレも使えな。ほう。きたー、ブラックメイジ PLM 魔門からどっちブリはいはいはい、ここら辺は変わんねえな。ファイじゃ変わんねえな。ここは変わってない。あ、なんだ今の。メドローア。ここら辺はそんな変わってないな。でも結構最初の方で入れてたよな。おお。待って。右下よく見たかった。ちゃんと見てなかった。あ、そういうことか。1個増えてら。3連。え？減ってなくね？あ、違う。そう。で、2連入れて。おー、賢者！ファンネル。ガンダムだって。おお、かっけえ。マジでね。マジで。文句。ゲージが増えてるって。木人2つ？なんで？おお、春歩みたいなのをして宿地春歩へえ。あ、王さん来たじゃないですか。おお最強士。
まあやったことないからわかんないけど、信号機はやめろ。信号機で。おお、ガルーだ。ね、みんな書いてあるね。へえ。あ、色は晩神。はあ。おお、タイタン。かっけえ。召喚かっこよくね。ずるいんだけど。いや、かっこよすぎでしょ。きたーマジで。これは召喚師超高評価。完全に王の機関。最後イフだってね。ラムーは出てないかな今のところ。いやー、増えそうだねこれ。いやー、フェニックス健在。召喚やっべえな。おー、リーパー。来た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 。なんだろう、最初なんかスーってやったな。あー、なんかドレイン的な感じのなってるね。これは普通になんか攻撃の連続のやつかな。あーでし、あれ味方か。味方？え、なんか吸ったよね後ろのやつから。はあ。お、なんかまとったって感じ。いや、動きはめっちゃかっけえな。おお。さあナイト主人公。一番コメント来てるね。しかも月。かっけー、かっけー、かっけー。セイバーだよマジで。これは主人公だ。これは主人公だ。無限の牽制使ってた。ブレイドワークス使ってた。はい、ロバートン動画ご覧いただきいやました。ー、いいね。めっちゃいい。まあ、まずは、ウォリアーオープンナイト。いかがだったでしょうかね。But first of all, yeah, it's a 20-minute trial, so to speak. まあ、召喚がすごい、すごいね。もう、めちゃめちゃ評価があった。ファイナルファンタジー11の黒豆からまあ 5.0 準拠で、まあ正当に全体そのまま進化していきつつ、まあ主要リキャストが60、120に寄ってたりするので、あれなんかローテーションずいぶん間隔短くなったなみたいなのあると思うんで、まあそのあたりを順次ジョブごとにこれからご説明していこうかなと思って。おお、こっからだ。
So of course, as mentioned earlier, ファイナルファ our ンタジー basis 11の黒マもカマソールしてたし。あ、そうなんだね。へえ、初めて知った。ゆうきさん、肖像感ががっつり変わってるよね。召喚、どうなんだろうね。召喚師、マジ召喚師って。額はないっていいぞ。intervals between them may feel a little shorter. So we'd like to go into the different jobs now to explain some of the concepts and ideas. まあ、ファイナルファンタジー10のコラボにヒントがあったかないと。召喚師になっているっていうコメントが英語も含めて多いですね。あ、英語も含めて。I feel like I see a lot of comments that are saying, "Oh, the summoner is now a summoner, and we're summoning." And that goes for both the Japanese and English comments that I see. 私が見た中ではアルティマウェポンかよって言ったのがちょっと面白かったです。So are you now Ultima Weapon? That was a funny comment I found. まあ召喚だけ尺投げずるいっていうコメントがあったんですけど、まあ見せないと全部わかんないかなと思って、一応ね一通り全部載ってるはず召喚は。はい。Of course, some of you may have noticed that the length that Summoner is being featured is a little longer than everybody else, and they were like, not fair. But I mean, it's quite a significant change, so we wanted to show off all that we can. さあ、じゃあ皆さん頭の中にそれぞれご自身のメインジョブの映像ある程度頭にモーション気合い入れてくれ。で、ここからロールのお話で、それぞれのジョブの話。黒さんファイヤー打たなくなる感じですか？つけて全ジョブお話。そもそもファイヤー打たないよねっていう。Okay, so now upon looking at the job action trailer and having that sort of あ、でも途中あれか継続で挟むか一発。and what actions that you saw, we'd like to dive in. We'll start ってことは入れなくていい感じになるのかな。さあまずはタンクからいきあ、多分あれだ、光とあ、光ですね。何？ファイヤー系ブリザード系の合成のやつが延長するときに入れるような感じのタイミングじゃなかったかな。だからファイヤーの代わりにそれになるんじゃないかな。お、タンク。いいですよ、出してもらって。はい、一部の防御バフに関してなんですけど、単にね、それを実行するだけじゃなくて、例えば敵のダメージの、直前に差し込むことによって、よりちょっとメリットがあるとか、他のアビリティと重ねて、ジャスガ的な感じな。使うことで効果がさらに付与されるとかいうちょっとテクニカルな防御バフを入れたりしてます。So certain the certain defensive buff, that you cast. はい、こんにちは。いやー、めっちゃ熱いわ。っていうか、いいな、こうちゃん、召喚。めっちゃいいじゃん、召喚。召喚超評価だだ上がりだよ。Using them in combination, it allows for greater benefits and sort of like a technical aspect to some of these defensive buffs. なんかこれね、ジャストガードとかパリーとかやりたいんだけど、サーバークライアント型のゲームでね、さすがにそれは無謀なので、まあ、ねえ。すごい効果の例えばですけど、効果の短い追加効果があるんで、なんかこう、敵の栄称の半分ぐらいでもうとりあえず打っときゃいいやだと、まあ、なんていうの、一応軽減 10% とかは働くんですけど、その後についてる効果がちょっと無駄になるねみたいな感じなので、そこは効果を見てうまく使ってもらえるといいなって感じですね。ああ、そういうことか。Okay, so we're not talking about something very exact like a guard. ねえ、いや、マジかっこいいわ。That's quite difficult for something that's a client-based MMORPG online. So it's more along the lines of some additional benefit for a short amount of time after utilizing certain abilities. So before you might be thinking, oh, okay, enemy is casting. I'll just go ahead and ability. でもコメントだとガクさんが一番出てるな。It's like a 10% damage mitigation, but there is a bit of a waste. And so by combining it with optimal like ability use, optimal times, you can reap even further benefits.
で、あとですね、また効果がね、それぞれちょっと異なる。自身もしくはパーティーメンバー1人に付与できる防御バフを各タンク上部持っているようになっているので、MT、ST の場合、どっちでも役に立つんじゃないかなと思います。And of course, these different effects do allow for different sort of effects that are being added to you. Some of these are a defense buff where it applies to yourself and a party member. So I think it does come in handy regardless of you main tanking or off tanking. では次の項目なんですけど、これはねちょっと近接物理 DPS も共通なんですけど、今までウェポンスキルコンボ中にですね、例えばトマホークとか遠隔攻撃を途中に挟むそれをなくしました。めっちゃありがたいじゃん。ね、これありがたいよね。どうしてもさ、ね、円範囲とかがあってさ、わーって逃げてさ、どうしよう、シュピーンってこう投げたらさ、切れたみたいな。これはありがたいね。槍投げられる。いっぱい槍を投げられる。文句に飛び道具を。もうさ、トークコメントが。文句で石投げさせて。モットさん、ツイッターをご利用の方はフォローしていただきますと励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。So with the different actions kind of being adjusted, so the recast timing leans closer to that 60-second intervals. Your rotation コメントが荒れてる。ちゃんと話聞けや。近接部って言うてるやろって。言うたろって。文句は何を投げれば。文句さんは波動拳を覚えてる。例えばボス中心の攻撃があるので、一回大きく距離を取らないといけない。みんなちゃんと昼ご飯用意しといた。ちょっとコンボが途切れるのを嫌がって、もうそろそろお昼だけど。ないみたいなねところがあったと思うんですけど、そこはグローバルクールダウンが無駄にならないのであれば、リュウジさん、メレンははばかるけど文句は？グローバルクールダウン中にあえて避けて即戻るみたいな方がいい時もあるし、そこら辺は文句さん波動拳とかって言われてるよ。プレイヤースキルが少しずつ差が出てくるんじゃないかなとは思います。はい。And so, for example, say a boss kind of has this ranged, an AoE attack that starts from the boss and kind of goes outward, and everybody has to kind of disperse away from the boss. Some people don't want to break their weapon skill combo and include that sort of ranged attack. But with the 投石復活してもともとあったってこと？石、その投石みたいな。石投げてそうしたら味方に投げてくぞ。やめろ。やめろ。それ過去作にあったとかってことかな。さあ、では、3つ目なんですけど、これもですね、タンクのみというよりは、物理攻撃をするジョブ全般に関わってくるんですけど、ちょっとちゃんとお伝えしますね。はい。And then the third item, and this doesn't apply just to tanks, but anybody who is making some kind of physical attack. ちょっとカメラにします。そうですね、生カメにしてもらっていいですか。ですね、今までファイナルファンタジー14のベースのバトル計算式っていうものの中に、皆さんね、レイドとかやってても、この攻撃は物理か魔法かみたいなよくあると思うんですけど、当然物理攻撃の計算式と魔法攻撃の計算式っていうのがそれぞれ一つずつね、存在してます。はい。So of course, with Final Fantasy XIV, we have this sort of calculations of the damage that is being dealt, and there's like a
base or like a fundamental formula さ that is applied. 関係ないから I'm sure those of you raters 物理あんまりやんないから know な。あ、でもタンク to discern, ちょい if ちょ an いやってる attack からな。 is a 一応関係 physical するのか。 attack or a magical attack. And each of these have their own sort of formula to calculate the damage that is being dealt. これは新生14レルムリボーンを開発した時に、作ったものなんですけど、当時ねどういうふうにさらにこうバトルをアップデートしていくかっていうのはいろんな可能性が取れるようにするためにこの物理攻撃っていうベース基礎計算数字と、魔法攻撃基礎計算値っていうのを、それぞれ設定してたんですね。別々に調整できるように。で、こっちが魔法攻撃力だとすると、こっちが物理攻撃力。魔法の方がより複雑な計算をするかもしれないっていうので、こいつの値はちょっと高かったんですね。物理計算式のベースになってる値より。And so, with 英語はなかった。Final Fantasy 14, Final Fantasy 14 being, oh, sorry. どうぞお願いします。When Final Fantasy 14 was being relaunched as A Realm Reborn, we tried to make sure that the programming it allows for future updates in the battles, and we try to leave the different possibilities open. So the fundamental sort of physical damage calculations were set up so that we have two separate formulas going on. So we have the magic damage attack calculation, and then we got the physical attacks. And when we were initially thinking about these two separate ones so that we can adjust them separately, the team did determine that with the magic attack, it does tend to be a bit more complicated in the different calculations. So the base, like the fundamental value, is set just a little bit higher than the physical base fundamental numbers. で、レベル80になってもこの差っていうのは縮まらない基礎値だったので、めっちゃツイッチもニャーってみんな打ってる。海外翻訳で時間かかるからってモルニャンを拾わないで。マジでね。攻撃計算機よしニャン。魔法と同じ値までこれトレンドに来そうじゃね？完全に同じ数字になるようにしました。はい。And so, with the characters now leveling up to level 80, this fundamental number did not change as we raised the values. And so, with this update, in order for us to make sure these are balanced, left, right, we kind of pulled up the physical base number so that it matches the magical damage attack. で、じゃあそれをやるとどうなるかっていうと、物理攻撃が全体的に強くなるんですね。その計算の元に使ってる数字がリーパー14ライブ掛け算すると当然その数字でかくなると思うので、今まで使ってたそのベースが高くなる現在のトレンド、コンボ中断遠隔攻撃、威力ってところに書かれてる数字が総じて下がってます。あ、なるほどね。バランスをちょうど揃えるために威力の数字が落ちてます、全部。はい。So what that means is that with the base numbers being equalized, the physical attacks would naturally become stronger by default because of course the fundamental number has been raised to match so that both of these are balanced. But that being said, we need 数字見て文句勢はちゃんと聞いとけよって話だね。なぜこの説明をこんな丁寧にね、吉田猫かわいいなみたいな、そんなつもりでやってるんじゃないんだ。なんでこんな丁寧にこの後メディアツアーで各メディアの皆さんからスキルの多分スクリーンショットが出ると思うんですよ。その時にあれも弱体化されてる、これも弱体化されてる、あの数字も下がった、この数字も下がった、吉田は何近接に何か恨みでもあんのかみたいになるのを避けたいんですよ。なので全体の基礎計算式が上がってるんで、その分掛け算したら高くなりすぎちゃうんで、数字は全部一律下げてるんで、そこはご了承くださいねっていう。You're saying Yoshida looks like a cat, but that's beside the point. So with the adjustment of the fundamental numbers going up, of course we have to adjust the potency numbers so that
even if it's raised, it stays the same. So the numbers themselves look like they're low. So I wanted to bring this up because now that we're going into the media tour and we're going to have members of the media and influencers kind of play the game and see the potency, and they would take photos or screen captures of the game screen, and people might wonder, oh my gosh, have they nerfed some of these potencies? Oh no, this one has gone down too. What happened to all of these physical melee attacks? What the heck? But just please understand, the potency is noted as like a lower number, but that's only because of fundamental physical and it's 確かにね。 make it even out. So it's across the board. You might notice 絶 that. 対切り抜かれるって。はい、という説明でした。これはまあタンクだけではなく物理攻撃を行う、例えば近接命令 DPS もそうだし、遠隔命令 DPS もそうです。同じことが起きるので、それはそれぞれの項目でもまた軽くは触れますけど、ご承知おきください。はーい。 But of course, 承知しました。 again, this is not just for the tanks, but anybody who is お doing 昼だよ。 physical attacks. So that means melee, 12 like 時だよ。 DPS, as well as ranged physical DPS will be affected by these numbers. なんか俺をヨシニャンって言うのはやめろ。 Call me Yoshinyan. 48歳のおじさんにそれはないだろう。I'm 48 years old. Please don't call me that. あ、そうか。声だけだとね、機嫌悪いのってなるんで、確かに。まあ大丈夫ですか。リュウキさん、現場やした猫実装して。マジでな。 And then people start to comment, oh, Yoshida sounds angry. No, don't worry, I'm not angry. I'm just joking. はい。じゃあ続けてた1条目ナイトいきましょうか。はい。 Okay, moving on to the Paladin. はい。じゃあ1行目どうぞ。まあリクエストカットの、効果をね、残り MP 量気にせず使えるようにまあ調整したりとか、さらに、さっきね動画でもご覧いただいたと思います。コンフィテオールから派生する3段コンボ、ないとわかんない。みたいな3段コンボが、追加されてます。まあ主になんで、まあこれ以外にね、もちろん多数の変更点追加あるんですけど、まあ代表的なところだけ。はい。ああ、次は明太マヨ。合間の明太マヨ好きなんだよな。ちっちゃくなったけど、明太子もちゃんと入ってるし。You may have seen in the job action trailer earlier, but yeah, there's this really neat sort of combo that happens after you launch Confiteor. So yeah, those are some of the major updates. Of course, there are other multiple different adjustments that were made to the tank, but those are the main ones that we want to pick up here. まあナイトはいわゆる正当進化で、まあ何がめちゃくちゃ感じです。で、基本ローテーションはただちょっとあまりにも脳死にならないように、少し工夫というか考える余地みたいなのを今回入れてあります。So with Paladin, it's just a straight evolution, kind of keeping in the trend with Shadowbringers going into Endwalker. So it's not a drastic difference per se, but of course we don't want y'all to be brain dead as you're doing your rotation. So there are some aspects that will require some strategy, require some thinking. で、都心のですね、インタービーンの、要は受ける距離が、5メートル伸びて20メートルになっているので、まあ、その辺の向上もさせてもらってます。And the gap closer, intervene, has been adjusted as well. There's an additional 20メーターはめっちゃいいな。そうなの、タンクみんなそんな感じになるのかな。だいたい15メーターだもんね、確か。Next up is the warrior. まず一つ目、選手はですね、まあ、範囲攻撃のローテーションをやるにも一定間隔で、まあ、ブレハをやらなきゃいけなかったんですけど、今回範囲コンボだけでもそもそも、バフが付与されるようになってます。付与も維持もできるので、相互単体から範囲から単体みたいなところが割とスムーズになってます。
And then, so with this one, the first point, damage effects can now be triggered and extended by AoE combos. So I'm sure as you're playing Warrior, at one point you'd always have to insert Storm's Eye into it in order to kind of sustain. But we have made it so that it can be triggered and extended even if you're doing your AoE combos. So I think it's a smooth, it causes for smoother transitions if you want to do like a single target rotation into like an AoE rotation. ね。先ほど動画でももうすでにお気づきの方がいると思うんですけど、2つ目、オンスロートとアップヒーバルからビーストゲージ消費がなくなってます。And then the second point, and you may have noticed this from the job action trailer, but Onslaught and Upheaval will no longer drain the beast gauge. さらに、現象の解放の実行後に発動できる新しいアクションが追加される。And then there is a new action that will be available upon execution of inner release. あと大きいのはですね、基本無料で草。60秒になってます。基本無料。回転数が上がるので、効果回数は3回になってます。で、まあ頻度は上がるんで、だるさは減るだろうなと思います。And note with the inner release, the recast time for that will be adjusted to 60 seconds. So you will have the effects for 3 times. And so I think that will kind of allow for like the frequency to be more often. So it kind of reduces that sort of dragging or lagging feeling. あとはですね、オンスロート、さっきね、ビーストゲージ消費なくなったって言いましたけど、さらにオンスロートのチャージがタンク唯一の3なので、かつ新アクションがあれ結構遠距離からも打てるんで、実は機動力かなり高いです。And then we mentioned about how Onslaught will not drain the beast gauge. We are also adjusting that to a total charge of 3. And then with the new action that stems from it does allow for a lot of mobility. あとは原初のタケリも今回パワーアップさせてあるので ST 性能も上がってます。And then sorry, 原初のタケリ was I want to say nascent chaos. No, that's not it. ごめんなさい。I'm sorry. チェックしてから。はい、チェックしてください。大丈夫ですよ。アクションベア難しいんですよ。ごめんなさい、原初の。ね、日本語と英語全く違いますからね。原初のタケリ。いや、この翻訳を一人でやるっていうのがすごいよな。Sorry about that. Nascent Flash will allow for it. So if you're off tanking, it will also help you there. でも英語できる人ほんとすげえと思う。という感じで勉強しなきゃなと思うんだけど。あゆみさん大丈夫？進めて。はい、大丈夫です。はい、では続いて暗黒騎士いきましょう。Moving on to the Dark Knight. で最後はまず一つ目。野菜たっぷりスパゲッティだったかな。結構めんどくさかったグラウンドターゲットで、自分の足元に設置して、さらにその、設置中に発生するアクションっていうのは足元ね。はいはいはい。確かに固定するのめんどくさかったもんな。位置指定がこう、カチッてやるのがすごいめんどくさかった。暗黒は一応80まで上がってる。でもね、全然やってないんだ。罰滅1回もやってない。僕もそうだったんだけど、マクロ作ってやってたりするのが、もはや何なんだっていう感じだったんで、もう変えました。はい。So even Yoshida had to like set up a macro so that we can place the salted earth, and so it seemed a little pointless. So we have made adjustment there. で続いて、プレイヤーが新しいアクション、習得するので、英雄の英進もその新アクションを使うようになりますよ。素晴らしい。And so the second point was your simulacrum will also gain a new action when you acquire one of the new job abilities. So your living shadow is going to learn new actions as well. 暗黒は今綺麗に結構ローテ回せてるんで、極端に
なんか変わるってところはないんですけど、ただブラッド・デリリアムのリキャストが、こちらも60秒になって、3回までの投下になってます。なのでやっぱりこっちも回転数は上がります。And so I think with the Dark Knight, the rotations are pretty clean and straightforward. But one of the other changes that are being applied is delirium. Recast time will be adjusted to 60 seconds, and that would be also affected up to 3 times. So again, I think frequency will go up again. あとはプランチカットの、射程範囲も20メートルに、拡大します。5メートル伸びる。で、あとは新技でブラックナイトとは別に単体ターゲットの防御バフも追加されています。And so with plunge, again, that is also going to extend its range another 5 yalms, so a total of 20 yalms. カチカチやんけ。絶対誰か言うかと思った。Action that's added separately from the Black Knight would be a single target defense buff. はい、暗黒騎士はこんなところで、続いてガンブレイカー行きましょう。I think that's it for the Dark Knights. So moving on to Gunbreaker. はい、まず一つ目、サベッジクロー。これはよくわかんない。いわゆるあれですね、ソイルコンボですね。こちらがですね、ホットバー上でビートファングから順次置き換わるようになってるので、これ楽になるんじゃないかなと思います。操作量。So the first point says Savage Claw and Wicked Talon will now swap in for Gnashing Fang on the hotbar, reducing the number of inputs. But basically, your cartridge combo that starts off with Gnashing Fang will be like a one-button combo where it will kind of replace the Savage Claw, and Wicked Talon will swap in its place to do the combo. なので、よくわかんないという人にとって詳しく言うと、ビートファングを使うと2段目のサベッジクローにアクションがもう自動的に置き換わるので、そのまま同じアクション実行すると、サベッジめっちゃいいじゃん。フォローしていただきますと励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。発動できるようになると自動的にそれも置き換わるっていうことで、ホットバーがかなり節約できるんじゃないかな。So just to kind of explain it further, basically, like we mentioned, it's going to be a one-button sort of combo that's triggered when you start off with Gnashing Fang, and then in that same slot you'll have Savage Claw, and then once you've triggered that, you move on to Wicked Talon. So I think it'll definitely save space on your hotbar. その間に挟む追撃アクションはね、これまで通りコンティニュエーションからの自動置き換えなので、味ついてるのかな、スパゲッティ。And then for any sort of actions that are inserted in between, it will continue to be continue to be continued. It will be able to use. さあ、次。ファーストストライクの後にコンティニュエーションで、追撃可能になってます。And then the second point clearly states continuation will be able to use following burst strike. めっちゃコメント書いてると思うんだ。初見来ないかなとか。ソイルが最大3スタックに、増加しております。And then, of course, you may have noticed this in the trailer as well. A trait will raise the maximum number of cartridges to 3. ラフディワイドの選択範囲もこれ他のタンクに合わせて5メートル延長されてます。Then Rough Divide, of course, has been adjusted to match the other gap closers in the tanks as well. でやっぱりこれガンブレイカーはソイルの最大スタック数の追加というのがかなり大きくて、より結構戦略的になってるかなと。そのボスのタイムラインに合わせて開幕から全部使い切っていくのか、ちょっと抑えめに始めるのかっていうところは結構ポイントかなって。And then with the cartridges and the maximum stacks has been raised, I think that definitely adds an element of strategy. So you might want to decide if you want to go in full on and use up your different cartridges during the timeline, earlier in the timeline, or do you want to kind of save it for later, etc.
さて、タンクは、おおむね以上でございます。はい。Okay, so I think that covers all of the tanks. さあ、では続いて、ロール、メレー DPS。お、メレー。物理 DPS いきましょうか。Next up is the melee DPS. じゃあまずメレー DPS 共通の変更点からです。一つ目、牽制の効果内容がちょっと変わります。So first is something that applies to all melee DPS, but the effect for feint is going to change. 追ダメージ減少に変更した上で。ですね。はい。軽減の打ち合わせなどを盛んにヒーラーさんとタンクさんと言いますとですね、まあ私黒魔だからなんですけど、近接さんがですね、牽制はオートアタックの痛いところに置いときますねみたいな感じにちょっとなっていたので、はい、調整をしました。So with this, and this is probably applicable to a lot of you who go into raids. And Yoshida, being a black mage, he would discuss beforehand with the DPS and tanks and healers to kind of talk about, okay, so when are we going to place this? And they're like, oh, feint. Maybe we'll place it where auto attack hurts the most. So we are going to adjust that. まあでも実際うまい本当メレーの人って実際には超大技の後に来るオートアタックが実はめちゃくちゃ痛くて、タンクも防御バフ張った後なんで実は AA で落ちるがあるんですよ。だからそこにね牽制結構効くんですよ。効くんですけど、今回あまりにもなので牽制の中に魔法ダメージ減少っていう効果も少しつけました。ただ当然効果量、魔法ダメージ軽減の効果量はアドル、キャスターが持ってる、軽減の方が大きくはなるんですけど、無駄っていうことはなくなります。はい。So I mean, to be fair, with some of these bosses, sometimes the attack, the auto attack that follows after the sort of tank buster, アドルは逆になるのかなみたいなのが出てるね。どうだろう。And it's immediately after the tank has already used up their defense buff. So sometimes it does come in really handy to place feint right after one of those really large attacks. So we will, there will be an additional effect of mitigating magic damage. Of course, that being said, the proper protection that you want to have against magic damage is addle that some of the casters would have, but just in case, I think that's a handy sort of benefit to it. 続いてですね、これさっきタンクでもお話しましたね、メレー DPS もそうですが、遠隔攻撃をした際に今までコンボ中断されてたんですけど、こちらも中断されないようになりますので、ご確認ください。And then second point is similar to what we had discussed during the tank rolls, but the combos are not broken by ranged attacks that are inserted in between. はいはい。そしてもう一個も先ほどご説明しました、武器の物理基本性能の値というのを上げてますので、全体的に攻撃力が上がった分、威力という数字に関してはその上がった分だけ落としているのでナーフしてるわけではなくて、計算式となったので、今までと違いますよというのをご承知おきください。And then third point is also, as we mentioned during the tank roll section, but again, with the adjustment of the fundamental damage attack calculation for physical attacks, we did have to adjust the potency so that it appears that the potency number might seem smaller, but it is still the same strength. We have not nerfed it. We just wanted to match it with the sort ofどうなるんだろうね。でも波動拳みたいなやつ確かにあってもいいよね。どうしても拳だからさ、ね、投げるってわけにはいかないけど、波動拳とかだったら全然ありっぽいじゃんね、イメージ的に。お願いします。よろしいでしょうか。We are moving on to the different jobs within this role. We're good?
お、りょうさん。まずは、龍騎士からいきましょうか。First is the Dragoon. はい、まあ、リッチもね、かなり、今投げてもいいのよ。綺麗に回ってるので、まあ、今回まず範囲攻撃のローテーションっていうのを拡張してます。So with the Dragoon, I think these also have a fairly clean and straightforward sort of rotation that you can utilize, but we've kind of expanded upon the AoE rotation. あとはウェポンスキルのコンボローテーションをきれいに成功させていくと実行可能になる新しいやつ。これまあすげえ派手なやつが、多分出てたと思いますけど、はい、追加されてます。And then for the second point, a new action will be available upon successful execution of weapon skill combo rotation. It is quite flashy. You may have noticed something really cool going on in the video, but でですね、言葉壊れる。技追加されたり、まあ随分時間が経って古くなった技のごちそうさまでした。上位版が登場して置き換えになったりしてます。なのでボタンがねめっちゃまた増えるわみたいなのはないです。はい。So with this one, of course, there are just new actions that are being added with the new level cap, and then with some of the existing actions, 本当でござるかって。ござるちげえだろ。今、リュウさんだっつ。Some of these existing actions to become like a higher version of certain actions, and we've just kind of swapped them in place of the base skill. So it's not like we're going to be adding like additional like button presses or like additional slots you'd have to fill. リュウは毎回王道強化で助かる。青の流血は、今回特性に移動しましてですね、アクションとして実行したり、維持する必要はなくなりました。And then Blood of the Dragon will now become a trait, and so there will よくわかんないけどみんなすげえ神やんとか言ってる。で、発動条件下、それが発動条件だった技はすべて通常時に使用可能ということで調整されております。画面のツベとスイッチのアイコン略じゃないか。マジで？あ、本当だ。本当だ。なんてこったい。でかいこと言ったわね。で、あとはですね、スパインダイブがリチャージになっているので、まあ、ちょっとね、移動が使いづらかったと思うんですけど、まあ、移動用に1チャージ残しておけるように、溢れなければね、ロスすることはないので、1チャージ残しておけるようになってます。And then Spine Shatter Dive is going to be changed to 2 charges. And some of you might have experienced like, oh, I wish I could. 日夜じゃねえんだよ。コメントで。日夜。意味が違う。So unless you kind of like waste it, but as long as you have it, you'll be able to use it. で、ランスチャージがリキャスト60、リタニーは120秒となっております。And then Lance Charge recast will be changed to 60 seconds, and Blood Litany recast will be 120 seconds. はいはい、大丈夫ですね。はい。じゃあ、ゆきし以上でございます。That should be it for Dragoon. さて、続いて文句なんですけど、文句がすいません、またでかく調整というまた来た。まず、疾風陣雷っていうその遊びがなくなってしまったので、まず陶器というシステムを、まあ、低レベルから使えるように、習得レベルを変更してます。So next up is monk. よくわかんないけど、使ってねえから。We wanted to explain this a bit. And first of all, the gameplay element of stacking greased lightning will be done away with. So we are going to allow for chakras to be unlocked at a lower level. そしてですね、もう一個、新しいシステム必殺技っていうものを、搭載することになりました。必殺技。And then we are implementing a new system that we call Masterful Blitz. ですね、もう全体的に拡張されてるんですけど、まず新しく3つのチャクラっていうものが、出てきます。チャ
桜ね。It's been adjusted fairly significantly overall, but so just going into 忍者だってばよって。we will have 3 chakras. で、さらに、陰と陽、2つの陶器があって、ほう。忍者 And の then 忍術 so みたい there なも will の。 be like a Ah. yin and a yang. その組み合わせによって必殺技の中身が変わります。And so getting like a balance of those chakras 面白そうだな。 types of it will allow for 忍者やんって書いてあるけど。 skills to be activated. ちょっと待ってね。はい Wait a moment. あ、今画面見せるのかな、もしかして。ちょっと分かりづらいよね。で、まあ、チャクラを付与する仕組みって、踏みなりが起動条件になってるんですけど、はい踏みなりが、2スタック、チャージのアクションになってます。So with this chakra system, you will need to activate it using perfect balance. But perfect balance is going to be a charge action that can stack up to 2. しかも、チャージタイム40秒なので、回転が早いです。And stack 40秒。 each stack is charged up every 40 seconds, so it's quite fast. で、手数で押すっていうコンセプトは変わってないです。ただ必殺技が入って忙しさがめっちゃ上がるんで、はいめっちゃ上がるんで。続きと総称打の2つは方向指定が今回なくなりました。 And so, Hey. the concept Now of, the Koto Ninja no trying to rush with the different skills マジでね。 that activate and quickly going through these different skills has not changed. But with the 指つる implementation って。 of masterful blitz, カサカサしな it くていい does の get a か。 lot busier. So we have adjusted True Strike and Twin Snakes to not have like a directional condition. いいですよね。ここまでいいです、大丈夫です。で、長年気持ちは良かったんですけど、羅切リュウキさん、でも方向して消えるのはでかいよ。うん。 And I know a lot of you had enjoyed 何やってくのwe will be taking shoulder tackle away. ただ純粋に新しい移動技、突進技が追加されるんですけど、殴りません。But in its place, we will be adding a gap closer or like a rush action per se. It will not be something that you use your fist. ただ味方ターゲットして移動もできるので。あ But it is その味方が離れてくれたやつにまあ魔文みたいなステップみたいなもんですね。なるほど。ステップして即実質ステッププラスアルファみたいな感じになってるってことだね。But with this rush sort of movement, it is going to be simply for moving around, but you can also target your ally or your party member to rush over to them. So, say you needed to kind of go パッ towards トさん somebody 大変そうだな。 who dispersed and went off into the distance. You can rush over to them. So, kind of like there's an action that's similar in the Black Mage's Ryuki fist, さん、 but つまり文句 you は孫 can 悟 go 空 in there 9 to 位。 close your distance with your party member. まあクローマの場合だと魔文を置いておいてボルボルにステップした後魔文に戻ることできるんだけど、今回敵もターゲットできるので、敵から味方へ味方から敵へっていうのができるので、そんな感じでまあなので羅切でこう味方を殴ってしまうわけにいかんので、そうですね。はい、殴らない技にはSo 日大文 you 句 would place the ley lines and then take a step and rush into the member and then just go back to the ley lines. But with this new monk action, you can target where you're going to be moving to. So it's not just like a going back and forth. 日大文 Target 句。 your ally to rush over to them and then maybe run towards the enemy. So because of that, トレンド1位、14ライブ、2位リーパー、you don't want to shoulder tackle your 8位ガンブレ、9位遠隔攻撃、
13位ソルトアース、14位コンボ中断、15位メドローアー。あれこれがクロマのやつだったよな。やったぜ。19位方向してきたね。20位ソイル3つ、23位アルテナウェポン、24位 PLL 待機。これはもう終わってるな。25位コンフィ。Because I think just explaining it with words might not be optimal in terms of 寄り添う文句。リュウキさん、文句の必殺技実機あるって。ありがたいよね、でも。やっぱ難しいところは見せてくれるのはありがたいよね。なんだこれに見える。Everything looks new? 新エリアですからね。ねおお、そうかそうか。なんだっけ。まあ当然ですけど、これ増産系統のところだよね。入ってる状態なので、はい、もう全体ギューってね、数字が縮んだ状態です。Just a word of note, downscaling has been already implemented in this HP build, so please don't be surprised if the numbers feel a lot more compact. はい。こんな感じです。今の3スタック。へえ。So as you can see, that's the そこ行ってきるの。まあテクニカルではあるとは思いますけど、はい。30秒でチャージされます。で、必殺技だけありますよ。Quite technical with a 30-second charge. So let me show you the Masterful Blitz. はい、お願いします。Yes, please. 海なり。1、2、3。ここに、これ溜まってんの見えますかね、3つ。Can you see the 3 kind of below that chakra gauge kind of glowing there? はい。これがチャクラですね。で、ここに必殺技が BGM いいね。これ3つ違うチャクラをつけたときに出せる。ご利用の方はフォローしていただきますと励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、それ今1個使ったことによって、はい、陽やめろ、陽は。So, of course, once we have used that stack of 3, we now Yo. have an element that's associated with it. Between the yin and the yang, it's yang. あ、でもこの陽に関してはツイッチはやっぱ分かってるね。で、YouTube はそこまでって感じだね。だからライトユーザーの方が YouTube は多そう。そう記号がね、ここに来てます。つい2個の方がどっちかっていうと。あ、でも、あれか、YouTube ちょっとラグってんのか。今、インがついてますね。はい。インの陶器が。インの陶器。The yin and yang. It wasn't in my glossary, so I'm going with yin and yang. そうね、まだないもんね。で、この状態でさらにチャクラを。まあ、通訳難しすぎるな。そっかそっか、まだ和訳のものがないんだ。あ、英語にしたものが。資料に。3 chakras again, and then you unleash a pretty flashy move there in your Masterful Blitz. リュウキさん、言い方的にそれは意味ないね。というわけで忙しいので、まあこの聖剣好きと総称だだけ方向指定がなくなって、まあ他は残ってます。なるほど。はい。But yes, so as you can see, it is quite busy with trying to maintain that gauge. So that's why we adjusted the two, True Strike and Twin Snakes, to not be restricted to a particular direction. では、これ以上はね、はい、メディアの皆さんのそうですね、仕事を奪ってしまう。
So I think we will leave it at that. And we don't want to take away from the media and influencers content. So. はい。はい。以上となります。2時間経ったら休憩とか挟むよね、さすがに。もうパワポに戻っている。はい、パワーポイントです。さあ、では、続いて、侍行きましょうか。お願いします。Next up is Samurai. 侍さん。陣風と私風で付与できるバフを範囲コンボでも付与できるようになったので、これ選手とも同じです。範囲めっちゃだるかったと思うんですけど、はい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 。快適になるんじゃないかなと思います。So first one is effects めっ granted ちゃ by Yes! って書いてある。 Shifu can now also be applied by AoE combos. This is kind of similar to the warrior, but when you're doing your AoEs, it won't be so like ありがてえ。ありがてえ。 like strenuous and time consuming because the effects are applied to かたじけない草。新たな居合術と、つまべ返しに相当するアクション、新たに追加されております。A new EI jutsu and an action in the vein of Tsubame Gaishi will be available. ちょっと待ってね。竜騎士のコメントがね、結構で、もちろん竜騎士もね、ちゃんと範囲、書きましたね。範囲のローテーションちゃんと拡張されてるんで、そう竜さんも大丈夫ですよ。People seem to be concerned about the dragoon, but I did mention, right? I did write it down. We have expanded upon the AoEs. パワポに書いてあるんで、ご確認ください。It's on the PowerPoint. Don't worry. Please check. で、話聞かない。侍なんですけど、やっぱピュアメレー DPS として思いっきり正当進化です。おお。So with the samurai, of course, we wanted to kind of expand upon that pure melee DPS. 新技追加が主なんですけど、ツバメ返し、それから明鏡止水のが2チャージのアクションになってるので、コンテンツに合わせてのね、開幕バーストとか調整の余地っていうのは結構増えたかなと思います。And of course, with the samurai, because it's just a straightforward sort of evolution from the last expansion, we have just primarily added new actions. But the Tsubame Gaishi and Meikyo Shisui have become stackable to 2 charges. So whenever you go into a particular content and you want to go into a fight with that sort of burst of attack, there is a bit of wiggle room if you wanted to like make adjustments there. で、明鏡止水状態ではですね、コンボの3段目に該当するアクションを打つと、コンボ2段目のバフが得られる。明鏡止水の状態の時だけですけどね。そんな風になってるんで、使い勝手自体も向上してると思います。And then when you are under the effect of Meikyo Shisui, and then you go into that third phase of your combo rotation, you will be granted the effects of that second combo action. So we're hoping that that will allow for ease of use to be improved. はい。じゃあ、侍は以上でございます。So that covers the samurai. では、続いて忍者です。はい。Next up is ninja. こちらまず一つ目ですけど、フートン、ドトン、ライトンにですね、それぞれにそれらをベースとするアクションというのを追加しております。So with this one, actions linked to Raiton, Doton, and Huton will be added. で、あとはですね、アクションで、めっちゃ千鳥って書いてある。付与できるっていうものがスイッチがめっちゃ千鳥。フートン付与維持が楽になるんじゃないかなと思います。
And then an action making it easier to apply futon would be added. So whenever you do want to sort of apply or keep futon, and it should allow for you to do that. まあ結構すでに忙しいジョブですし、はい、まあそもそも忍術なんてミスしてられないし、これ以上忙しくならないようにしてあります。And of course, with the ninja, it is quite busy, and of course, you can't miss any of those ninjutsus that you are doing. So we tried our best not to make it even busier than it is. ツイッチに4因は勘弁してくれって書いてあるんですけど、残念、4因はございません。なるほど。はい。People are saying, "Oh, we don't want the fourth sigil, but don't worry, we do not have that." それはそれで。かつですね、今回映画がなくなっております。ですのでドットがなくなりました。And of course, we have done away with Shadow Fang, so the dot will be gone. ドトンやライトンの追加で、まあさっきね、新たな攻撃、まあこれ動画にもありましたね。はい、で、分身のめっちゃ F 打たれてるじゃん。専用アクションなんかも、追加されたりしております。And then, of course, as mentioned, there are some new actions that are linked to Doton and Raijin, as you may have seen in the video. And then when you are using the machine, I'm sorry. Whenever you're using the Bunshin, there is going to be a specific action that will be added to that as well. はい。ああ、がっかりって意味か。大体いいんじゃない F は。ありがとうございます。That should cover ninja. はい。そして、近接メロディケース最後は、こちらでございます。お、出ました。新ジョブリーパーでございます。はい。Last but not least, this is our new male DPS job, Reaper. フェイスローの方かもしれんな。ワールドウォーの陰謀みたいな感じだもんな。まあ自分自身の攻撃と、まあ自分にくっついてきてるアバターという、キャラクターとの連携で攻撃をしていきます。で、最終的にはアバターを自分自身に表示させて、まあ、融合するみたいなことができます。So of course with Reaper, they use the scythe, like a double-handed scythe to attack. So you have your own attacks that you are unleashing, and then you have the avatar that will also attack at the same time. So you're attacking in tandem, and then plus you will be able to service the avatar's vessel, and so you allow for it to kind of possess you to unleash even more powerful attacks. 続いての項目どうぞ。で、1個だけ、まあシナジーパーティー強化するシナジーバフ持ってます。Just one job that does this. There's it's able to grant enhancements to party. Sorry, this is the only like synergy related action that this job has. まあそう動画でもね、なんか知人さんかなからなんかね、まがまがしいものを抜き取ってましたね。You may have noticed in the video, Reaper was trying to take something out of the bard. It looked kind of ominous. で、まあ移動結構特徴的だったりもするんですけど、どうぞ。特定の状況でまあ結構役立つアクションとか。特徴的な動作をするアクションが結構豊富ですのはちょっとまたタイプが違いますね。やっぱ新ジョブだけあって。はい。And you may have also noticed this in the video, but some of the movements that the Reaper does is quite unique as well. And so it says here, unique and specialized actions give them an edge in specific combat situations. ざっくりですね、流れのイメージをちょっと口頭でね、まずご説明しようと思います。はい。So just a very rough and sort of general explanation of the flow here. まずこの画面にある
2つのゲージなんですけど、1つがソウルゲージ。はい。So if you take a look at the job HUD there, you see two different sort of gauges. One of them, the top one, is the soul gauge. で、まあ、ソウルゲージを貯めて、アバターと一緒に攻撃ウェポンスキルを使う。その、ソウルゲージを消費してね。And then, so you would charge up the soul gauge in order to unleash different attacks. And this also applies to some of the attacks that you unleash together with your avatar. And that would sort of deplete some of the charge that is built up in the soul gauge. で、そのアバターと一緒に戦うとシュラウドゲージっていうのが今度は溜まるので、それが一定以上溜まるとアバターと融合できるようになるので、最終的にはアバターと融合してさらに特別なコンボを出していくみたいなのが基本になります。And then once you unleash the weapon skills using your own attacks plus the avatar, then a second gauge starts to fill up. That's the shroud gauge. And with this accumulating charge, then it will eventually allow for you to kind of let the avatar kind of merge with you. やはり遠泳。And then you are able to unleash even stronger special combos. So that's kind of like the basic flow. どちらかというと、ピュア DPS に近いです。結果。So, because of that, I think we lean towards that sort of pure melee DPS. It kind of resulted in that way. 侍の方がピュアではありますけど、侍と同等のピュアメレー DPS とは言わないですけど、ピュアよりです。なるほど。Of course, our samurai is definitely a pure melee DPS. So it's not quite as extreme as the samurai, but I think it does skew towards that sort of melee, pure melee. じゃあこちらも見ないとわかんないよっていう YouTube でチラッチラッ、わからないですね。吉田見ないとわかんないよチラッっていうコメントを見たので、ちょっと見てみましょうか。And I think I see a lot of comments in YouTube, I think, saying that, oh, but we won't understand unless you show it to us, please. Peek. Show us just a little bit. So allow us to show it on the gameplay screen. さあどうぞ。こちらが。あ、鎌持ってる。Yeah. She has slice. これどっかのプロデューサー兼ディレクターがステージで来て社長と一緒に並んで写ってる写真で。Oh, this reminds me of a certain outfit that a certain producer director of a game had worn at a certain event and stood next to our CEO and made people wonder, what kind of game is this? ざっとゆっくりちょっと動かしますね。Just a rough overview and kind of take you step by step. お願いします。準備をします。Sorry, one moment. We're gonna prep. で、これ1個ね、アビリティじゃね、品地のやつにかけました。で、なんか、 We've applied the synergistic デバフを ability 入れました。 and applied a debuff. で、Backside. よいしょ。 I'm sorry, side attack, back attack. Oops. I think we ran out Whoa. of charge, sorry. へえ。で、こう、殴っていくと、まず、さっきのソウルゲージが溜まりますね。So as you can see, when you continue to hit the enemy, the soul gauge kind of fills up. で、
バターをもっとちゃんさん、本日は当配信をご視聴いただきありがとうございます。こんな形で当配信では様々な棒読みちゃんの機能がご利用いただけます。タイミング概要欄をお読みになった上で、ぜひご利用ください。で、これでシュラウドゲージが50に、アバターを使えば使うほどシュラウドゲージがたまると思ってくださいね。But again, just a reminder, once you attack using your avatar, the shroud gauge starts to fill up. で、これですね。変身します。And transform. こんな感じ。わへえ。これちゃんとね、皆さんのキャラがこのモードに一人一人なりますんで。はあ。But yeah, each of your characters will take on its own form. ね。 Not its own form, but I'm sorry. It's going to take form, and it'll still be your character. 完全にダークサイドになりました。Yeah, now, yeah, he completely fall into the dark side. Yes, totally. これはいい中にって書いてある。ちょっと嬉しいです。英語にしづらい。This is very, very emo. で、ちょっと移動アクションなんですけど、はい、変わってまして、このポエモい。前に移動するアクションと、後ろに移動するアクションがあります。So as for a gap closer, there's a move where it'll allow for you to move towards like forward, and then there's a way to move kind of backwards. はい。で、その位置にですね、ゲートを開けておくことができる一定時間、勝手に残るんですけど、これでここにゲートが。はい。はい。So basically, you'll be opening a gate of sort, like a rift that you can go through, and it stays open for a certain amount of time. で、ゲートが閉じる前であれば、戻ることができる。なるほど。魔物やん。So if you are able to move before the gate closes up, you can go back to whatever position you started off from. もっとちゃんさん、魔物は栄称高速にもなるけど。フォローしていただきますと励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今調整メインで別にリーパー使ってるわけじゃないんですけど、調整でリーパー使ってる子はですね、アンチにあらかじめ一旦ゲートを置いておいて、はい、ギリギリまで殴って戻るみたいなことやってました。なるほど。Of course, right now we're just making adjustments to it, so it's not like this is a main job or anything, but a way to go about using this gate is to kind of leave it where it's in front of like an enemy of sorts, and then you close the gap towards them, hit them, and then go back. じゃあどうしようかな。そうね。ミッドブレイクスだけど違う。ちょっとここから早いですよ。融合した後。Really quickly after. 早っ。すごい。融合するとちょっとプレイ速度変わるので、結構テクニカルですね。で今までのようになんだろう、単体技でゲージを貯めてってよりは、ソウルスライスとか割とチャージアクション使って一気に50貯めて長めにソウルゲージを貯めてようやく呼び出してみたいな感じなんで、どんどん切り替えていくことになるんで、プレイ感今までとかなり違います。But with the tempo of
these different actions that you have to do, it is quite fast. So it does require a lot of like technical aspect of it. And it's not necessarily like a single target all the time. Sometimes it's like a slow slice, and adding some different abilities in there. そうだね。It's not like a 開幕バースト参加できなさそうって感じだね。like build and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  unleash at one time, but it's quite fast. So I think the play style is quite different from what we had previous with it compared to any of the existing jobs. でもなんだろう、一通り当然全ジョブ触ってますけど、テンポはすごい気持ちよくてね、楽しかったっす。まあね。 That being said, looking 面白そうだよな。 at different jobs, this one included, the tempo does feel really good. So I think it is quite interesting. これはね、結構やり込んでいただけるんじゃないかなと思います。 And so I think the more you get your hands on it and try it out, I think it's something that you can kind of master and try to make the most out of it, because it is quite fun. ガス欠にならないようにしていかなきゃいけないんでね。だからまあ人気がきっと出るだろうなと思って、もうちょっと優しめにしたかったんですけど、意外となんだろう、いい感じの難しさになったかなとは思うんで、まあ練習したらしただけ面白いかなとは思うんで。But of course, you have to be mindful of like resource management and making sure that your gauges are up and you're going through this properly, managing it properly. And of course, with this being a new job, very flashy moves, we expect it to be very popular. And so we were torn about making it a little bit less challenging, so to speak. But I don't know, I think it's a good kind of difficult. And again, it's something that would be fun to kind of master. And the more you delve deeper into it, the more I feel like you can get out of it. まあベースのコンボには方向指定がないんですけど、アバターとやる技みたいな時は方向指定が存在するものもあります。なんかそこはどっちかというと味付けです。はい。Of course, the base combo doesn't require any sort of directionals, but once you start involving your avatar, there will be. So be careful of that. But I think it's just, it adds flavor to the different abilities that you're unleashing. で簡単じゃんって今度コメントがあるんだけど、さっき言ったように早く高速移動しながらなんだろう、高速で回さなきゃいけない中で出てくるんで、しかもさっき使ったのどっちだっけとか出てくるんで。そんなに簡単ではなかったですよ。はい。And then we also have those people saying, "Oh, but it's an easy job," in the comments, which is not true. You are going to be moving around the battlefield pretty quickly, and you're also trying to get through your rotations very quickly. So, and you also have to. めっちゃ LB3 ってコメントが書いてある。So where does it connect to next? So it's not easy per se. 今ね YouTube でね。LB3 を見せてくれるプロテストが始まってます。Twitch もそうなんですけど、残念ながらですね、僕今日今使ってるこのメディアツアーのワールドはですね、デバッグコマンドの LB3 フリーが使えないんですよ、残念ながら。I also see comments saying that, oh, we want to see Limit Break 3, but I'm afraid this is in this world that we created for the media tour, we don't have the debug command to unleash the LB3, or we don't have the debug command LB3 free, so sorry, I'm not able to show it to you. ただですね、もうすでに公開しているベンチマークトレーラーの最後に、ゼノスが使ってるなんかすごいやつが、リーパー。なるほど。はい。But that being said, you may have seen the benchmark trailer, but when you see Xenos at the end, and he does this really
flashy move, that is the Reaper's LB3. なので、あれをご覧いただくと、LB3、リーパーの LB3 が、あ、こういうやつかっていうのがわかります。はい。I knew it! So I think that would be a good reference if you want to see what the Reaper's LB3 looks like. スラッシュ V ポーズとか。では、ちょっと、これでまあリーパー終わりにしようと思うんですけど、はい、まあ2時間になるんで、そうなんです。3休お憩。休憩。はい、なので、俺も休憩欲しかった。一旦ちょっと手短に10分ぐらい、10分休憩ぐらいを一回挟みたいなと。はい、で、休憩開けたら残りの遠隔、はいはい、シリーズの DPS とヒーラーに行こう。全然4時間どころじゃねえな。おかしいな。数字で言いますと、当初思ってたら今40分ぐらい押してる。かかるもんですね。2時間のうちの40分が押してるって。Well, we've gotten through the melee DPS, but I think we would like to take a 10-minute break and then we'll jump back into the remaining DPS. Yeah, we're on about a 40-minute delay at this point, so I think we want to take a quick break. ですので、ここから10分間休憩取りたいと思います。予定外のマジ休憩なので、お供は特にございません。本当の休憩でございます。はいはい、So now we want to have a 10 minutes break. It's pure break, so we have no video to show during the break, this break. So 10分後にお会いしましょう。Let's see you again in 10 minutes. 一服。
戻りました。はい、戻ってまいりました。はい戻りました第66回ファイナルファンタジー14プロデュースされたライブ、ジョブのご説明を続けております。Welcome back to the Final Fantasy 14 letter from the PLL number 66. We are now explaining the job changes. はい。さあ、続いてまいりましょうか。行きましょうか。もっとちゃんさん、続いては、ツイッターをごめんね。ご利用の方は遠フォロ隔ーしていただきます 3DPS とです。励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ですね。はい。じゃあまず共通点からなんですけど、まあ遠隔物理の共通点としては、さっきお話しした、基本武器の性能を上げてるんでというお話になっております。And so for the physical range DPS, and this goes across all of the jobs within this role, the parity between the physical and magical damage attributes of weapons will be at the same, and then yeah, it's just similarly to what we had explained about how we're bolstering the physical damage calculation numbers. まあそれぞれがオーソドックスに進化している感じなので、まあこの後説明していきます。And each job is just they have been updated accordingly in a fairly orthodox manner. So we'll just jump into it, each individual ones. で、共通しているポイントとしてもう一個あって、ダメージ軽減系の、バフですね。パーティーバフは3ジョブともリキャストが90秒になってます。But there's one additional point that applies across the physical range DPS jobs is that any sort of buffs that mitigate damage, the recast timer has been adjusted to 90 seconds. さあ、では銀融詩人からいきましょう。はい。Okay, so jumping right into Bard. はい、どうぞ。まず既存3種類の戦果アクションから派生する、まあ、パーティーバフアクションを追加しております。Says each of the 3 songs will make available a new action that applies a party-wide enhancement. まあ歌によるね支援を結構リクエストされる機会が多かったので、はい、既存3つの戦果アクションから派生して効果内容がねこうさらに上昇していくみたいなパーティーバフを追加してます。So of course, there has been a lot of feedback and requests for more like abilities that would allow for like support using songs. And so we wanted to take the existing 3 songs that the Bard has in its kit and kind of add a sort of party buff and something that would enhance its effect. で、まあ FFXIV から発表する新アクションが追加されてたりします。And then a new action will be available upon execution of Apex Arrow. 旅心のメヌエットとかバトルボイスがリキャスト120秒合わせになるなど、細かく調整が行われてます。And then other adjustments include Wanderer's Minuet and Battle Voice recast timers have been adjusted to match 120 seconds, and other various adjustments have been made. あ、ちょっと待ってね。はい。Sorry, one moment. お、実機用意か
まあ詩人はそんなところですね。はい。で続いてコメントでも変えるとこあんまねえだろうって言われてる貴公子なんですが、はい、貴公子に行きたいと思います。And then next up is I'm seeing comments that well, machinist is really not much you can change with the machinist, but we'll talk about the machinist anyway. まあ一つ目機械をモチーフにした新アクション回転のこぎりが追加されてます。So the first one, a new mechanically themed action called chainsaw will be added. であとはですね、動画にもありましたオートマトンクイーンに新しい攻撃アクションが追加されてます。And this was featured in the video as well, but a new action will be added for the automaton queen. まあさっき休憩時間中にクロマのジョブアクションちょっと確認してきたけど、多分ファイヤーとAnd then in other changes, ブリーザー reassemble is ジャ now か going な to be chargeable up to 2 charges. のところで2つ混合のみたいな魔法を使うような感じに変わるぐらいなのかなって思ったところかな。それ以外はそんなになんか、っていう感じ。延長も意味してるみたいな感じだったから、アストラルとアンブラル。Please make sure that you are kind of strategically placing it and allowing to build up as needed. あとは本当主に新技追加で、まあ少ないホットバーで快適というところは、変わらない形にしてあります。And then the rest of the adjustments are primarily just new actions being added. We have not changed the concept of trying to keep the number of abilities that are assigned to your hotbar and still play comfortably. はい、貴公子も以上となっております。はい。So that's it for the machinist. 続いて踊り子ですが、こちらどうぞ。Next up is the dancer. ウェポンスキルで、付与されるリバースカスケード自己化と父が増加しますか。範囲で共有化されるようになります。Weapon skill effects such as Flourishing Cascade will now be shared across single target and AoE skills. 他にはですね、どうぞ。まあこの辺のテクニカルフィニッシュ、インプロとかですね、攻めの単語からさらに発生するアクションっていうのが今回追加されています。And then new actions will be available upon the execution of technical finish, improvisation, and devilment. 踊り子はバファーのね要素が強い DPS として、まあそのまま進化してます。はい。So of course with the dancer, it does allow for different buffs to be applied, or they allow for applying different buffs to your party members, and so we've kind of kept that direction with the update here. まあ単体とさっきお話したように、ね、単体と範囲で面倒だったプロックの、管理を統一してあります。And then as mentioned earlier, the different pucks that are applied sometimes, and it was rather a hassle because you had to differentiate between like single target versus AoE, and some of the pucks that had to be managed between those was made or is going to be made simpler. でですね、快適性をね今回向上させるために、まあ、単体アクションのみ、ダンスのステップアクションにこう切り替わってたんですけど、ダンスモードに入ると、今回範囲攻撃も同様に、ステップアクションに置き換わるようになってるので、ホットバーを切り替えね、範囲と、単体で分けてた人は範囲側でもそれができるようになるので、かなり楽になるんじゃないかなと思います。はい。FF 起動しよう。And so, because we tried to make things a bit more smoother in terms of like executing your different rotations. Previously, whenever you were doing a single target attack and your hotbar switched to the different step actions, and you'd have to switch over because AoE does not have that kind of simplicity. We actually updated it so that you don't have to worry about it with the AoE attacks. It's in a similar system where it'll switch into that sort of dance step
action mode where the buttons will be replaced by the necessary next steps. So I think before, if you had sort of had to manage like 2 separate hotbars for single target versus AoE attacks, I think it makes things a lot more simpler. Yeah. であとはですね、ダンスを成功させると付与されるエスプリっていうのがあるんですけど、まあ踊り子本人だけ今回から、確率で蓄積じゃなくて、本人だけ確定で蓄積するようになっております。はい。And then, of course, there's a spirit, which is applied sometimes when a dance is successful, and it's applied. Sometimes it's applied to yourself at random, but we've changed it just for the dancer themselves. It's going to a spirit is going to build. It'll be guaranteed to build. 大体踊り子そんな感じです。はい。Okay, so that's it for dancer. まあ詩人が本人に影響がないってやつはね、まだギリまで調整してるんで、今はちょっと明言を避けさせてほしいです。はい。People were talking about with the bard, doesn't seem to take any sort of effect on the set. I'm afraid we are still making adjustments still, so I can't confirm nor deny on that point. はい。コメントでごねればいけるかって書いてますけど、ごねっても無理だと思います。僕ら別にそういうので調整してるわけじゃないんで。Some people are commenting that, oh, maybe we can negotiate by commenting on here. I think it's a little too late for that. That's not what we base our decisions on. I'm sorry. 違うんですよ。なんかコメントでね、詩人だけなんでって言われるんですけど、そこの軽く上げると全体を落とさなきゃいけなくなっちゃうので、別に全体バランスから知ってるんですよね。踊り子もね、本体軽くもっと低いわけで、はい、そこはバランスなのでご容赦ください。はい。And I do see that people are commenting on, oh, why is it just barred? Why? It's not fair. But I mean, this affects the damage that is being dealt, and we do need to look at it from a balance perspective. We also made adjustments to the dancer too, where some of the damage has been sort of adjusted as well. So please understand. はい。では次いきますよ。いきましょう。はい。遠隔。お、来た。これはちょっと手止めてみよう。こちら共通項はですね、シンプルにアドルのお話で、アドルにも、さっき牽制に、魔法ダメージ軽減の効果を少しつけますよと言ったのと、今度は逆でアドルには、物理ダメージの減少効果を少しだけしました。So with magical ranged DPS, of course there is the major change would be to addle. Kind of similar to what we've done with Feint, where it adds just a little bit of magic damage mitigation or reduction. With Addle, it'll allow for just a little bit, but some reduction of damage in physical attack. さあ、では各ジョブの話に移っていこうと思います。はい。まず黒魔導士です。お、来た。So going into the individual jobs, first is the Black Mage. まず一番でかい変更点がですね、エノキアンが特性に変わりました。アストラルファイヤーかアンブラルブリザード中が付与されれば自動的に、めっちゃ楽になったー。So I think one of the most マジか。 major changes is that Enochian will be a trait that is automatically applied while under the effect of astral fire or umbral ice. ここはちょっと悩まなかったわけではないんですけど、やっぱりこれが分かりにくさをさらに生んでたり、プレイヤーの間のこう火力差を結構生んじゃってたので、こ
こはそうすることにしました。はい。And this was actually a very hard decision, or like it did require a lot of thinking, because while it was it was causing a disparity with the player's skill. So we decided that we were going to make the update. で特定の状況で続いてですけど、アストラルファイヤーとアンブラルブリザードを切り替える、さらに特定の条件がある中で、アストラルファイヤーとアンブラルブリザードを切り替えると発動できる、すごい魔法が、炎と氷が合わさって最強に見えそうな魔法が追加されてます。And under certain conditions, swapping between astral fire and umbral ice will make new actions available, one of which is a fairly cool looking, it looks like a combination of fire and ice kind of a spell. 黒魔同士はやっぱり侍同様にピュア DPS として戦闘進化してます。蘇生も持ってません。はいはい。And with the black mage, of course, kind of like the samurai, we wanted to kind of evolve it as a pure DPS. Of course, no raise capabilities. でやっぱりさっきお話したようにね、初心者の方にも火力格差がちょっとね広がりやすかったので、エノキアンを特性化してます。And of course, going back to Enochian, it was quite hard to grasp for certain players, especially those who are unfamiliar with the different the black mage actions, and it did cause a disparity between the damage dealt. So we have decided to change Enochian to be a trait. 他にはですね、ファイヤープロックとかサンダープロックの継続時間、プロックの継続している時間ですね、を伸ばしてあるので、ちょっと折り返しでやらなきゃいけないこと今回増えてるので、その分サンダープロックの継続時間を伸ばしたりしてます。結構この辺小手先のテクニックが。確かにね、なんかサンダーがなんでここで入れてるんだっていうのあったからな。And then the proc that is applied whenever for Fire 3 or I'm sorry, Fire 4? Sorry, Faiga is Fire 4, sorry. And Thunder. And the proc that is applied whenever those in effect has been extended because it helps with the rotations and there are more things that you need to be doing in your different like skill sets and going back and forth and some of the repeated steps that need to be done has kind of increased. So I think it helps with if these procs are on a bit longer so that there's room to kind of make use of that. あとはですね、ファイラとブリザラどうなったんだろうっていうコメントでしたけど、ブリザラはですね、上位の魔法が登場してですね、範囲焼きのローテーションが変わります。はい。And then Fire 2 and Blizzard 2 is going to have like a one step higher to that so that your AoE rotation will change. よくわからん。それでナイフを突き刺すっていう表現がよくわかんないけど。Are we going to have a 4 or 5? 廃墟。日本語名だとね、英語とかはね、4、5とかなんですけど、日本語だとね、どうするんだろう。これ実はですね、FF 委員会で議論をしました。どうしよう。So you gotta understand with the Japanese names, and you may be familiar with this, like Faiga turns into Faiga, and then we have different tiers and different suffixes that we put in the Japanese language. And once you get to a certain point, you have to start making up some of these suffixes, and we had to bring it up to the Final Fantasy brand committee and make sure that they're kosher with it, and we had to like debate about this. だって魔法の系統を増やすってだって FF の歴史上結構重要なわけですよ。で、結果、
現委員長の北さんが、そこまで行くの14ぐらいだから、もう吉田さんが思い切って作っていいよって言われて、リュウキさん、クラリッシュを使うとリバースカスケード系って今は個別で全部つくから、バースト中にその実行化のやつを言ってたのよ。We have a long running history, and having that sort of additional tiers to these magic spells is actually a big deal because it's kind of breaking history. But the current sort of brand executive, Mr. Kitase, was very kind to say, well, the only people who go beyond what was already established is 14. So, Mr. Yoshida, I will trust it. I will trust your judgment to come up with a nice suffix. じゃらじゃら。リュウキさん、だから共有化されると内容次第では火力多少弱くなるんじゃっていうよそれ。ハイファイラー。わー、ひよったー。うわー。モットちゃんさん、ツイッわターご利用の方はフォローをしていただきますと励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあいずれ踏んじながなんで、まあどっかで踏んじなきゃいけないですけど、今回じゃなくていいやと思って、はい、ちょっと読みました。はい。And I mean, one of these days, yes, we will eventually have to expand further out in our tiers, and we will have to come up with a nice sort of suffix to add on there. But this time, I think I kind of chickened out. みんなね、見損なったぞ吉田とかね、ひよってんなとか結構コメントあるんですよ。いいっすか？でも僕がね、仮にですよ、このためにファイギョってしたとしますよ。例に出すのかよ。今後全部をね。それは困る。いいんですね、それで。I see comments on the Japanese side. Oh, you chickened out, Yoshida. but let me, to be fair, like if we add like say a gyo suffix and like it's by gyo, anything that's like a tier 4 or tier 5 magic is going to be like tier gyo, you know? そうなんですよ。通訳の人マジでうまいよな。私いろいろ考えまして、なるほど。ここに無難に落としておきました。So after much thought, we have decided to settle on that. あとはまあ尊魚系あるよ。何でも行つけりゃいいと思ってんじゃねえよ。2スタックのチャージアクションになってで30秒でチャージするんで、これも結構腕に差が出てくるかな、使いどころ。ちょっと待って、今何が30秒チャージっつった？I'm sorry, there's another charge action for Black Mage that has been added. 激正にスタック。はあ。あ、そういうこと。今は一応言ってみたんだけど、却下された。言ったんだ。Comments about well, what about an additional like a multiple casts, like a five consecutive casts, and I proposed the idea, but it was rejected. まあでも黒はタイムラインに合わせていく面白さが一番面白いところだと思っているので、そこはそのまま残した感じです。一緒に苦労していきましょう。But with sorry, going back to what Yoshida-san said about Gekisima, that's Sharp Cast. Sorry, Sharp Cast has an additional charge now with the update. But in any case, with Black Mage, it is trying to match your different spells according to the timeline of the battle. So that challenge still remains, and I think it still sort of lives up to that. さあ、では続いてのジョブ、赤間同士に行こうかなと思います。はい。Okay, next item is the Red Mage. 赤間同士はですね、まずこれスコーチから派生する新アクション、この動画で見ていただいてですね。はい。First one is a new action will be available upon execution of Scorch. I think you've noticed that in the video. あとですね、次のバルフレア、バルフォー頑張る車さんさん。お、あらじゃい。終わったね、車の説明。できるという感じになってます。はい。And then the second point is Verflare, Verholy, and Scorch will be changed to AOEs, available as part of AOE rotations. あ、マジ？
そうか。で、あとはですね、ちょっと防御バフの結構パーティー用のですね、はい、結構強いなと思ったんですけど、これが入って割とねサポート側によりイメージがシフトしてる感じです。へえ。And then the third point is a defensive party-wide enhancement will be added, which I think is pretty powerful. So you can also help out. 確かになんかバリア張ってたな。その名もバマジック。バマジック。バマジック。ほう。のが追加されてます。頑張るクロマさんさん、バフとかで火力面が中途半端にならなければいいけどね。大丈夫。リュウキさん、さっきの踊り子の書き方的にファースト値の手数が下がるんじゃってのがあるから、そうなったらまあ吉田にポジションを渡してベッドインする。バマジック。Magic barrier. 英語めっちゃ普通やん。We were expecting something like bar magic or something like that. 頑張るクロマさんさん、力士の紹介はまだないよ、力士は。諦めるんだ。もう力士は来ないんだ。ブラックマナー、ホワイトマナーの消費量が減ってます、今回。So with the red mage, there are a lot of granular changes that have updates that have been made. Of course, we have added new spells, but we have also adjusted the weapon skills and the different sort of the magic sword, the black mana and the white mana 頑張る depletion クロマさんさん、ファイナルファンタジー14ずっと続けれる人すごいわ。マナフィケーションを使ったら、もうそのマナフィケーション1回分でね、めっちゃシンプルだったわ。開幕のバーストはかなり速くなりました。はい。And then with manification, you are able to do like one combo with it. So the burst that you can have at the start of a battle definitely is quicker. ただまあそのままだと魔法剣の回数が上がりすぎて、それはそれでブラッドカーランとなくなっちゃうので、各、魔法を使った時のホワイトマナとブラックマナの増加量っていうのを下げることによって、全体の頻度は変わらないようにしてます。But that being said, if it's done as is, of course, the spell blade frequency becomes a lot. So we made it so that we adjusted the white mana and the black mana, like the increase of those. 頑張るクロマさんさん、今日暑いね。今日ちょっと暑い。なんか湿気が嫌だ。で、なのでまあ魔法剣の頻度が上がりすぎるっていうことはまあもちろんない。ただマナフィケーション使うと一気に増えるし、プラリッシュの扱いを慎重にしてくれると信じてる。こんな感じです。まあだからこそああいう感じでいったんじゃねえのかな。まあバランスはほんとバランス、実際みんな見てみるとわかんないしな。こっちの背景なんか会社の事務所。うちね、もともとこの家はうちの父親が買ったんだけど、今俺実家住みなんだけど、ここもともとね会社だったんだよ。ちっちゃい会社の事務所みたいな、そんな風になってたらしい。まあこのブラインドが一番そうさせてるよね。で白い壁みたいな。そうそうそう。ポジション。ケツが痛くなる。そう。1500円で売ってる。2000円。頑張るクロマさんさん、リーパーはどうなったんやろうね。ね。Engagement. まあ見てみてのお楽しみだよなマジで。他にはエンボルデンのリキャは、120秒で、マナフィケーション110秒っていう感じ。まあそこはエンボルデン変えてないですね。はい。
ちなみに今、ゲーム、後ろに表示しとくか。軽く。いや、コメントでね、なんかデプラス芸人はじゃあどうしたらいいんだよって、そんなの、あれですよ、アンガジェマンのアクション入れなきゃいいんですよ。デプラスにこだわりがあるなら。The people who are complaining about like what displacement and engagement and swapping between and choosing the proper one. Well, if you are particular about the placement, just use the placement then. はい。頭通しこんな感じでございます。So that covers 頑張る黒間さんさん、一ジョブの紹介長いな。ね、結構ばらつきあるよね。まあでも、いろいろあるもんね。しょうがないっちゃしょうがないよね。さあ、来た。おお。マジで。もうほぼ新ジョブだとすいません、思っていただければと思います。あ、マジでBut again, yeah, if you could look at this from a completely new perspective, it's a lot, so I think you can consider this a new job. まずはというわけでジョブのメカニクスを大幅にリニューアルしております。リュウキさんでしょうね。まあな。Significant changes to job mechanics has been made. さらにですね、ドットが全部なくなりました。And then applying damage over time will be removed. 申請42項ですね。これは召喚詞ではないドット詞だと言われ続けております。ついにドットが全部なくなります。はい。Since A Realm Reborn, a lot of people were saying this is not a summoner, it's just a そんなん召喚師じゃんって言ってたけど、いや、召喚師だと。いや、今のツッコミ面白かった、ニコニコの。そんなん召喚師じゃんって。頑張る黒間さんさん。そんなん召喚師じゃんって。違う、もともと召喚師だったよ。ただこれですね、イフリートルビー。めっちゃ面白いわ。頑張る黒間さんさん、ペット召喚師はクソ。晩神読んじゃいけないからね、そんな気軽にね。なるほど。なんでまあそこにその力を移して出てきてるみたいな。なるほど。With that being said, these are Ifrit Ruby, Titan Topaz, and Garuda Emerald. So we're not literally calling forth these primals, of course, because it's too dangerous in the world of 14 to be summoning primals. So the concept is we are sort of transferring their energy, so to speak, into these different sort of so to speak, and sort of calling the まあでもかっこいいもんな。かっこよさマジでやべえ。リュウキさん、どっと消えた分の火力面はどうするんだい吉田。まあもう思いっきり変わってくるだろうね。まあ、バランスはもちろん取るとはいえど、どういう風に調整するんだろうね。なるほど。By summoning these different sort of summons, the summoner, him or herself, will gain the sort of elemental ether and sort of switch into different modes. で、ですね、まあ、まずやっぱり召喚師っていうイメージに沿うように今回本当に大幅に、変更させていただきました。はい。So with this update, we really tried to bring out that sort of feel of a traditional song. 学者はあんまりよくわからなかったよね、映像から。千人モード。流れなんですけど、まあデミバハムートを召喚すると、はい。まあ今まではデミバハムート召喚、フェニックス召喚、なんかこうダウンタイム、なんかもうひたすらルイン打つしかねえみたいな、ルインジャーみたいな状態だったのが、大きく変わります。ああ、どうなんだろうね。In terms of the rotation or the flow of the summoner, of course, up until now, you would have called forth the Demi Bahamut, and then it goes away, and then you call forth the Phoenix,
And then you have some downtime where you're just casting ruin. 実機見ないとわからんな。実機見ないとわからんなってめっちゃ書いてある。 Doing that until you've accumulated enough to summon them again. 頑張る。黒間さんさん、そういや、今日は口みたいやけど、おお。あー、ってことは1回目か。はいはいはい。リュウキさん、さすがに、これ実機なしはマジで無理だと思われる。難しそうだよね、ちょっと。頑張る黒間さんさん、1回目ですね。まあ腕はね、やっぱ痛くなる。うん。今日だから明日かな。今夜痛えなって感じ。明日がおおそこそこ痛えなみたいな、そんな感じだと思う。まあ普通にね、そんなに動かさなきゃ別にみたいな、そんな感じだった。自分の場合はね、自分はモデルナでこの間打ってきて、でも次の木曜日には2回目打つ。なんで休みの日に注射なんだよって思った。一連の流れになります。And once you've depleted those 3, and then you would call forth the Phoenix, then you would receive again 3 elemental properties, and then you were able to summon these 3. I don't want to call them primals, but they're the summons that you can utilize those 3 elemental properties again. で、イフリート、タイタン、ガルーダってどの順番で呼んでもいいです。でそれぞれ召喚士に付与される特徴が違うので、ボスのタイムラインに合わせて先にこれはタイタンから行こうとか。はあ、そういうやり方ね。考える余地としての入ってます。へえ。And of course, we have these 3, Ifrit, Titan, and Garuda, but there's no specific order that you need to call them forth. So, depending on the battle timeline, you can choose, let's say you want to do Titan first, you can do that. Or, yeah, you can quickly, or you can be flexible between those 3. 頑張る黒間さんさん、ポケモンと確かにね。置き換えアクションを駆使した結果、COI コン数は激減しました。へえ。あ、そうなんだ。まあ確かにね、なんか召喚の動画とか見るとさ、やっぱめっちゃあるじゃん。be quite significantly condensed because these will switch out depending on the different actions that you're taking. で、めちゃくちゃ悩んだ末に、リザレクアドを押しました。リュウキさん、どっと消したからえ？マジで？ And a lot of discussion, we did decide that we will keep resurrection. あ、でも蘇生はあるのね。押しましたよ。はい。なんかめっちゃ変わったんで、めっちゃ変わったのになくなんだかよって言われると申し訳ないなと思ったんで、今回は首の皮一枚で怒りました。はい。And with the significant change to Summoner, and people are being, I don't know if people would be shocked with the changes, but like on top of that, resurrection being removed, people might really get upset. So it lived by the skin of its teeth. Resurrection is still there. Physics さんも残っちゃいました。Physics too. It's kind of stayed behind too. はい。さあじゃあもうわからんというお声が多いので実験いこうかなと思います。お、来た来た。わーい。手のひらくる。ドリルやぞ。ドリルやぞ。信じてたでよしだーって。やった。はい。召喚師です。サマナ。で、ここでまず先にちょっとエミラプリの話をしておいてもいいですか？はい。And before we dive into actual gameplay, I would like to talk about Eggy Glamours, actually. ですね、今回、まあ、呼べる、召喚獣が増えるということで、ね、ボタン少ないよね。に対して、まず、サイズの変更ができるようになってます。And so, with the number of summons you can call for, we have made some adjustments, one of which is to change its display size.
ただこれあくまで自分から見た時のなので、術者というよりは周りの人がやらなきゃいけないので、それは変わってません。But that only affects you as the person like calling forth these summons. So yeah, it only affects how you are able to view these. で、まあ今実はここにカーバンクル出てるんですけど、はい、召喚師自身のレベルが上がっていくと、ここがイフリートエギになったりするんですけど、まあ僕はカーバンクルの方が可愛くて好きなので、これエギミラプリしてあります、カーバンクル。あ、なるほど。はい。So first, with the right now we see the carbuncle. 頑張る黒間さんさん、こういう紹介面白いな。ね。You may be familiar as the player character goes up. This Eggy would turn into like an Ifrit, but then right now I like the look of Carbuncle, so I have. 無断捨てられずに済んだのか。Twitter をご利用の方はフォローしていただきますと励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあ呼びますよね。はい。ハムと出ましたね。で、ここに3つわかります？かわいよって。頑張る黒間さんさん。ね。はい、解放されました。で、こうなるとこの3つの安心が呼べるようになる。どれからでもいいです。And then, of course, with that, you get the elemental properties. I hope you can see it under the gaze. There's like kawaii. Now those have been unlocked, and so that shows that you are able to summon Ifrit, Titan, or Garuda. で、呼び出すとエーテルが付与されてカウントダウンが始まります。で、2スタックのアクションが付与されているので、イフリートの技を使います。なるほどね。So once you call forth these elemental primals, you do get that sort of ether applied to you, and then you see that there's a 2-stack action, and so you are able to execute. 突進みたいなのあったね。これ今のはイフリートのエーテルをもらったので、つまりペットアクションもなくなった。時間が長い代わりに強力な炎の魔法が2発使える。あと突進と追撃っていう攻撃が使えるようになります。イフリートのモードとして。はい。And so we were looking at Ifrit's actions. 表示はされてないね。With the elemental properties or ether obtained from Ifrit. While cast time is long, it is a very powerful fire-based spell that you can cast. And then there's also like a rush sort of attack that you can do. And this is the Ifrit actions that is available. で、ここはやっぱり栄唱が必要なアクションになってるので、ギミック処理をしなきゃいけないタイミングで減ったよね、本当に。もう本当にいろいろ動画とか見るときって、うわー、召喚なんかめっちゃいろいろあるなーとかって思ったけど、こう見ると、So this kind of ties into what we mentioned about timelines, but with Ifrit's action, one of this requires for you to cast, and it's a fairly long cast time. So say you're in some kind of fight where there's a mechanic where you have to move, then you would lose the opportunity to cast the magic. So perhaps you'd want to time it so that you don't need to move around to process some kind of mechanic. まるで女王がキャスターみたいじゃないですか。キャスターだっつってんだろ。で、実際に召喚をした瞬間インスタントで召喚するんですけど、登場した時にリコー技を一回バーンってぶっ放してはくれます。遠隔なんだから。リュウキさん、ドットとかヘッダのもあるし、ペットアクションとかムータンのアクションとかが全部2つのアビに置き換えられた気がする。で、まあタイタンを呼びます。お、タイタン。お、かっけえ。かわいい、ちっちゃくしある。ちっちゃいけど、技はやっぱかっちょいいな。いや、技かっけえな。
でこれは回数じゃなくて時間なので、もうひたすら打ちまくる。はあ。移動がすごい楽です。そういうことね。Within a time dissection that you can unleash unlimited numbers of times of his moves, and it's all instant. So you can move around and cast at the same time. で、ガルーダを呼ぶと、まあ、よりそうだね、本当に。設置型の考えて使った方が火力上がりそうみたいな。これはもうインスタントキャストなんで、これも移動かなり。まあ、機動力がだから高いです、相変わらず召喚は。But with Garuda, hers is more of like a placement damage. And this is also instant. And so you can move around as well. I think Summoner does have like a good bit of mobility. で、フェニックスを召喚するとまた3つ付与されるので、フェニックスが終わったらまた使っていく感じになります。And then once you've gone through that round, and then you call forth the Phoenix, you will obtain the 3 elemental properties again, and so you can utilize these elemental primals again. ちなみにこの3つの、召喚モードは、やっぱりそのタイムライン内で3つともそうは言っても使わないと軽く出ないので、なんかもうとりあえずタイタンだけ使ってきゃいいやみたいなのやると目も当てられないことになるので、で、デミバハムート召喚と、フェニックス召喚の間にやっぱちゃんと使い切らないともったいないことになっちゃうでしょ、リキャストタイムが。なのでそこは必ず組み立てが必要になってくるので、なるほど。はい。With these 3 summons that you can do, of course, you need to utilize these in the battle timeline, or else, of course, you won't be dealing very much damage at all. Like, you can't just lean towards, oh, I like using Titan only, so I'll use Titan only, or you will not be able to deal much damage at all. So whenever you do cast your Demi Bahamut and the Phoenix, and the elemental properties that you attain in between those is something that you don't want to put to waste. Make sure that you are utilizing these and sort of building your strategy so that you can utilize those 3 within the recast. はい。リュウキさん、2番の右から3つ目と4つ目がエミの技とかバハのデスプレアに置き換わるようになってる。2番目。2番の落ちたのではないかなとは思っておりますが、当然そのドットがなくなった分はね、通常のはい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 。出てるんで、まあちょっと機動力高いからなって思ったんですけどね、機動力の高さも売りだからな、もともとそこはちょっとやっぱりもともとね召喚が好きで使ってたくれてた人ってたくさんいると思うんで、そこまで変えちゃうのはなとか、考えつつ。リュウキさん、だから操作量が結構栄翔が増えるとさ、吉田黒の巻き添えにしやがってって言われたこともあんまないしね。But yeah, with the summoner, there was a lot of trial and error and a lot of debates to get it to where we got it. But I think we were able to get it to a good point. Of course, with the removal of all the dots, we did try to skew back to having the summoner have their damage kind of come from the different casting of the 頑張るクロマさんさん、ナイトかっこええやん。ナイトかっこいい。アイアンブレードワークス使ってしまうからな。これすぎるわ。At the same time, it is the charm of a summoner is the mobility of it. So I think we were, and there were people who were choosing the summoner because of such mobility. So that was another point where we had to rack our brains. But we didn't want to make it so that we're casting all the time either. I can already imagine the comments from players saying, "Oh my gosh, you're turning us into the black page. Like you're kind of dragging us into this, Yoshida." So I wanted to avoid that as well.
さあでは、以上でキャスターでした。はい、ありがとうございでます。は最後、でヒーラーロールのお話いきましょう。ヒラそうだよな。変わるもんな。まずヒーラー共通項なんですけど、各ヒーラーに新しい単体バフの付与アクションを追加しております。どういう種類だろうな、単体バフ。So the first thing is new actions that apply single target buffs will be added to each healer and emphasis on single target buffs. でそれからですね、全体的にヒーラーの攻撃魔法の詠唱時間が短くなっております。And then overall, we did reduce the cast time for offensive spells. そしてですね、全ヒーラー待ってた、リミットブレイクの効果範囲がですね、50メートルに拡大されました。ほー。 And then limit break area of effect will be expanded to 50 yawns. And I hear Foxclaw clapping. めっちゃモルモル喜んでる。届いてねーみたいな。ナイス LB 届いてねーみたいな。これは悲しい。We will finally avoid うわー、イエーってめっちゃ書いてある。LB, but I was not in the レッツゴーとか。で、まあ今回その以前からお伝えしていたようにヒーラーロールに関しては、今回加えた4ジョブでピュアヒーラーに、バリアヒーラーにという、バランスになります。But also with the healers welcoming the new Sage job, we will be splitting it up with 2 jobs being a pure healer and then 2 jobs being barrier healers. 基本攻撃魔法の詠唱時間は軒並み 1.5 秒になってます。And then, for the offensive spells, like the primary offensive spells, they're in general going to be a 1.5 second cast time, which is pretty quick. まあアビリティがねかなり増えてきて、アビリティを使う機会が多いので、まあグローバルクールダウンにどうしても食い込んじゃってすごい気持ち悪いストレスっていうところがあったと思うので、そこを軽減するために詠唱時間をしてあります。With needing to execute abilities, it tended to, or like casting tended to sort of eat into the global cooldown time, and I'm sure people were very frustrated, or would have been very frustrated with it. So we're hoping that by sort of reducing the cast time for basic attack spells to 1.5 seconds. リュウキさん、召喚の今の使用アイコンとか見て比べたらノリス似てる気がするけど、20個ぐらい減ってそう。でも、やっぱ他のね、今まで見てた動画とかと比べるともうなんか全然違うからな。もう正当進化オブ正当進化以外の何者でもまあ白だからね。見た目も特徴的な、リリーを設置するという設置型の回復アクション枠が1行しかない。が追加されております。So with the white mage, this is just a simple 設置型。ハートマークのやつか。Let's see, it reads a functionally and visually distinct restorative field action will be added. ピュアヒーラーに該当します。はい。And of course, white mage will fall under that pure healer category. リュウキさん、せめて2行してあ本当だ。氷蛇だったかなが入るので、そいつでもリリーが咲くっていう。なるほど。And then a higher tier for the holy spell will be added. ホーリー今日はだから今日は。で、非常に残念なお知らせなんですけど、アクアオーラさんがついに解雇されてしまいました。Unfortunate news with the white mage is that fluid aura has been relieved of its duties. Goodbye. Goodbye. めっちゃノーって書いてあるけど、絶対使ってねえだろ、ノーとか書いてあるやつ。なってますね。はい。Then another update with the divine venison will become a charge action. 終わったとか書いてあるやついるんだけど。今までの操作感のまますんなり扱える。どんだけアクアオーラに全力尽くしてきたんだよ。But yeah, with the white maid, it's pretty straightforward. I think the controls will feel
as it was, and it'll be a fairly smooth transition with these updates. はい。はい。では、先へ進みます。続いては先生術師です。Moving on to Astrologian. 先生術師はピュアヒーラーに寄せることになりました。So with the Astrologian, we are going to skew it more towards a pure healer. ダイアナルセクトとノクターナルセクトを削除して、基本的な回復アクションの性能をダイアナルセクトの時の効果に、変更してます。So the diurnal sect and nocturnal sect will be removed, and basic healing actions will be adjusted to have the same effects as they would have while under diurnal sect. ただこれ、ニュートラルセクトが変わるんですけど、そのニュートラルセクト効果中のみバリアアクションが使えたりっていうことが先生術師の特徴として、あったりします。But that being said, there is going to be an action called neutral sect, which while you're under its まあ程よく残しつつみたいな感じか。へえ。で、あとはディビネーションの効果を変更してます。And then we've adjusted the effects of divination. ディビネーションによる範囲よだめ上昇バフが、カードの引き運にすげえ左右されるっていうのが、ストレスだったので、この辺り条件を見直しています。The effects of it was really affected by the luck of the draw, so to speak. So it has been adjusted. 通常で使えるようになるって感じです。はい。Basically speaking, you can use it in like normal circumstances. で、その代わり、カードシンボルに依存する効果を持つセルフバフが付与されるようになるって感じです。なるほど。はい。So while you can use it at any time, what will change is that depending on the seals used, it allows for enhancements to be applied to yourself. で、リドローはですね、チャージアクションじゃなくて、ドローするたびに1回使えるっていうアビリティになり、あとはマイナーアルカナにも変更が入っています。And then redraw will no longer be a charge. 星座をぶつけてよな。It will be changed into an action where every time you draw, you can use it カード投げつけ。And then there will also be a change to minor arcana. あとは動画にもありましたけど、回復と攻撃を結構兼ね備えた、範囲魔法が、追加されてます。頑張るクロマさんさん、ちょいロム。The other update would be, you may have seen it in the video, but there will be an AoE spell that kind of has a healing capabilities as well as an offensive element to it. やっぱりちょっと ID 行くときに、白魔のホーリーが強すぎだろうっていうところが結構言われていたので、今回、他のヒーラーにも範囲のID 攻略しやすい、ちょっとそれぞれが特徴違うんですけど、範囲を、持たせてます。And this is kind of based on some input that we've noticed whenever people go into instanced dungeon, holy that the white mage can use is quite strong, and so we wanted to allow for other healer jobs to have something similar. Of course, not their characteristics differ from each of the different jobs, but we did want to have some kind of AoE spell. 議論したんですよ、ここは。本当に全員にもういっそスタンをつけるかとか。なるほど。いやもちろんホーリーからスタンをなくすかとか。いやだけど、でもなんか特徴どんどん削れてくるのも違うと思うんですよね。なんか全員スタンつけるもなんかもう大雑把すぎるし。なのでそれぞれになんとか特徴を持たせて、
なるほどね、こういうニュアンスねとか結構苦労したので、それぞれ特徴が違います。はい。This was really quite a point of debate, actually. Like, do we want to add stun to this, or do we want to remove the stun effect from Holy, but we don't want to like kill individuality either. But if we add stun to all of them, then it just seems to be very sloppy. So we wanted to make sure that each job had its own sort of characteristic or like a signature like difference between them. So we're hoping that when players get to try it out, they would understand, oh yeah, this is the kind of nuance that you're going for. はい、じゃあ続いていきましょう。ゆうきさん、続いてホーリーのスタンは目つぶはしみたいな別に消さなくてもええやん。学者まあでもマジでありがてえもんな。バリアヒーラーになりますが、学者は改めてバリアヒーラーとして、調整されてます。Of course, we're moving into the barrier healers now, but with the scholar, ガクちゃんピンチ。 we have sort of made adjustments so that they are ご利 leaning 用 more の方 towards は that sort of フォロー barrier していただき type ますと healer. 励みになりますので、学者もですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。大幅に変えるところがあるかと言われると、まあ多少ねペットの挙動をまた調整したりはしましたけど。ゆうきさん、そしてまあ白と同じぐらいの人数。確かにね。一番でかいのはどうぞ。戦闘時にも効果あるパーティー移動速度上昇っていうバフが渡されます。へー。一番でかい。With the scholar, there wasn't really much we could have changed like significantly. I mean, we did make adjustments, はあ。 and part of it was changing or 超プロトンとかでやるやつ。 behaviors but I think one of the most major changes to 行軍式でもするんか。 a unique job action which can enhance the party's movement speed even during combat. いやいや、当然永続じゃないんだよ。ちょっと待って、永続だと学者必須になる。The buff is not continuous perpetually. If it's perpetual, then people are going to be like, no, must have scholar all the time. そんなわけないじゃない。さっき動画でも最後ね、召喚じゃないや、学者チャチャチャって走ってると思うんですけど、あれ速度アップしてるってこと言いたかったんです。ゆうきさん、それにしても学者必須によらない。可能性はあるね。The scholar was running just a little faster towards the end of that job action. 学者はね、今地道に上げてる。 Enhancement has been applied. ちょっとずつちょっとずつ。いわゆるスプリントと同じ速度が一定時間使える。で、スプリントとは重複しませんっていう感じですね。So it's basically like sprint, where your movement speed is 早すぎよ。 faster for a certain amount of time, but it will not overlap. 急に使われて落ちそう。で、他だとですね、パーティーメンバー一人を対象にした結構ね、強力なバフが追加されてます。And then another update would be there will be a fairly powerful enhancement that can be targeted to a single party member. で、ちなみに今お話ししたその移動速度上昇が付与されるのはどっちかというとサブ効果で範囲軽減のアビリティなんですね。それは学者に。はあ。移動速度が一定時間上がります。なるほど。And that new action that we mentioned earlier about quickening the movement speed of your party is actually like a fringe benefit of the action itself. It's actually meant to be like a damage reduction buff that applies to like a range, an area of range. まあスプリントとは重複しないんでね。これは。But of course, it doesn't overlap with sprint. So. はい。すいません。これぐらいしかお伝えすることがございません。Sorry, that's about all we can share. That's significant for the scholar. さあ、それでは、残る1ジョブ、こちらに参りましょう。来た。
賢者。 Last but not least. はい、賢者でございます。Have our リュウキさん、 sage. でも、はい。これによってでこちら、ドームネグテバリアッドスラタヒーラーとしてリティへはかどらない必要な能力をかもね所持しております。でも俺落ちるよ。 So the sage possesses all the あー items essential for それかあれかもカーブのところとかでさポチってポチっておはようおはようエモーションサンキュー。指定しているパーティーメンバーを回復するっていう特徴があります。ほう。 And what's really unique about the sage is that while you're attacking an enemy, はあ you can そういう specify 感じ or ね。 target a party member to heal at the same time. あとは回復とか回復用のリソースと攻撃用のリソース。そうだねターゲットどうするのみたいな。してたわ。おはよ Then, いらっしゃいいらっしゃい。 It draws upon unique resources for healing and enhancements, as well as attack magic. のんびり見とるよ。 As you can see in the job HUD example here. これがですね、じゃあはいちょっと味方一人をまず指定してうんうんうんメインにうん。ヒールする対象を選ぶ、うんでかつ敵を攻撃するとまあ対象にヒールも走るっていうエミルさん、エノキが特性化するみたいでよかったね。ね So again, to reiterate, you いや would ー designate a 楽になる party member to マジで。 sort of heal, and then as you attack your enemy, then whomever you designated will receive healing. まあカルディアっていうアクションなんですけど、それでパーティーメンバーを一人 MT さんとかをこう指定してこうヒール受け持ちますみたいな状態にするって感じです。はい。 So this is エミルさん、 called, これでガラスターって嘆かなくてもよいよ。ほんとね Cardia. Oh, I'm sorry, Cardia. Cardia, and then you would typically, I think it would work well if you Ryuki-san, specify like 賢 your 者は main tank, 今から off でも tank, 間に合うからニューガンダムに as 感謝しよ your sort of designated person to 間に合うから。 heal. で特定のアクションを使うと一つのアクションがあトイレ行きたくなってきた。単に攻撃魔法だったのが、ドット付与に切り替わったりっていうちょっと変わった動作をするものもあります。おう And then there's Oh. another unique characteristic where sometimes an action that you execute might be like when you're hitting somebody, an enemy, it turns into a dot also, like a damage over ギリシャ time. 語で心臓。で時間経過で付与されるアダーガルっていうリソースを消費してインスタントバリアヒールも豊富にございます。 And then there is a resource that the sage uses, which is the Adder's Gall, that kind of accumulates over time トイレ行ってきま so す。 that you can execute your instant barrier heals. あとはイカロスっていう動画でも飛んでた移動アクションがあるんで、まあ、テクニカルバリアヒーラーって感じですね、イメージ。 And then in terms of like a gap closer or like a movement type action, we have Icarus. You may have noticed in the video that the sage is kind of flying. So it's kind of positioned as a technical barrier healer. これね、ちょっと実機でも説明難しいんだけど、一応出してみる？一応出してみるか。 So explaining this like even on the gameplay screen might be a bit complex, but I guess we should try it. Try to see it on the game screen. Yes, please. 4。はい、画面お願いします。おい。こんな感じですね。おお。賢者です。It's Sage。ここだけ見るとちょっとゲームがわからなくなるんですね。 Just looking at this image, you can't really distinguish like, wait, what kind of game is this again? この剣具の収まり方結構こだわりましたんで。確かに。 We were very particular about how these nulas are sheathed.
結構多いっすよ、アクション。There's quite a lot of actions available. で、まずこのカルディアっていうアクション、まあ特徴的なんですけど、これを使ってまず誰を主に回復するかっていう、まあパートナーという言い方だとちょっと語弊があるのかもしれないですけど、まあ指定をしていく必要がある感じです。So going back to Cardia, Emil-san, this is wala-wala. quite unique. And so you'll be designating whom you want to heal. It might not be fully accurate to call it partner, but I mean, you're pointing out, you're designating somebody you will be healing. はい。今自分に貼りました。はい。So it's now set to me. で、ちょっと攻撃をしますね。We'll try attacking. こういう人と同時にヒールが走ってます。すごい SF 感がすごいです。So as you are attacking, because I designated myself, as I land an attack, the heal kicks in to heal me. サウンドスタッフ的にどうですか？ SE っていうあらやだ SE っていうコメントが非常に出てます。A lot of people commenting on the sound effect, the sound effect, the sound effect. How does it sound to you? Does it sound sci-fi enough for you? 初めてこれもチェックで聞いた時結構衝撃だったんだ。It was quite surprising when I heard it when I was doing my checks. そしてですね、このエウクラシアというアクションを使うと、技がね一気に変わったりします。今単純な、攻撃魔法でしたよね。これがアクションを使うとモードが変わって、ドット付与の技に変わったりします。So the one which we were talking about where an attack turns into something that can place a dot, that would be the Eucrasia. So once you cast that, an attack changes into something that would allow for damage over time. 普通に使えば技を変更して、なるほど。So it kind of augments the different actions that the sage can cast. お分かり。You see? よいしょ、戻った。内容は見てたな、スマホで。いいかも。まあ変わってます、いろいろ。テクニカルだね。Augmented and changed. いや、使いこなしてもらえれば面白さは保証するんですけど。I think it might take a bit to master, but once you do get the hang of it, it is quite fun. ヒーラーをそうで説明するのは難しいです。非常に難しいです。Yeah, it looks tough to explain healers. 私。I mean, so はい。when you are solo. Very true. コメントはですね、もうね、全然あれなんですよね。SE とガンダムの話しかしてないですよ。For some reason. Filled with the sound effect, or it's like Gundam.
まあというわけで本当テクニカルバリアヒーラー、ちょっと今までとやっぱり本当にまた違ったタイプのヒーラーとしてなんだろう、極めがいがあるというか、形になってますので、ぜひですね、我こそはと思う方はですね、今回、まあ賢者とそれからメレンディ TS にリーパーが追加されるので、どっちも結構また新しいメカニクスを持った特徴的なジョブになってるので、ぜひゆうきさん、だって、SE の動きと BGM がどう考えてもガンダムしてるもん。本当だ。ごめんなさい。 In any case, the sage is definitely a technical barrier healer, and I think there is a 今48かレベル。そろそろ装備やらないとやべえかな。skill set that the sage brings to you. And then of course we have the Reaper joining the melee DPS, both having very unique mechanics and very characteristic, and very unique. So we hope that people will enjoy this and try it out when it comes out. はい、ありがとうございます。Thank you very much. そうしますと、第1部、ジョブ関連調整パートはこの辺でということですね。はい。So this concludes the first part of today's letter life, the job adjustments. Yes. いや、ここまでで第1部ですよ。第1部です。We're just barely done with the first part. あと2部あんで。あと2部。So we have 2 more parts after this. Wow. 大丈夫、大丈夫ですよ。はい。では第2部に行く前に、ここで一旦休憩にしましょう。改めて休憩を挟みたい。だね。で、もうあとどんぐらい？ここまでいろいろご説明しましたので、30分。ここで改めて4時間でしょ。休憩のお供にですね、ジョブアクション動画を改めて流します。なので自動的に休憩は20分休憩です。はい、なので今の情報を改めて頭の中で整理しながら、改めてジョブアクションとか見ていただければと思います。はい。So before going to the second part, pattern adjustments, we want to take some break. And then for this break, we will replay the job action video again. So with the explanation for each job in mind, please check the job action video. So the length of the break this time will be the 20 minutes. はい、ではよろしいでしょうか。それでは改めてビデオを見ましょう。So let's check the video. どうぞ。でもなんかこういう映像系統めっちゃ金かけてるよね。PV もそうだけどさ、PV っていうかトレーラーマジでね。かっけえよな。ゆうきさん、ウッチーさんの配信してる時間を見つつマジでね。もうそんな時間になってるもんな。巻き割り。ゆうきさん、2
予定より終わる頃には1時間半オーバーしてるのよ。かなりかかるね。エミルさん、6.0 になったらクロスホットバーのマクロも見直しだね。そうだね、マクロ見直しだね。パッド勢は特に大変かもしれないね。うちらはここでポチポチポチってやればいいだけなんだけど。まあでもマウスあればできるか。一回適当に割り振っちゃって。あ、ダメか。パッドだとそうか。ちょっと偉いのか。かっけえ。さあ、走るスピードを見ましょう。とっとか走るよ、ガク太郎。マジでね。あ、早いね。確かにこうやってみると。うん。早いね。休憩にならないよ、これじゃあ。休憩が休憩にならないよ。エフェクトすげえなぁ。多分そういうことだろうね。うん。結構時間かけて、ふわーってなってたよね。
ファースト回しそのもの変わりそう。ねえ。いや、でもマジ超楽しみだわ。やばいな、いよいよレベル高くなって作るものが多くなってきたな。マヒマヒと龍騎さん、スキル回し1から神風になるし、初王からそうだ。音いいね。ホワイトメイジ。設置型のやつだよな。最後の方か。龍騎さん、だってね、あれを見たら基本的な流れ前変わる気しかしないからね。お、あれか。ハート。ブラックウェイズ。魔門からフリザがフリザじゃファイがファイジャーファイジャーでもう一ここで延長でこのダブル属性のやつね。でスペかでこれ入れてメドロワー。これここで入れる理由がよくわかんねえんだよな。これ
あ、草っちモードか。そうかそうか。あれだ。半属性にした時に付与されるから、そうかそうか。だから半属性の時には必ず1回は入れとくんだ。やった後前に1回は入れとく。わかったわかった。もうあとはそんな変わってねえな。リュウキさん、そしてファイギョ。ファイギョ。まあ、賢者がなんか見た感じ賢者が一番テクニカルになりそうな気はするよね。回復してるね。バリアドーンでも回復してるね、やっぱ。別ゲーで。マヒマヒとオリーブオイルだけ買えばいいか。オリーブの部はの部か。出た。王の機関。リュウキさん、しつこくなってきてるのは自覚あるけど、どうしてもニューガンダムに。いや、どうしても見えるよ、やっぱ。見えるよ。俺も見えるもん。見えるぞ。加工精度が足りない。マジで。めんどくさ。ガンダムの対戦ゲーで乳ガン使ってるからなおさら。おー、昔はガンガンやってたわ。懐かしいな。シアトースト。あ、違うわ。リーブ受注してねえや。今、調理師のレベル上げ中。リーパー。リュウキさん、もう支援特化のニューほんとだ。リュウキさん、皆さん見えない。でも使ってみてえなって思う。ああいうの。
やー、締め技かっけえなー。締め技がかっけえ。99個もいらねえ。踊れよとか。りゅうきさん、本来の配信終了予定時間が迫っておりますが、いかがお過ごしでしょうか。まだまだだね。まだまだかかるね。本日は当配信をご視聴いただきありがとうございます。当配信では様々な棒読みちゃんの機能がご利用いただけます。概要欄をお読みになった上でぜひご利用ください。あ、違う、買えばよかった。なんで俺作ってんの？あー、めんどくさ。はい、戻ってまいりました。第66回プロデューサーレターライブをお送りしております。So, welcome back. Yeah, we are back. Now we are running the Final Fantasy 14 Letter from Producer Live number 66, explaining the lots of new features for our next expansion Endwalker. はい、ということで、ここから第2部をお送りしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。最初にですね、前半のちょっとフォローが1個あってですね、はい、召喚師のエギミラプリの話をレベルが上がるとカーバンクルが他のエギになっていくので、姿をカーバンクルに戻したりできますよっていう話をしたと思うんですけど、ごめんなさい、あれ逆で、カーバンクルがもう全基本にいて、これにイフリートエギミラプリをしたりとか、姿を変えられます。すいません、もう召喚は何度もちょっとひっくり返してきてたんで逆に覚えてましたということなので、まあいずれにせよミラクルできますっていう話でした。はい。
Apologies. We wanted to clarify or make a correction on something that we had mentioned in the first half, where we were talking about the summoner and the Eggy. But we mentioned earlier about how once you level up, your Eggy turns into like Ifrit and whatnot. I actually had it backwards. Apologies. It's Carbuncle is the base form, and then you can glamour it to look like Ifrit, etc. So apologies for that. はい、はい、ありがとうございます。Thank you very much. ではここからは第2部といたしまして、はい、バトル関連調整をご紹介いただきたいと思います。今までのはバトル関連調整じゃなかったんかいっていう感じです。From now on, now we want to explain モットちゃんさん、battle adjustment. Twitter をご利用の方は、フォローしていただきますと励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ行きますよ。まずは1個目どうぞ。ゲノミ関係とかか。まずレイドファインダー、レシピコンテンツのレイドファインダーのマッチングに調整が入ります。こちらです。今回ヒーラーがピュアヒーラーとバリアヒーラーが入るということで、そういうことね。マッチングのアルゴリズムもピュアヒーラーとバリアヒーラーで、マッチングされるようになります。レシピに関してってことか。So first up is the raid finder. We are going to be making adjustments for まあなかなかレシピはない。 the algorithm to accommodate for sorting out the barrier healers and the pure healers. そしてですね、他はやってないですね。他はどっちになってもクリアできるぐらいの難易度なので、はい。で、ごめん、いいよ、どうぞ。はい。The rest, there hasn't been very much of a change. There's really not much of a need to like sort the different the other ones. はい。で、まあなんかちょっといくつかコメントがあるんであれなんですけど、まあ前にもこれ実は話してるんですけど、レイドファインダーやっぱりこれ以上細かく条件を割るとマッチングが伸びすぎてダメなんですよ。なので、まあこれ以上細かくであればパーティー募集を使ってください。ぜひ。はい。I do see some comments mentioning about how they are wondering about, well, what about other sort of sorting and like categorization? But if we add more conditions to the different raid finder, like party composition algorithm, so to speak, it's going to lengthen the time it would take for a party to be matched up. So if you want to be very granular about who joins the party, it might be best to go to the party finder. さあ、ではそのパーティー募集の続いてアップデートのお話でございます。Next up is updates made to the party finder. まずパーティー募集に出すときにヒーラー枠をピュアヒーラーとバリアヒーラーでもちろん分割できるようになっております。今回。So of course, with the party finder too, the healer category will be split between pure and barrier healer. でさらにですね、よくこうなんかいろいろ揉める原因にもなってたところなんですけど、参加条件にですね、今回コンプリート済みでかつ修正源を今週まだ受け取ってないよっていうのを追加しました。ありがたい。それはありがたい。これは確かに。これは大事。ありがてえわ。And that is a new option for players who have yet to receive weekly completion rewards will be added to the participation conditions. なので、もう今週断賞でいいですと。助けてくださいと。今週クリア済みの方でもいいので参加くださいっていう時は、この参加条件、これ入れなければ、そういうマッチングになる、募集になるって感じですね。はい。So if people are okay with just receiving the tokens, then and they don't mind not having the weekly completion reward, then you would not need to like specify to this option. それからですね、続いてジョブ重複制限で、検索には引っかかっちゃってたんですよね、これ。
僕もよくヨシピー散歩で参加するときにやってたんですけど、これも検索からも出なくなります。このチェックボックス入ってると。So search results will no longer include parties you cannot join due to the one player per job requirement. This was actually something that Yoshida also got stuck on sometimes in some of his stroll broadcasts with this whole one player per job requirement. 以上がパーティー募集のアップデートのお知らせでした。はい、さらに進めていこうと思います。はい、お願いします。So moving forward. コンテンツ報酬のちょっと調整を行っております。それがこちらです。We made some duty reward adjustments. 武器がドロップする討伐と滅戦、もともとね、武器直ドロップ1個あったと思うんですけど、ジョブが増えたということがありまして、はい、今回、ジョブのランダムの武器1個ドロップするのは変わらず、それ以外にもう1個、開ければその開けたジョブの武器に変わるという武器チェックをしました。So trials with weapon drops will now drop a weapon coffer in addition to the original weapon reward. What this means is, of course, with the dungeon loot, of course, when a weapon drops, it's randomized. And with so many jobs being added to the roster, of course, we will keep that original sort of of a weapon, but we will also add a coffer that will allow for whatever weapon of the person who opens the coffer will get as like an additional. で、この調整をですね、次のページに行っていただいて、はい、どうぞ。3.x までの高難易度レイドの4層にも、これを全部適用していくことに今回細かく、はい、徹底させてもらいました。And so this will apply. The fourth turn of high-end raids released up through 3.x will now drop a weapon coffer in addition to the original weapon reward. なので武器1個と必ずチェストと出るので、はい、運良ければその場にいる2人が武器ゲット出せってなる感じですね。So, because we have the weapon, the randomized weapon drop, and then the coffer, it should, if you're lucky, 2 people will be able to obtain a weapon of the weapon that they want in a particular high-end raid. で、さらに続いてどうぞ。4.x までの高難易度レイドでドロップする防具アクセサリーが、全部チェストに直ドロだったんですけど。変わります。そういうことね。High-end raids released up through 4.x will now drop gear and accessories in the form of coffers. Originally, these were also like a randomized direct drop, but we're changing these to a coffer. なので、すべて同じ仕様に今回統一して、過去のコンテンツも改めて報酬のドロップテーブルを変えてですね、チェストを作って、同じルールでね、いけるように、しておきました。So we tried to even out and try to make it the same across the board, and then sort of revisited the drop table of past content as well, so that we can add that sort of coffer to these different content. ですね、以上がだいたいコンテンツの報酬関係の調整で、続いていきましょう。はい。ですね、HUD レイアウトに、バトル関連でさらにちょっと大きなアップデートがあります。So we covered the different reward updates. Next up is adjustments made to the HUD. ですね、今回トリガーバフっていう新しい呼び方をしてるんですけど、トリガーバフってなんだよっていうと、今までプロックって呼んでたプロックで付与されてるバフのことです。So we will be able to identify a trigger buff, or English says conditional enhancements. Sorry, basically like procs that are applied.
またクローマーの例で恐縮なんですけど、ファイガプロックとかサンダガプロックとか、はい、で今まで、現状ではですね、バフとデバフとその他バフって3つに分離できるんですけど、今回そのプロック、トリガーも分離可能になるので、自分で管理して目の届きやすいところにそれだけ切り離して持っていくっていうことができるようになります。そういうことね。Apologies, the example is Black Mage again, but with the Fire 3 proc and the Thunder. あれだ、だから、ね、とあるソフトを使ってやる人とかいるじゃん。専用の置いといて。We are now able to sort of split out enhancements and enfeeblements, and then now we will have the proc or the conditional enhancements where you can separate it out and then place it where you feel is best to get a view of. まあトリガーバフだけ当然切り離してね、ジョブゲージの近くに置いて視点をそこでもう管理を固めてしまおうとかっていうのもできるし、まあ、個別にいつもの通り表示サイズを大きくしたりっていうのもできるので、ぜひ皆さんまたこだわりの UI に役立てていただければと思います。With being able to separate out just the procs that show up or the conditional enhancements, you can, for example, place it near your job or your job page so that you can just look to one section to identify any sort of buffs that have been applied on a proc sort of basis, or because you can adjust the elements that you have in the separated sort of display. You can also change the display size as well if you want it to be more like prominent on the screen. はい。まあこれかなりね、もう助かる人多いんじゃないかなって気がします。見逃さないように。はい。We're hoping that this would be very beneficial and would help people who do want to keep those like separated or keep track of them separately. で、続いてなんですけど、グラウンドターゲットの利便性を向上させるアップデートを、入れております。Next up is improved ground targeting functionality. ですね、キャラクターコンフィグにこれ、今までの挙動の方が好きだったっていう方もいると思うので、はい、キャラクターコンフィグって選べるようにしてあります。まず設定を新たに項目追加してます。So I'm sure people still prefer the current ways. So we made it so that it is selectable. So we basically added it as a new setting in the character configuration menu. こちらです。言い方としてはですね、グラウンドターゲットアクションを一回押すとグラウンドターゲットマークが出るし、はい、そのアクションボタンをもう一回押すとその置いてある場所にもう即実行されるっていう形になるので、パッドはかなり楽なんじゃないですか。はい。そういうことね。So, 丸、まあ例えば丸ボタンに設定される丸を押して丸とかだったらっていう感じってことだ。Target circle. So basically, say you wanted to activate a ground target related action. You can just press the same button again to confirm that this is where you want to place the ground target. So I think people using the controller might have a smoother time setting their ground target. めっちゃサンキュー来てるね。Yes, yes とか。ラヒーとか。ラヒー関係ねえよ。確認中です。このワールドメディアツアー2021には実装されてるのかTo do is implemented on this media board. ちょっと待って。はい。Sorry, one moment. あれなんです。今普段吉田さんが開発とチェックしている最新状態のものとはまたちょっと違うバージョンのメディアツアー専用ワールドが今日使ってるところなんですけど、そこに果たしてこのモードがあるのかどうかを今確認しておりますっていう複雑な状態です。Yeah, so this server is special set up
dedicated to the media tour 2021. So he's checking if this mode is available on this version. And then 見つけました。ちょっと待ってね、動作するかだけなるほどね確認する。And then he found something, and then now he's confirming if he's working as desired. いや、ちょっと待って。デバッグコマンドも違うんだった。ちょっと待って。ディバッグもいいですよ。あ、大丈夫。ちょっと待ってよ。リキャスト。これリキャストリセット使えないんだって。まあ、じゃあ、ちょっと待ってよ。はいはい。じゃあ、時期ってもらって大丈夫。じゃあゲーム画面お願いします。キャラクターコンフィグの中の操作設定で、ターゲットの中にここにグラウンドターゲット設定っていうのがあります。で、ここにグラウンド GT アクションの有効範囲内でのみ操作可能にする。で、これはさっきパワポの2行目にあった、そのアクションの、グラウンドターゲットできる距離より、カーソルがもう奥へ行かないなので最も遠いところっていうのが取りやすくなる。いや、もうすっげえ行っちゃって、そこじゃねえもっと手前ってやらなくて済む。で、それだけを、オンにしたりオフにしたりっていうのもできるし、グラウンドターゲット中に、もう一回同じアクションをしたらもうその場で実行するみたいな、これ両方分かれてるんで、これまあ両方適用でして、一旦訳しますか。どうぞ。失礼します。So when you go into the configurations, and it should be under controls, I believe. But there should be a section where you can set your ground target options. So there are two that is going to be available. One is the aforementioned hitting the action button one more time will place the ground target wherever or will confirm the placement of the ground target. And then the second one was it prevents the cursor from going beyond the ground target range. So sometimes there might be an instance where the cursor is like way in the background and you're like, oh, wait, I don't want a ground target that far back. You can set the configuration so that it stays within the bounds. And so it allows for you to get like the most optimal, like furthest distance through turning this function on. 確かにね。そうか。そうだね。私が間違うとあれなんでごめんなさいね。ここにあります。はい。Apologies. The UI is in Japanese. We wanted to make sure that we set the correct settings. So it's in Japanese at this time, but it will be available on this particular part of the character configuration menu. で、この状態でもうこれ以上いかないです。わかります？ So with the ground targets kind of bound within that sort of ground targeting range, I hope you can tell, but the furthest it can go is sort of restricted. So it doesn't go too far back. Yeah, you can see the can go further, but the ground target itself won't. I mean, will stop at a certain point. これはいいです。わかりやすい。で、この状態でもう一回アクション実行すると。So you hit the action button again to confirm. なのでもうこの辺適当にマウス置いといて、こんな感じ。自動的に一番遠いところまで行ける。まあ別にこの辺どこへ行くけど、まあ一番遠くまで行きたかったら適当に一番遠いところしてる。So of course you can place the mouse cursor where you want to go directly, but then if you just want to go as far as you can, then you can just set the cursor to somewhere like close to off screen so that it automatically kind of stays within that target range. But
it doesn't go エミルさん、 beyond what is だから available. 青間のルームもやりやすくなるな。いやね、不用意に忍者出したらコメントで「あれ襲撃がない!」って書かれた。So I tried to use the ninja here, and they've noticed something is missing. まあなくなってはいない。Assassinate is not gone. なくなってはいない。 It's not Hi. gone. さあ、じゃあグラウンドターゲットはこんな。エミルさん、アポカルの攻略がはかどるって言ってる。 So that 笑う。 targeting. じゃあグラウンドターゲットのアップデートは以上で、続いていきますね。はい。続いてはですね、パーティーメンバーの栄唱中ターゲット表示。まあこれだけを見るとなんだろうご利用の方はフォローをしていただきますと励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ちょっと待って。パーティーリストの中で、栄唱バーでどの敵を攻撃しているかとか、どの味方誰を蘇生しているかっていうのが判別しやすく今回なってます。So this is ちょっと display 待って。 party members' target when casting, and it's kind of weird to explain it with just this header. But if you look at the check mark, it makes it easier to discern which target your allies are attacking or reviving. 蘇生ダブらなくなるって。まあ、例えばこの表示に出てるパーティーリストだとまあさよならマクロ。左のスクリーンだとモンスターのC 番目のヘイトリストに対応しているので、その人に対して今栄唱、攻撃栄唱を唱えてますよっていうのが左のスクリーンですね。So it'll show you which number or letter the person or the target is. So in the screen cap on the left side, it shows you are casting glare at enemy C. So whatever's on the Bitabomeya. list, enemy number C, is being targeted. で、右側ですが、今、1番、パーティーナンバー1番の、白魔導士がレイズをかけているのは、パーティーリストでいう2番目の、プレイヤーに対してレイズをかけてますよっていうのが、まあ、この意味ですね。レイズ2って書いてあるやつ。はい。And then the screen grab on the right shows that party member number 1, the white mage, is casting raise to number 2, which you can see is the paladin in that party list. ちょっと別アライアンスが厳しい。まあ、まずはパーティー。なんかいずれね、考えたいと思います。はい。Now, this only applies to parties, and I'm afraid it doesn't work on alliances just yet. We'll try to think of something that would make it easier to discern, but for now, it's party members. これあれだな、ナンバー C ってなんだろうっていうのなんですけど、ヘイトリストに、敵の名前が出てると思うんですけど、あそこに A、B、C、D ってあるんで、それだと思ってください。はい。左のリストはだからパーティーリストメンバーじゃないですね。グレアなんで。はい。はい。And so just to clarify, the one on the left is when you are attacking an enemy. So it's not necessarily your party member. As you can see, the letters correspond to whatever enemy list that you have. Usually it's like a name and then the alphabet that follows. So it's that letter at the end. で正直迅速魔どうなるんだろう、正直迅速魔はもうインスタントなんでどうにもならないです。ごめんなさい。People are wondering, oh, what about Swift Cast? And, well, that's instant, so I'm sorry, there's not enough time to display whom you're casting. それをやろうとすると、誰が誰を今ターゲットしてるのかっていうのを出さなきゃいけなくなるけど、ものすごい勢いでターゲット変えるんで、それはね、ちょっとさすがに無理ですね。はい。That one, it would have to show like which one is being targeted very quickly. So I'm afraid we wouldn't be able to keep up with that system. So it's not applicable. まあこれはこれでただね、事故りそうなのは、あ、もろもろ今2の人に蘇生してるから、やべ、俺かぶったから蘇生キャンセルしよう、栄唱キャンセルしようって言ったら、俺がキャストしたのを見て、あ、蘇
仕掛けてくれるんだったら俺はそうっていうことはあるかなとは思います。ダチョウ倶楽部的なね。ああ、どうぞどうぞみたいな。And say Yoshido is trying to cast Rays, and then Fox こっちもどうぞどうぞ。 trying to cast Rays, and they realize, oh wait, it's the same person. Oh, maybe I should cancel. And nobody ends up casting the Rays, so you might want to be careful on that end also. だから一度先に詠唱し始めたら、ガンと強い心で。So if you know you're the first one who's casting like a raise or a cure of sorts, don't be faltered. don't falter. Keep your casting. はい、パーティーメンバーの詠唱中ターゲット表示は以上でした。はい、続いてはですね、戦闘不能時の、0% になってしまったヒットポイントバーっていうのを今回表示するようにしました。Next up, health bars will be displayed even when incapacitated. ですね、これ今までヒットポイントバーを常に表示っていう状態にしてたら、まあ表示されてたんですけど、初期設定のヒットポイント減少中の場合でもこの倒れてる人のヒットポイントバーがブランクで見えるようになる。はい。So of course, with the health bar, you when it's set to, I believe the default is to show the health bar, but there is a I'm sorry, it's the other way around. When you set the health bar to show all the time, then regardless how much HP is left, you will always see the health bar. But there, with the default option of only display when HP is below 100%, it doesn't necessarily show when the HP is completely gone. So with this update, whenever somebody's incapacitated, their health bar will show up as like a blank gauge. これはですね、コンテンツ上でですね、はい、キャラクターが倒れているのを見逃してしまうことがあってですね、そういうことだね。いいね、いいね。出演されずにみんな行ってしまったら、多いってなる。まあ、これ、気づけないほど同化しちゃう場合はやっぱあるんで、これによって、ここに、命を絶たれたプレイヤーがおりますというのが、分かるようになるので、多分ね、気づいてないからレイズできてないっていうのがあったりするんで、これを対応すると見やすくなるんで、ぜひ辻レイズをバンバンしてあげたりしてください。これでも無視されたらてんてんてん。ララは見落としがち。content and they just lay there and nobody wants to or nobody notices them being KO'd. There are times where people finish a duty and they're like, okay, we're done, we're gone, and you have a party member still on the ground and wondering, oh, but raise, please, everybody gone. So we try to make it easier for people to discern their lies. So-and-so party member who have fought valiantly but is now KO'd, so that people will notice and cast their rays. ね、ありがたいよね。続いてはどっちかというとお知らせなんですけど、はい、ちょっと 6.0 での現透滅戦なんですけど、一回ちょっと封鎖をさせてください。おー。So next is more of an announcement than anything, but we would like to temporarily close off or remove the Unreal trials. っていうのもですね、まずレベル今、90のバランスをめちゃめちゃ取ってるんですよ。はい。で、そのレベル90の着地どころってギリギリまで調整するので、それからじゃないとやっぱり調整できないんですよね、過去のそのバトルって。なのでちょっと一回、
まあそのままとりあえずリバーを開けとけばっていう意見があったんだけどいやただでさ今長いのにそうちょっとなんかいくらなんでもなんでちょっと一回封鎖をさせてください。はい。The reason why is because with the raise the level cap, we still want to continue making adjustments to the overall balance of the different jobs. まあ言ったことないけど We would だ。 like to adjust it as long as possible up until the last minute. So before we リュウキさ can ん、じゃあ開けるタイミング的には 6.1 かにでも多分そんぐらいになりそうだよね。 to match like the upcoming level cap. I think we still need to kind of see where our standard content kind of works out with this new level cap and the overall balance. Some of you may say just leave Leviathan open, but it's been a while. It's been a long while, so I think it's just better to close it off temporarily. で、再開の時期としては 6.1 から、新しい原コンテンツに、変えて再開していこうと思います。はい。リュウキさん、それが実践向け基準として幻リットアティングですね。Yeah, we plan to resume from patch 6.1 with new content. まあ何になるかなんでしょうね。ある手とか、姉さん同士とかね、いろいろ候補はございますね。はい。There are many candidates that we would consider a certain alta or maybe some, yeah, many candidates we can think of. はい。それではさらに続けて今度は帯防具いよいよ排出停止が、60迫ってまいりましたので、詳細にお伝えしておきましょう。リュウキさんというか基準透滅線に軽くギミック持っても良い気がするけど。帯さんさようなら。帯防具はすべて排出停止で装備できなくなります。So belts will no longer be equipable or obtainable via duties and item exchanges. そしてですね、皆さんは基本的に何もしなくて大丈夫です。装備中、もしくはアーマリーチェストに入ってる帯防具、それからリテーナーが装備している帯防具っていうのは、すべて我々、データベースを直接調整してですね、遺失物管理人にすべて預けておきますので、リストから後ほど 6.0 リリース後に、選んで回収できるので、皆さんは特に、やることはどうしてもこれをやっといてくれみたいなのはないです。はい。But with the discontinuation of belt equipment, there really isn't much that you need to do in preparation for it. Anything that was equipped on your character or has been in the armory chest, or if the retainer was holding on to it for you, will all be transferred over. We will be, or the developers will be handling it on the back end via the database, and we would directly update it so that it'll be given to the Calamity Salvager. So if you want to retrieve them, you can go to the Calamity Salvager and pick it out from a list and retrieve it there. ですね、それ以外の帯防具はそのまま手元に残ります。で、装着済みのマテリアとか製作品の名はそのまま残るので、マテリアを外すのは後でも大丈夫です。はい。And all other belts will remain in your inventory as そういうことね。 any sort of materia that were affixed or signatures on crafted belts will remain as is. So you don't necessarily have to rush to remove the materials. 外すことはできると。そしてですね、エウレカをやり込んでた皆さんが気にされるスピードベルトなんですけど、代替品となる指輪を実装します。And for those who have been grinding on the Eureka content, may be wondering about the speed belt that was obtained through this. That will be replaced with a substitute. A ring will be serving as a substitute for the speed belt. まあ頑張ってね、取っていただきましたんで。6.0 以降に代替品と交換可能になるので、スピードベルトは捨てずにちゃんと取っておいてください。はい。So you can exchange it for this substitute item. I know you worked really hard to obtain the speed belt. So スピードベルト売り切れ。6.0 releases, you will be able to exchange it for a ring that is equivalent. So please do not
throw away your speed belt? エミルさん、で、バゴスでゲットできる腰防具だけど。はこうなります。6.0、ちょっと待って、左から先に出して、一気に出すとわけわかんなくなっちゃうんで、まず 6.0 前でしかできないのが、左側に並んでます。マテリア生成。だから、これ、連成度100のベルトがあるなら、マテリア生成はしといた方がいいと思います。で、マーケットの出品とか購入。あと、リーブへの納品。あと、グランドカンパニー。軍需品調達への納品とか。ちょっと絶望してたけどよかった。ね。なんか霊式結構受けて、帯のチェストそのままだったわみたいなやつは開けないともう使えなくなっちゃうので、これは気をつけてください。So we're summarizing here. On the left side is available only before patch 6.0 or the expansion. So if we want to extract materia or like create materia out of belt equipment, you can only do that before Endwalker is released. Buying and selling of the belt equipment on the market board, turning it into different leaves. Etc. Also for coffers, those who go to different raids and realize that they have like built coffers, you won't be able to use those after the expansion releases, so you might want to take care of that. ちなみに一番下ね、中身が帯防具のみのチェストなので、帯と他が1個になってるみたいなのもあるんですけど、それは帯だけ出てこないです。で、これはもう開けられないので。帯防具のみのチェストはそこは気をつけてください。And just a disclaimer, with these coffers, there are different types where it's just the belt equipment or a coffer that has a belt and something else. Because belts will be discontinued, coffers that only contain a belt will not even be able to be opened. It's like defunct at that point. But if it's a coffer that contains something else with a belt, only the belt will be discontinued. So you'll still get the whatever it was paired with or included in the coffer, but just not the belt. どうしましたコメントでたまたまちょっと待って。Pants gonna fall down now. We're seeing comments with the belts being removed, the pants are going to fall down. That just caught Yoshida's eyes. ベルトなくなるかも。 For sure, all the belts holding up your pants are going to go away, huh? そしてですね、6.0 になってからでもできること、帯防具に対してできることがこちら。つけてあったマテリアを 6.0 のになってからでも回収はできます。あとショップに売却することもできます。分解してしまうこともできますし、グランドカンパニーの希少品調達への納品は可能です。あと捨てることも可能です。And now for Yeah, 蒸し暑い。 is if you, for example, had affixed some materia on your belt, then you can retrieve those. You can also go to shop vendors, not the market board, but the shop vendors to sell off these belts. You can also do synthesize. You can also do expert delivery, turn in. Of course, you can throw it away also. ちょっとワンスモールからのウィーフォールってウィーフォールウィーフォールはウケるパンツフォールとかマーケットに出てる帯防具前にマーケットに出てたやつはもう検索に引っかからないようになるので皆さんで取り下げをしてってください。BGM かぶせてくんねや。On the market boards will not be searchable after the expansion has launched. So if you had anything up listed in パンツフォール you might want to take them down. 今 BGM シャドーフィンガーにしたらChange the background music to shadow fingers. さあここまでがベルトに関して帯防具でした。はい。
続いてこれもねずっとお伝えしてきたんですけど、今日の実機見ていただいたやつもすでにそうなっているデノミネーションについてです。はい。でどうぞ。Oh, sorry. We looked at the game screen, and you may have already noticed some of the numbers being sort of compacted, but we want to explain the downscaling again. まずレベル50からレベル80までの装備パラメータの上昇幅を今回ギュッと、圧縮させていただいてます。So the difference in gear attributes from level 50 to 80 50から80ね。さっきクライアントでも見ていただいたように、敵味方自分も敵もヒットポイントの最大量とかダメージの最大値とかっていうのがギュッと一回圧縮されて小さい数字になります。So as you saw in the game client, the HP for both the enemy as well as yourself, and the damage being dealt has been significantly compacted. で、これに合わせてですね、調理品、薬品、マテリアの効果量もそれぞれ合わせて、デノミネーション抑えられてますので、ご了承ください。And then potency of meals, medicine, and materia will also be reduced accordingly. 大体以前の、ファンフェスとか、新情報発表会でもお伝えしたんですけど、大体5分の1ぐらい、その攻撃とかで言えばになってると思ってください。リムサか。I think we mentioned this during the fan festivals or in the showcase announcement showcase, but the downscaling is we're going to be downscaling it to about 1/5. で、全て考慮した上でバランスをできるだけ維持するようには調整しております。Of course, adjustments to maintain balance with consideration for downscaling of various items. で正直ここようわからんという方も多いと思うんですけど、僕当然全コンテンツチェックをこのデノミネーションされた状態の14でも、全てのコンテンツ遊んでるっていうかプレイしてチェックしてますけど、全くなんていうの変わんないです。すぐ慣れます。1時間もかかんないです。For sure, it still kind of raises question. Like it is kind of hard to grasp with just explanation on words, but with Yoshida looking at all of the content and making sure to test everything out and seeing the downscaled numbers, it really doesn't change the way the game plays. It doesn't feel different. You will get used to it rather quickly. It didn't really even take an hour to get used to the downscaled numbers. もちろんね、ギュッてこう圧縮されてるから、ちょっと過去のコンテンツで IL ゴリ押ししてたみたいな時は、どうしてもこう上昇幅が小さくなってるんで、ちょっとその前よりは硬くなったなこいつらみたいなのはありはするけど、そのレベル90とかのコンテンツとか、レベル80以降の今回、エンドウォーカーで実装される ID とか、晩神とか行く時には、なんかファイジャーのダメージなるほどね、デノミしたから小さくなったなと思ったぐらいで、あとはもう何にもわからないんで、そこは本当安心していただいて大丈夫だと思います。Of course, with the reduction of the values in some places where you just pressed on with the item level, because there is such a broad range, you might feel that some of the enemies are a little bit tougher, as in like it might take a little bit more effort to get through and deal enough damage, but looking at the content that's aimed for level 90 or anything that's beyond level 80, the instance dungeons or the trials, the primal fights, of course you'll physically see the numbers come out, and like with Fire 3, oh yeah, downscaling, I do see the numbers kind of come down, but again, you get used to it, and it's not like, it's not devastating, so to speak. なので過去のコンテンツに普通に IL ゴリ押しで
なんだっけ、制限解除じゃなくて、はい、IL のギリギリ強いやつで行った時には体感やっぱり今までよりはその伸びが抑えられてる分だけ相対的にちょっとやっぱ硬く感じたりはある、まあそれに合わせてちょっと報酬の付け直しとかは今もまだ検討してるので、はい、ただもう本当80以降とかやってると何も変わらないです本当に。はい。Just to reiterate, like if you do go into some of the past content and if you don't go into it unsynced, or no, if you go into it unsynced, because it has been kind of compacted, it might feel like it takes a little bit more effort to get through to some of the enemies, but again, with content that is level 80 and higher, you don't feel a difference. でまあなんでやるのっていうところなんですけど、はい、やっぱり今まで、まあ、本当にありがたいことにここまでそのファイナルファンタジー14皆さんの応援もあって長く続けられてきて、さらにこの先もあと10年はもう全然やれるだろうと今思ってるんですけど、やっぱりまだそのあたりがわからない、その僕らもなんていうの、どこまで続けられるか勢いでって言ってた時にこうやっぱアイテムレベルの上昇によってプレイヤーが強くなるっていうことを結構こう、大きくつけてきてたところが、今このペースのままさらに進んでいくと本当にもう数字がめちゃくちゃな桁になっていき、もうバグを引き起こしたりとかヘイト管理がもう、まあ、今ですらもう破綻してたり実はするので、この先10年もまたこの成長を続けていくために一旦なんていうの、レベルの低い側をこうギュッとちょっと数字を縮めさせてもらって上のこう成長をしっかりまた作っていきたい。でこれは仮にもし14がこの先10年やったらまた8年後とか9年後とかにもう一回またデノミネーションさせてくださいっていう日が来るとは思います。なのでこれはもうどちらかというと皆さんによりさらに長い期間14を楽しんでもらうためにやらなければいけない。あと10年って言ったら40近くなるのか。はい。You may be wondering why we're downscaling, but you know, looking at just how many people are joining us at this point, and we're still growing, so we're looking at another 10 more years potentially, and so considering if we continue at this pace, will we be able to sustain ourselves in the coming 10 years after here? And before, we didn't know how far we can go. We didn't know just how long we can continue running Final Fantasy XIV. So with the concept of the item level making the player stronger, we've kind of 正直もう出飲みしないとなって書いてあるけど。 the rate at やめて which くれ。 players become stronger has kind of it was at an accelerated pace. So with the numbers growing really large and keeping at this pace, we will start to see numbers kind of interfering with some of the formulas and calculations. The numbers will look ridiculous with the additional digits. The management of aggro gets to be a little difficult, and the formulas that work in the background, it's actually already causing some trouble with such inflated numbers. So we want to take this opportunity to kind of compact it, kind of bring it down to size, so to speak, so that we will have more room to continue growing upwards. And so we're hopeful that this will allow for us to leave room for growth. And maybe 8 years down the line from here, we might once again come back and say, okay, we'll need to downscale again. But again, we're trying to look into the future. We're trying to make sure that we're leaving enough room for growth so that players can continue to enjoy Final Fantasy XIV for as long as possible. So some people might be discouraged about the thought of downscaling, but please understand we are trying to do this for the betterment of the game and to make sure we're looking into the future as well.
インターネット老人会。で、このデノミネーションのさらに、続きがあってですね、人数制限解除の時どうなるのっていうところなんですけど、超える力強っていうのがかかります。So there's still more in terms of the downscaling. People might be wondering, so what if you go in as an undersized party? Well, when you're using an undersized party, enhanced echo will be applied. まあこれまでにできるだけ近いバランスになるように、新しく作ったシステムなんですけど、これコンテンツレベルがいくつかによってこの超える力強は自動的に強さが変わるっていうものなのでちょっと説明は難しいですけど、なんとなくいくコンテンツに合わせた超える力の強いやつがかかるんだなと思ってもらえればいいかなと思います。So it says here, enhanced echo effect will be applied to bring the difficulty balance in line with previous patches, and enhancement strength will vary by duty level. So basically speaking, whatever content you go into, the enhanced echo should allow for the power level to be like matched to make it appropriate to what it originally was, and make it in line with previous patches. で、さらにですね、獲得経験値もものすごい桁になってきたので、経験値も周りもデノミネーションしてます。で、これに伴って今後も数値調整が非常に厄介になってくるので、ちょっとダンジョンの道中、モンスターここから経験値払い出してたんですけど、ボス討伐時に一気にまとめてその分お支払いするっていう形に変えさせていただきました。And then with the experience points that are gained through battle become very inflated as well. So that's being adjusted also. And with that, whenever you go into a dungeon and there are like enemies, like mob enemies or like trash mobs that you go through, previously we would allow for EXP to be gained whenever you defeat each individual enemy, but we are going to be adjusting it so that あ、そっか、そうなると途中抜けが減るのか。the dungeon boss, that's when all of the EXP will be awarded. プレイヤーの皆さんが損するようなことにはしてないので、そこはご安心ください。But of course, rest assured, it won't be disadvantageous, so to speak, for the players when you're going through a dungeon. So, yeah, there's no need to worry there. むしろ ID の経験値は今回もそのデノミネーションとは別に、ARR からシャドーブリンガーズまでの、成長曲線、経験値のもらえる幅とかは全部新たにレベル90がキャップっていうところに合わせて全部またカーブを調整したので、全て複数ジョブ遊べるぐらい結構綺麗に調整したので心配しなくても大丈夫です。With the experience points that are gained in these different instance dungeon has been revisited. We made sure to look at the growth curve across ARR all the way through Shadowbringers, with keeping in mind that the new level cap is going to be at level 90. So we've adjusted the curve so that it is appropriate for that span, and should allow for you to play with multiple jobs. So please rest assured there as well. はい、ありがとうございます。大丈夫ですかね。はい。といったところで第2部終了。はい、第2部はここまでとさせていただいて、もう一度、休憩を挟みたいなと思っております。So now we conclude the second phase of today's life. でも結構終わり見えてきたね。そうですね。はいはい、で、ここからですね、また20分ほど休憩をいただきたいと。あ、20分いる？いらない？俺は10分でいい。あゆみさんどう？ 10分休憩にします？ 10分で、大丈夫ですよ。はい。では10分で10分休憩になりまして、休憩の間皆さんお暇でしょうと思いまして、ですね。動画3本ご用意しております。一つ目は、休憩ってなんだよ。先日ありましたね。ファンフェスの思い出動画ご覧になってない方も多いと思いますので、ファンフェスの思い出動画を、
ご用意しておりますのと、うん、あと先日、ご紹介しました料理本を紹介する動画っていうのがございまして、こちらも合わせて、ご覧いただきつつ、あとですね、最新のサントラ、デス・アントゥ・ドーン。デス・アンコドーン。あ、じゃあ、これは。こちら、最近リリースされました。こちらの MV がございます。マジでだ。3本合わせてご覧いただければ、休憩もちょっとできていいんじゃないかなということでございます。So now we are 休憩もできて、いや、だから休憩とは。And then we have some video. One is the memories from the last farm festival, and then introduction of the cookbook, and then new music video for our latest soundtrack, This Until Dawn. はい、それでは今から10分休憩で。よし、俺もちょっとタバコ吸ってこよう。コメントを拾いながら進行しようと思ってますので。これ見たい。見ながらちょっとめっちゃ辛いやつだね。ちょっとこれ見ながらタバコ吸ってくるわ。怖い。行ってきます。ぜひですね、笑顔で上に上がっていただけると助かります。とりあえずオズまでないと思っていただければ。皆さんで一緒に思い出を、いつか共有できるようになればと思いますので、一緒に楽しんでいただければなと思います。どれぐらい時間かかって半年ぐらいやってます。はい。Hello。もやしです。ゲームっていうエンターテインメントは人の心も救えるんだなっていうふうにすごく思いました。次のハンフェス目指してまた頑張っていこうと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。はい。
もっとちゃんさん、Twitter をご利用の方はフォローをしていただきますと励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。よいしょー。すげえな。YouTube も Twitch もコメントが絶えねえよな。クラフト上がるの早いな。どんどん上がってく。いやー、この曲は
めっちゃいい曲じゃないですか。あれ？あ、みこしがねえんだ。そういうことか。そっかそっか。上か。めっちゃいい曲だよな。はい、お待たせいたしました。ファイナルファンタジー14第66回プロデューサーレターライブをお送りしております。ここからはパート3第3部をお送りしていきたいと思います。We are back here again, and then thank you very much for watching the Final Fantasy 14 Letter from the Producer Live, number 66. Now we are entering the phase 3, final phase of today's program. 5時間。はい。経過しましたが。あさあ、行きましょうか。はい。今日は第3部はですね、その他いくつか今日ご紹介しておきたいアップデートがありますので、ご紹介していきたいと思います。まずこちらです。ドン。First of all, HQ アイテムを削減いたします。削減。we will be removing ほう。 HQ items. ですね、ではどういうことかというのをご説明していきますが、まず一部 HQ アイテムの排出を停止します。で、主にギャザラーの採取などで意図せず HQ 入手してカバンがとにかく圧迫されていくっていうことが多いので、HQ をごそっと減らそうと思います。So diving into what exactly that entails, basically, certain items will no longer be obtainable as HQ high quality. This is basically whenever you're gathering materials or whatnot, sometimes you unintentionally procure HQ items, and so that kind of puts a lot of pressure on inventory. So we wanted to kind of combat that inventory bloat. So we've just decided we would do away with some of the HQ items. ではまとめを作ってございますので、まず排出が停止される、HQ アイテムから見ていきましょう。ギャザラーが採取可能なアイテムからは全て HQ がなくなります。それから敵がドロップする素材も HQ がなくなります。で、トークンで交換できる素材もなし。で、その他、特定のコンテンツで獲得できるクラフターが制作できない素材に関しては、HQ が一切排出されなくなります。So we created summaries for this also. So first, we would like to go into items that will no longer be available as HQ. Basically, gathered items, enemy drops, materials that are exchanged using tokens, and non-craftable materials obtained from certain content. So stuff that crafters or disciples of the hand cannot create. で、HQ 自体は排出は止まるんですけど、削除は
その皆さんが手元に持ってるものは削除はしないので、ああ、そういうことね。手元には残るんですけど、ゆうきさん、制作時のこれいろんな意味で相場変わりかねない調整してない？納品時ボーナスとかまあ変わるだろうね。しまうので、出品トレードする場合は比率を下げてですね NQ にしていただくようお願いいたします。So of course, with HQ items no さん、 longer 考慮 being し dropped, then that being said, whatever you already had on hand will remain. So let's see, you won't be able to these items won't it won't increase the crafting quality, nor will it まあ provide 相場変わろうが bonuses whenever you プレイする人にとってやりやすくなるっていうのが一番大事なんじゃないかな。おそらくその上での調整ってことじゃない。 when you are going to be like selling these items, HQ items will no longer be able to be sold via the market board. So you would need to reduce the quality down to NQ in order to sell it. あ、作らんきゃダメなのか。じゃあ提出されない HQ アイテムは何かというと、クラフターの皆さんが制作可能なアイテムっていうのは引き続き、ノーマルクオリティとハイクオリティっていうのが存在します。で、中間素材に関しても、同じです。あとは装備品、完成品ですね。はい。っていうのも HQ、NQ 残ります。Now, for items that will still be available as HQ are crafted items. So those will be available in both NQ and HQ. This also includes the intermediary materials, gear. The crafted gear, of course, will be available as クリスタルがね。as well. まあとはいえ、じゃあどうなんのっていうところなんですけど、次言ってもらえますか？はいはい。こちらクラフターの制作可能なアイテムと中間素材。それから装備品っていうのは 6.0 以降もそのまま変わりません。So for the items that are still going to be available, the functionality will remain unchanged even after the release of Endwalker. そしてですね、続いてこれによってですね、HQ がなくなることで最終に関わるギャザラーの能力とかどうなんのっていうのを全部見直しをしてます。で、主にこれらは、取れる個数に影響を与えるものに全部変更しています。So actions and attributes that affected HQ yields when gathering will be adjusted, primarily changed to affect item yield. なので、装備を整えていくと1回で取れる個数が増えるっていうことです。So in other words, before you would some of the abilities and actions would allow for you to gather HQ materials, but with this update, those abilities have been adjusted so that whenever you go in with the proper sort of preparation and gear, it will affect the number or the quantity you're able to sort of gather. HQ で作んなきゃダメって言ってたよな。量子に関してはHQ じゃない別のパラメータを用意します。はい。And for fishers, there will be a different sort of parameter that's not HQ. やっぱね、釣った魚がね、大きい小さいっていうところは釣りのね、一つのポイントでもあったりするので、はい。Of course, with fishers, the size of the catch definitely affects what you gather. So that's definitely being kept in consideration. で、これらによってですね、条件達成時に HQ の条件があったりするクエストとか攻略手帳とかアチーブメントは全て見直しを、6.0 に合わせてかけております。So quests, challenge log entries, and achievements requiring HQ items will be adjusted. なのでもうそのアクションの効果だったり引き具合だったりクラフトも同じですけど、はい、もうこれによって影響するすべては再調整を全部に対してかけておりますので。漁師のペーシェンスはどうなる？ HQ なくなる関係で釣り結構変わるから。この先10年っていうことを考えたときにこ
ここで一回全部スリム化をしておいて、ということの一環でもございます。ペーシェンス。なんだっけ So with anything that なんかあったな、ペー involves, シェンス。 the 押してるとは思うんだけ HQ ど、 items that will 毎回 become 忘れる no っていう。 longer available. So any actions, effects of actions, crafting, anything that is affected will be adjusted. Again, this is in preparation for more longevity and to look into 10 years beyond the release of Endwalker, and we wanted to kind of streamline ギャザラ利益 things かなり減る at な this とか、 でこれこれらははちょっと経済影響もあるので、悪作だなって言うけれども、新規は少なくともやりやすくなるよな。プロデュースされたライブの方で細かくどう変わるのかとかいうのを、新規いなかったらどう考えても無理だもんな。ぜひそんなもんそちらをご注目いただければと思います。わざわざ新規にやりづらい This 仕 will 様に affect the economy of してってなるとな。 in-game. So we would like to go into further detail and make sure we are covering and explaining what is all involved in detail. So this ま will あ be そういうや covered つらもいる in ってこ the とやな。 next letter from the producer live, which will be done immediately before the release of Endwalker. はい。こちらに関しては以上かな。はい。では続いてメディアツアーが始まるので、ちょっとその他にもいろいろお伝えしておかなきゃいけないことをどうやったっけな。リュウキさん、でも虫釣り調整自体ではきつくなるぞ。まあ次どういう風になるかだよな。いいですよ言って。テレポと市内転送網へアップデートがございます。まず一つ目はですね、テレポの消費ギルの変更。ああ、はい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 。So of course, with the media tour coming up, there are still some more information that we would like to share. This next update, I would like to make sure you're seated and just be calm when you hear this. But we would like to make an update and adjust the teleportation fees. ですね、今回両月のフィナーレではですね、光の選手の皆さんついに月へ到達するということが発表されておりますが、このまま世界が広がっていくとですね、ほぼ全てのテレポが999になってしまうので、今後の拡張に合わせてですね、消費ギルの計算式を全て見直しをさせていただきました。Of course, with Endwalker, we are taking to the moon, and our world is expanding yet even further. So, でもこの話なんかちらっとは言ってたよな。 our teleportation fees, our max is at ここでちらっと言ってたよな。 So, sooner or later, most of all of the locations we need to teleport to will cost 999 gills. So, considering we would like to make sure that we are laying the proper foundations for further expansion. Another one of the elements that we looked at is the guild that is required to teleport to different locations. まず現状999ギルというキャップがかかってるんですけど、キャップを一回外してます。Of course, the current cap on the teleportation fees is 999 gil, but we are going to remove that upper limit. 値上げきたー。だいぶ計算的にはそうなってるんですけど、今飛ぼうとしてるところからその、テレポート先の距離に応じて価格が変わるっていうのをやってるんですけど、そこをさらにちょっと調整した結果が、こちらになっております。So we are going to adjust or we've already had the calculation set up internally. So it is measured by the distance from point A to point B, or where you want to get to, and the fee is calculated according to the distance. よしよしとかって書いてある。 Right now, of course, there's a sorry, there should be another element of the PowerPoint, but it's going to be adjusted as such. 結論から言うと、まあそのキャップを超えて1000ギルを超えてるところもあるんですけど、安くなってるところも結構あります。結果的に、まあ、そっちにね目がいっちゃうんですけどみんな。はい。
Of course, with the level cap being, or not level cap, the guild, the 字幕でジョン cap 駆使するし being か。 removed, you do see cost that exceeds 1,000 gil. まあ、つっ But ても、 because うん we そこまでじゃないね。 revisited and ご利用の recalculated 方 the は teleportation フォローをしてい fees, ただき you ます may と notice 励み also になりま that すの some of the で、ぜひぜひよろ locations しくお have 願いいたし become ます。 cheaper to teleport. 龍騎さん、これ、そうだよ、なので、メガネを見つつ、飛ぶ場所から距離が遠ければ、単純にこれします。これ固定うの値ん、距ではないので離だからってことでしょ。その言い方で通じるかな。So these fees will fluctuate depending on where you are and then where you're teleporting まあ、 to. 若葉にとってど It's うかっ not て a ところだよ set な。 number, like なん it's かあ not るの going か to な be わからん expensive け to ど。 fly to certain regions, 俺ばっかりは実際 regardless の of where you're coming from. 金額、どっこれからの距離今リストかとかって。が出てるのは、東ラノシアのコスタ・デル・ソルからテレポした場合です。はい。のリストです。So these numbers, please don't get hung up on the numbers. This is only measured from, we're flying out of Eastern Lanosia from Costa del Sol. まあでも、なんで龍騎さん、通じるにしてもそれにしてもクナネの距離よ。ここしか開けてないからなんだよ、9エリ。そうなんです。People are wondering, well, why FC 加入 Lanosia? 必須 Why the Costa del Sol? Well, that's the place we've opened up for the media tour, so that's why. なので、主要になるクガネっていくらぐらいなの？コスタからクガネって普通は。とかで安くしておいて、そこへ中継してから飛ぶとめちゃくちゃ安くなったりするんで、ちょっと工夫をすると全然このギルかからなかったりするので、そうしていただけるとありがたいですね。So because the fees will fluctuate depending on the distance, you might want to ああ、 have 無料一 like 箇所増やしてくれ favorite みたいな意 point 見は or 出てる a ね。 location where you can teleport to for free, and then use that as like a connection point to get to whatever location it is. 龍騎さん、キャップ例えばですけど、はつけても今これクリよかったやん。スタリウムが498ギルになってるんですけど、クリスタリウムまで飛んでしまうと、レイクランドまでは100いかないぐらいですかね。でもそうだね、キャップあってもよかった気はするけれども。なので、近いところはめっちゃ安くなります。So for example, say it costs about 408 gil to fly over to Crystarium. Once you get to Crystarium, Lakeland is right there, so it's cheaper than 100 gil. So again, it kind of depends on the distance. クリスタリウムが安い理由はですね、クリスタルタワーの位置を考えてるからです。クリスタルタワーから転送されるっていうことを考えると、なるほど。はい、クリタワーからは0円じゃないですか。なんでクリタワーまでの距離としか見てないんで安いんですよ。はあ。So the reason why it's cheaper is because, well, it's looking at the Crystal Tower as like the 世界中にクリター立ってない and。so if you consider the distance, it becomes very cheap. Like you're not teleporting too far. なのでまあ節約されたい方はちょっとルートを考えてもらえると良いかなと思います。ちょっと4桁インパクトがでかいんで、すげえ値上がりしたって見えるんですけど、実際この計算式によって安くなってるところも多数あるので、安くなるパターンも多数増えてるって言った方が正しいかな。はい。エミルさん、 So 評価 again, の you 上がり might 下が want り to 激しいですが consider the routes that you're taking in order to save gil when you're teleporting. I know looking at a 4-digit 龍騎さん、 cost じゃ for あ、せめ teleporting て、 seems クラ like a ネだけは lot. どうにかしようよ。 But って考えると結局上限あってもよかったのかなっていう感じになってくるね。 it should properly like calculate out the sometimes the distance, depending on the distance, the cost would be cheaper than it originally was. So 突き落とすかって。まあちょっとこれに合わせて言っとくと転送チケットあるじゃないですか。はい。まあ、次回でお伝えしようと思ってたんですけど、転送チケットもちょっとオプションが増えていて、この値段以上だったらもう勝手に使ってくれ。これ以下は使わないでくれみたいな、なんか細かい設定ができるようになったりする。ああ、はい。そういうことね。but that
also kind of affects the teleport tickets. We're going to save this for next PLL, but there's going to be different options for your teleportation tickets. Like it's some of them might be like free for use within any range of distance, or some of it is like this for a certain other distance. So there's also going to be like in consideration of these fees being recalculated, the teleportation tickets are also going to be affected. でせっかくの機会なのでちょっとコメントを見ていると最近始めた方とか、MMO が初めてっていう方もいらっしゃるので、どのちょっとコメント見ててもそうなんですけど、そもそもなんで金取んだよっていう方が結構いらっしゃるのでちょっと説明をしておくと、まずシステム、こういうそのギルをこういただくのってシステム側がギルを回収するっていう言い方をやっぱりします。これは僕も MMO 他のゲームも遊んでる時にギルっていうかお金回収されてんなみたいな、まず一旦そこまでお願いできます？ So looking at the comments, and it might be because there are people who just started playing an MMO, but I do see that people are wondering, so why do we even charge a teleportation fee? So allow me to explain. With this system, of course, there's an element where we're sort of collecting gil. で、モンスターを倒したりとか何かコンテンツをクリアしたりすると、ギルがシステムからこう払い出されてると思うんですけど、こういうギルを皆さんから回収させていただく場所を作っていかないと、皆さんの中のギルがただひたすら溜まっていくことになるんですね。で、プレイヤーの皆さんから見たら、いや別にギル溜まっていくことでお前らは何が困るんだよ、なんで減らすんだよってなると思うんですけど、これみんなが超絶お金持ち、ギル持ちになっちゃうと、結果マーケットの流通されるアイテムとかがどんどん値上がりしていくんですよ。高騰、いわゆるインフレーションしていってしまうので、インフレーションを抑えるためにもやっぱりシステム側で回収させていただくギルっていうのはとても重要です。はい。So for example, so we need a system where we're collecting gil from our players or from our residents of Eorzea, and then this system kind of collects the money because when you're defeating monsters, your enemies, they would drop some gil and you would collect money, and that's where the system is actually paying back the players. And so there needs to also be a system where the system collects back the gil, and there needs to be that flow of back and forth of currency between the players and the system, because if things just spat out gil and we just became all gillionaires, sure, from a player perspective it's fine, but if you look at the in-game economy, like the market boards, the pricing will become very inflated. And so as part of trying to keeping that inflation down, there needs to be a means in which the system collects the gil from players at certain times. で、コメントでね、もう別にもうインフレしてんだろうよ、今更っていうのもちょっとあったんですけど、逆なんですよ。これやってきてもなおやっぱりインフレーションしちゃってるので、やっぱりそれをやらなかったらもっともっとインフレしてるんですね。なのでとても重要なので、本当に皆さんには申し訳ないんですけど、やっぱこういうところでシステム回収させていただくっていうのが長くやっぱり MMO っていうゲームを運営していく上でとても重要なので、すいません、ご了承ください。And of course, I also saw comments that say, well, prices are already inflated. It seems like everything is, the pricing is all inflated. But it's actually, this is despite the fact that we're controlling it with having the system collect gil from our players. So if we didn't implement any sort of system where players are spending gil, it would, pricing, or the market would be even further inflated. So it is, again, very important that we have a means for the system to collect gil from our players. So again, it might be something that could cause some frustration, but
it is a necessary means, so I hope you understand. 最後に、はい、そもそもじゃあこのテレポ代どこ行ってんだよというか、なんで金かかんだよっていうところなんですけど、昔説明したことあるんですよ。ありますね。このエーテライト網というのはですね、まあ皆さんのエーテルをこう転送する高度な技術が詰め込まれておりまして、これが正常に動作しなくなるとですね、皆さんのエーテルが漂って飛躍を漂って帰ってこれなくなってしまったりするんですね。なので欠かさず皆さんのには分かんないところで結構メンテナンスをしてるんですよ、この世界の人たち。でそのメンテナンスにお金がかかるのでいただいてるっていうことになってます。はいですね。And I think people are still wondering about, well, why do we even collect a teleportation fee? So this is actually something that we've explained in the past, a long time ago actually. So the Ethernet, as we call it, is only working properly because of the proper maintenance, the regular maintenance that is being done for the network, or else people might end up getting sucked into the ether and drift along the live stream. So this maintenance costs a lot of gil to do. So hence we do require for residents of Eorzea to pay a teleportation fee. まあ実はねこれよう言うわみたいな感じに思うでしょ。ついにオールドシャーレアンでですね、エーテライトを作ってる人たちの施設が出てきてですね、なんか内情わかりますんで、ちゃんとゲームリリースをされますんで、ご注目ください。60。はい。And some people might be skeptical about this. And 内部実装って。Making this up, but I mean, we're traveling to Old Charlian with Endwalker, and those are the people who have created this Ethernet technology. So perhaps we can get more insight into the background and how these Ether travel is implemented. はい。じゃあちょっとテレポはこれぐらいにして、まあ、これは見ていただくしかないかなと思うので、あとメディアの皆さんとかレポートをしてくださると思うので、そうですね、そちらをご確認ください。あともう一個都市内転送網のアップデートについてお知らせしておきます。So first, I think that covers the teleportation fee. The media tour is going to happen soon, so I'm sure some of our media and or influencers will be picking up on that in their coverage. Next up is teleportation and Ethernet updates, and so the Ethernet updates. じゃあちょっとユーザーインターフェース画面に出しちゃってください。あれ？こんな感じでございます。まるっと新しいインターフェースになってます。So the Ethernet UI, あ、本当だ。 as you can see, has been updated significantly. へー。これどうなってるかというと、とにかく今までのリストだと分かんないんですよ。一応カッコでこの辺とか書いてるんですけど、まあ、実際どこだよっていう。でちょっとゲーム画面出しちゃってもらえますか。はい。実機です。まあただワンクリックっていうか増えはするんですけど、今ウルダ派です。地図が右側に出ます。開けば。でこうどこそれどこっていうのがクリックするとですね、右の地図が変わります。As you can see, the UI shows a list of the different locations. Previously, it was just a list of text. And I mean, we did put like parentheses and kind of show where it sort of is, but it is very hard to tell where exactly you're teleporting to within a particular town. And so with this updated UI, when you click on one of the items on the list, you will see that there will be a map displayed to the right of it. So you can see where exactly you will be teleporting it, to. So for example, we are in Ulda right now, and we're clicking on the different locations, and it would kind of pop up on the map on the right-hand side.
まあ、なぜもっと早く作らなかったのかとかね、最初からこうすれば、まあもちろんおっしゃる通りなんですけど、大変なんすよ、こういうのを作るの。まあ本当お待たせしたんですけど。はい。And I'm sure some of you are saying, well, why didn't you do this sooner? I wish it was like this from the beginning. And apologies for that. It is quite an undertaking to do something like this. So it has been a long time coming, but we will be finally implementing this. で、これ、まあ選んで押せば、もう一回ね、転送されます。So you're going to have to double click if you want to, if you've あ chosen where you あ、ありが want てえ to よ go. な。でも、めちゃめちゃやりすかなんだ Yeah, もん。だ once って、 you てってになるん gone だ in もんね。 place, then you are teleported to 初 that 心者もわかりやすい particular もんな。Aetherite shard. でこの辺なんだよなっていう場合、こっちだとワンクリックで地図上の火炎エーテライトをワンクリックすれば飛べます。へえ。And then you can also teleport directly to a particular location if you go into the map and click on the sort of simplified icon of the Aetherite shard. これで、迷うことはなくなるのではないかと。We're hoping that that would alleviate any people getting lost on which Ethernet location to jump to. はい。ということで、都市内転送網のアップデートも合わせてお伝えいたしました。はい。さて、今日お伝えしておきたいその他のアップデートは2つございまして、はい、まず1つ目なんですが、今自動ログアウトが、入ってます。30分で、これによってちょっと一部の、主釣りに影響が出ているで、なんとかしますという話をさせていただいてたんですが、漁師の直感の発動に必要な魚の釣り上げ数、今何匹釣ってるっていうのがログアウトしても、データとして保持するっていうかなりスペシャルな対応をさせていただいたので、すいません、かなりスペシャルな対応だったので 6.0 じゃないとちょっとやっぱり間に合わないというか入れられないので 6.0 からこうなりますので、すいませんがちょっと我慢いただけると助かります。So there are a couple more updates, miscellaneous updates that we wanted to share with you today. One of which is it affects the fishers out there who attempts to catch the big fish. Now, as of 5.58, we implemented an automatic logout after 30 minutes of inactivity, and I know it affected a lot of you fishers out there who wanted to maintain fishers' intuition, and I wanted to do something about it. And so our solution to that is we are going to be making adjustments so that progress towards fishers' intuition will remain even after logging out. So the count of how many fish you have captured for a particular big fish will be saved as like data, even if you log out. It's quite a special or like a unique adjustment that we had to make. So I'm afraid it won't be implemented until the release of the expansion. But yes, it will be updated as of 6.0. 自動ログアウトがね、まだ継続かっていうちょっとお声もあるかなとは思うんですけど、全く外せるようなすいません状態ではなくてですね、おとといが最高人数、昨日がまたさらに最高人数、これがまた全リージョンなんですね。北米もそうですし、ヨーロッパもそうですし、日本もそうです。やばすぎでしょ。ずっと毎日すごっ。数を更新し続けてるっていう状態で、本当申し訳ないんですけど、本当ね、半導体さえなんとかなればなんですけど、ちょっとワールドも今足せない状態なので、すみませんが続きます。で、当然これ 6.0 来てからもよりだと思うので、申し訳ないんですが、ご迷惑をおかけしますが、よろしくご理解のほどお願いいたします。
And with that, I think people have already surmised that, oh, automatic logout is still going to stay in effect even after the launch of the expansion. And I'm afraid it is. I'm afraid we're not in a position to sort of remove that restriction yet. We are still recording record number of logins, simultaneous logins. So, and this applies to all of our global regions, North America, Europe, Japan as well. And we're continuously sort of breaking our record of people who are logging in on a daily basis. So I'm really sorry. If there's a way that semiconductors became more readily available even in this situation, until then we are unable to add additional worlds. So and I think with the launch of the expansion, we anticipate more people coming in. So again, we really apologize for the inconvenience that this may cause, but yeah, I'm afraid we will have to continue with this automatic logout and whatnot. So your support is definitely appreciated. これに付随してですね、もう一個これはもう本当に申し訳ないのですが、お知らせがあってですね、ちょっと混雑、その 6.0 へ向けてのちょっと混雑の対応を優先して、サーバーの性能を上げたりですね、ダウンしないように対策をしたりっていうので、今サーバー班全員がそっちにかかりきりという状態でして、ちょっとやっぱり今のタイミングでデータセンタートラベルを開けてしまうと、さらに 6.0 でかなりやばい状態になりそうだということで、ちょっと 6.0X 以降にちょっと延期をすいませんさせてください。コウキさん、仕事で PLL 見れてなくてツイッター見たら、お、見た？いいじゃん。でも一気に変わったね、召喚。Address the server congestions. We do want to focus on sort of alleviating the congestion and also helping with bolstering the performance of our servers so that we won't experience any disconnections or servers going down at the time of リアルサバ爆発。まあしょうがないよね、データセンタートラベル。コウキさん、進捗アルテマって言われてました。We will probably not have the data center travel until this 6.x and beyond. まあちょっと生カメ切り替えてもらって大丈夫なんですけど、まあ SNS でね、やっぱりこの機能を発表してから、そのデータセンター、論理データセンターが違うところで遊んでるお友達同士がね、会えるのをすごい楽しみにしてくださってるのを、いつもまあ拝見していて、なんとかそのまあそれが来たら会えるね。まあでもそれが目的で僕ら頑張って作ってきた機能なので、やっぱりなんとか予定通りにお渡ししたかったのは本当したかったんですけど、コウキさん、アルティマであれですけど、絶対やることになります。おお、いいね。このデータセンタートラベルで何か結構大きなそのものすごい人数が移動した時に起こるバグとかがあって、そのまま 6.0 でなだれ込んでいった場合、何かでサーバーダウンした時に何でダウンしたかがわからないとか、例えば復帰させるまでのその時間がすごいかかってしまったりとかする危険性があるので、今までのような拡張であればなんとかいけるとは思ってたんですけど、ちょっと今回はかなりリスクが高いということで、すいません、僕の判断としてちょっと先送りをさせていただきました。コウキさん、全員身内で6人クリア済みの私ともう1人が初めての感じです笑い。でもいいんじゃん、やっぱ慣れてる人がいた方が本当やりやすくなるもんな。あ、やべ。クエスト大きいところ忘れた。Deliver on data center travel as originally planned, but I'm afraid with this current situation and
having data center travel available at the time of expansion launch, and thinking about the potential risk of a severe influx of people coming in, not just for the expansion, but people moving around within their regions and visiting each other. 友達いないしいいよ。 Data centers within each regions. Say, for example, God forbid, there's some kind of bug that happens at the launch of the expansion, and it gets carried over into the servers. And what if the server went down? We would have a very hard time identifying what causes, まあここまでなるとはね。 the bug. Is it because of an influx of people coming in from the different data centers, or is it because the influx of just the sheer number of players that are joining new? And it's going to cause confusion. And say if the server went down for some reason, 今のレベル上がらんかったよ it might take な us。longer than anticipated to get it back up online. And if this were any previous, like lesser of an impact, or if it had been previous expansions, we may have been able to take the risk. But I think it's just right now it is a bit too much of a risk. いやめっちゃ待ち遠しいよ。 Apologies again. This マジ is a で。 Yoshida decision that we don't want to endanger us with this potential risk. So apologies. We've decided to kind of postpone the opening up of data center travel. まあ、オセアニアデータセンターに関しては、まあもう完全にオセアニアというか、まあ物理データセンターで閉じてて、機材もそう遅れはしたけどギリギリ揃ってるので、以前公開したスケジュールから今大きくは変わってないです。それはもうどちらかというと既存のプレイヤーの皆さんにあんまり影響を与えるものじゃないので、まあ大丈夫そうです。はい。As for the oceanic data center, we are still pretty much on track for that one. It's a physical data center that we will be opening for that. So, of course, it was a struggle to get the necessary equipment shipped over and whatnot, but we don't have any significant impact or changes made to plans for the oceanic data center, thank goodness. And that shouldn't hopefully affect the existing players anyway, so. まあちょっとこれに関連してよくこの手の話をすると、最近ねクラウドを試せみたいなコメントをね海外でもちらほら見るんですけど。目にしますね。And related to that, I've been recently seeing more and more comments, and this is not just in Japan, but I've seen comments from the West as well, about, well, why don't you try out cloud? まあ我々14チームが、まあ、当然言ってないですけどやってないわけはなくて、実は2年前ぐらいに2年以上前か1年半ぐらいかけて、超でかいところと一緒にやってたんですね、実証実験は。実は1年ぐらいかけてやってました。So, of course, as Final Fantasy 14, we of course we have tried exploring cloud gaming, and we have already been looking at it. I think it's already more than 2 years ago, and we spent a fairly hefty amount of time, a considerable amount of time, 1.5 years to test the cloud technology with a fairly major partner. 実はですね、やっぱり一番のボトルネックは、まあ結論から言えば、どうにもならなかった。かえってサーバーコストは上がるし、ちょっと安定性っていうところもちょっと担保できなさそうだったので、現時点では。なので結論から言うとNG になってます。And there were bottlenecks, but just long story short, we couldn't really make it feasible, make it make sense to us. With the different assessments that we have done,
will have cost us more in terms of server cost. Stability would not have been like guaranteed, and various factors led us to sort of forego or just consider this a no-go opportunity. まあ、ただ言っとくと、ゾーンサーバーと呼ばれているものの処理とかは、いけることが逆に言うと実証できたんですけど、ダメなのが、僕らがものすごいプレイヤーの皆さんのデータを超高速に安全高く扱ってるデータベースサーバーが、あまりにも超高速に動作してるがゆえに、こことのつなぎがもうどうにも速度が出なくて、ここはもうでも解消しようがないんですよね。オーバースペックなんですよ、そういう意味だと。はい。But of course, through the extensive testing that we did, we were able to find out that zone servers can be sort of supported by cloud technology. That what was a bottleneck for us was the database server, which is a very high processing speed and high security, and because that had such great like speed as well as security, it's just connecting the zone server and the database server and having enough speed to connect those two was not feasible. And it was kind of like not overqualified, but like it was an overspec on that end. So なので、やった結果として、僕としては覚悟を決めてですね、物理で、そう使えばいいと、もう早いし、安全だし、って思ってるんですけど、このコロナ禍で半導体不足がすごい出て、まあ、ただ早くね、皆さんに安定したものを届けられるっていうところがやっぱ物理の魅力なので、まあそこを当面は続けていくことになるかなと思います。はい。And so with the testing that we have done, that kind of solidified my resolve about, well, physical is better. In this case, it's fast, it's safe. Of course, we would love to continue providing stability and whatnot by growing and expanding on our physical data centers. But with the pandemic going on and with a shortage of semiconductors, これどうだ the situation could improve. I wish あれちょっと足りてねえ。マジか。But I think for the time being, we still want to stick with Oh my god. servers. はい、僕からのすいません、お知らせは以上となります。はい、ありがとうございました。Thank you very much. So this is actually a wrap of the third and final part of today's Letter Live. これで本日の、プロデューサーレターライブのすべてのコンテンツは終わったんじゃないかなと思います。で、今日お伝えできてないことがまだまだあるのはもちろん分かっているんですけども、そちらは次回の方で、5時間44分、まあ約6時間か。Another letter live as Yoshi mentioned earlier, and then what we could not discuss today will be discussed at the next PLL. ということで、ここからはですね、PLL これでおしまいなんですけれども、おしまいの前にいくつか今日もまた新しいお知らせ事項がございますので、そちらをみんなで確認して、終了まだあるのね。はい。So before closing, as always, we are having コーヒークッキー上がったな。Nice news announcement. So let's check it with you all, and then before closing. So では最初のお知らせです。画面お願いします。はい。東京ゲームショウが10月3日が意外と再来週2週間後に迫っております。So the first announcement is the Tokyo Game Show 2021. おー、そうかそうか。あれ、ヨシピー散歩だっけ And then we are gonna have, same as recent TGS stages, FF14 will have a program of Astro with Yoshi at Tokyo Game Show 2021 online. ヨシピー散歩 TGS2021 を10月3日日曜日の午後9時から、これ今年のスクエニの TGS 放送の大トリを飾るオープンが、ヨシピー散歩で、吉田さんが大トリなんだっていうのを堂々とやるという。いいのかね。This is the program will be
streamed on いいの online か on な。 October 3rd, 21 Sunday, 時頃。 Japan time, from 9 p.m. Japan time. で、今年なんですけども、スライドにあります通り、今回はオタク訪問スペシャルをやろうということなんですよね。So this time we are visiting a player estates. いやこれね迷ったんですよ、はい、なんか今回4層霊式4層やってないなと思ったんですけど、もうなんか超える力もめっちゃかかってきちゃってるし、はい、なんかまた大鳥になんかね、他の人が見た時になんでバトルのすげえの見てもなって思ってまだあった。僕のスキルマークッキー78か。ゲームミスりそうだし今回はいろんな人が見てくれるだろうということを考えて、はい、素晴らしい絵の数々を作っている皆さんにコンタクトをしてですねこんなすげえハウジングできるんだっていうのを渡り歩いていこう。So this, we really were torn about what to show during this TGS presentation. This is actually the last slot in the Square Enix block that were allowed by the organizers. Like, I thought about, well, maybe we could do the fourth turn of a Savage content, but I mean, this is a lot of like echo pressure here. This is the last presentation of Square Enix, and what if people looked at this like spectacular battle and then just not know what's going on? And with the skill set, with all of the 6.0 checks that I had to do, like my skill rotations are now like geared towards 6.0, so I'm worried about potentially failing on some of these rotations. And so given that a lot of different people will be watching this show, we thought about, okay, well, why don't we contact those people who have built these wonderful in-game estates and just show off this is the kind of housing and furnishings and decorations that we can do to our viewers. はい、ということでぜひどっちかっていうとコメント前半多かったの吉田ずるいぞ60スキル回しなんてって言われて素人なんだよPeople were commenting on Yoshida, you already know the skill rotations for 6.0. No, not fair. And I'm thinking to myself, but that's because I have to work. This is part of my work. Yeah, it's his job. 少なくともクロマは完璧である。But to say the least, Black Mage is I've got that Black Mage down to a T. So. Yeah. Okay. そしてですね、今年の TGS はなんとこれだけではございません。もう一つございます。次のスライドお願いします。来たー、ようやっと目的達成。サブキャラ1人目。当配信ではさまざまな棒読みちゃんの機能がご利用いただけます。概要欄をお読みになった上でぜひご利用ください。Not official Square Enix program, but this is done by TGS itself. So it's presented by the Famitsu, and there will be a special talk session with Mr. Hironobu Sakaguchi, you know, father of Final Fantasy. Yes, yes. FF の父、坂口さんと吉田さんが対談をすると。あらば。はい。足りねえな、お久しぶりなんですけど、ものすごく。はい。RPG の魅力と可能性というテーマで話してくれっていうことだったんで、まあちょっと緊張もしてるんですけど。朝ちょっと早めなんですけど、だいぶ早いですね。おそらく坂口さんが海外の、そうですね。多分時差だとは思うんです。はい。はい、ちょっと早めなんですけど、ぜひご覧になれる方は見ていただけるといいな。はい。Been a while to do a talk session like this. Well, I've been asked. The theme is the appeal and potential of RPGs. So I'm a bit nervous, and plus it's quite early in the morning for Japanese audience, but I'm suspecting it's because Mr. Sakaguchi is outside of Japan, so it's probably because of the time zones. But if you're interested, please feel free to tune in. Hi, and the good news is there will be a live interpretation. So, those who are English speaker players, please look forward to it. So, 同時通訳が行われるということを伺っておりますので。海外の皆さんもぜひご覧いただければと思います。はい、それでは続いてまいりましょう。So let's check the next updates, next news. どうぞ。
はい。It's about next letter live number 67. It's scheduled November 6th, Saturday, November 6th. お、11月6日。Starting 11 a.m. Japan time or Friday evening Pacific time. 次回の PLL ですが、67回は11月6日土曜日の、日本時間午前11時、アメリカ西海岸ですと、前日金曜の夕方夜7時からということになっております。ぜひぜひよろしくお願いいたします。With next PLL, we are going to cover various updates like discipline of hands and lands and system-based updates and new PVP mode. はい。次回はギャザクラ関連とか、システム関連アップデート、そして新しい PVP についてなどなど、こちらも盛りだくさんで。そうですね。バイリンガルでお届け。あゆみさんまた頑張っていただきます。はい。同じ今日と同じセットアップで。はい。Yeah, the next PLL should be same setup as today. So we are gonna have あゆみさん。あゆみさんよろしくお願いいたします。Thank you. I'll be joining in again. I'm sorry, European players. It's 2 in the morning. チームから次回も4時間ですねって言われたんですけど、今日の感じからすると嘘ですよね。多分5、6時間じゃないかと踏んでおりますが、皆さんもまたね、日本時間ですと土曜朝からですけど、ごゆるりとご覧いただければと思います。Yeah. The next one will be again. We are told it's gonna be like 4-hour streaming, but it's gonna take 5 or 6 hours maybe. Yeah, so you have to look forward to it. はい、それでは続いていきましょう。続いてのお知らせです。ジョブ専用武器デザインコンテスト、現在すでに行われておりますが、こちらの応募締め切りが10月4日までとなっておりますので、皆さん締め切り間に合うようにぜひとも応募お待ちしております。はい、お待ちしております。So next update is a weapon design contest, which is going now, and then the submission closes on Monday, October 4th. So please don't miss it. So we already have tons of submissions, from all over the countries. すでにものすごい量の応募作品をいただいておりまして、本当楽しみなんですけれども、引き続きよろしくお願いいたします。はい。はい。では続いて参りましょう。続いてのお知らせこちらです。こちらも、最近ご案内しましたが、コレクターズエディションのデジタルアップグレード 50% オフセールというのが9月30日まで行っておりますので、そういえば C 版持ってなかったわという方がお安くアップグレードできるチャンスですので、ぜひともご利用ください。The next one is the special sale. We are now having a 50% sale, collector's edition digital plays. The sale lasts until the end of this month, September 30th, so please don't miss it. ありがとうございます。そして続きまして、新しいお知らせですが、レイドコンピレーションアルバム第2弾の発売が決定いたしました。So the next update is a new album, new music album, Time and Again to Final Fantasy XIV Raid Dungeon Themes. ということで、こちらカメラ、現物がございます。3630円。へえ。はい。こちらですね。安いじゃん。こちらが9月30日発売予定となっております。This will be released on September 30th. はい。すでに今回できてますよ。This is the actual product. それはそうだ、月末に出るんですね。はい。中もあるんですね。はい。ということで、ぜひともご検討ください。よろしくお願いいたします。では続いて参りましょう。続いてはこちらです。行月のフィナーレメインテーマのレコード発売が決定いたしました。We want to introduce the Endwalker 7-inch vinyl single ということで、こちらも現物ございます。7インチレコードですね。カメラにしてください。はい、こちら。ね、こんなサイズにして。書き下ろしジャケットで。書き下ろしジャケットで。はい、中身もあるんです。いや、ブランディ一緒。ね、見せてもいいよって言われたんで、こちら、よいしょ。こちらも、これ本物。そうですね。
デジタルデータついてくるんで、はい、コレクターズアイテムとして別に買っていただいて、それでもいいですね。それでも全然大丈夫。はい。And there is a download code for a MP3 version of the tracks that are included. So even if you don't own a record player, you can still have the vinyl as a collector's item, and you can still enjoy the music digitally. で、メインテーマに関しては音楽の配信サービスでのリリースも今後予定されてるんですけども、ひとまずは LP で出ますよというお知らせでした。はい。Yeah, so the main theme itself will be available via subscription service, I mean digital online service in a later timing, but at this point, this is the news about the 7-inch vinyl, and then this will be available at the November 17th. はい、こちら11月17日発売で現在予約受付中ということですのでよろしくお願いします。You can make a pre-order today. はい、では続いて、実機からいくかい？実機ってなんだ？カメラからいくというか、ちょっと待ってくださいね。今ちょっとなんだ？大変なことになっているので、紙類大丈夫ですか？大丈夫ですね。紙類はもう別に売ってもいいんじゃねえか。実機じゃない、ごめんなさいね。実機じゃなくて実物。実機。はい、どうぞ。はい、カメラお願いします。売り物か。次はこちら。おお。ヤシトラ。見てこのサイズ。ね。Look how tall she is. でかい。これはですね、This is a new collaboration 欲しいな。with between high-end doll makers, Volks and FF14 で、ヤシトラがこちらボークスさんでさまざまなドールの比較製造を手掛けるボークスさんとのコラボレーションでドールとフィギュアの魅力を合わせ持つドルフィードリームというラインナップにヤシトラがこのように登場いたしますということでございまして、これがですね、はい、服の素材一つ一つからですね、徹底監修をさせていただきつつ、もともとクオリティの高い、会社さんなんですけど、凄まじいクオリティでですね、ドールってね、服だけを欲しいからっていう人たちもいるんですけど、大満足していただけると思っております。すごいですね。こちら。はい。So these Dolphy Dream, the quality of it is just very high, and everything was supervised by Yoshida-san and team, and just even the textures of the different layers on her outfit is just so high. And with these Dolphys, some people just want to collect them for the outfits that these dolls wear, and I feel that this is something that collectors can be very much satisfied with. はい。ということでこちらでは商品情報を確認してお高いんでしょう。お高いとお思いでしょう。こちらなんと10万円を切りまして99,180円でのお届けとなります。でこちらがですね、2022年の12月末の発売予定、発送予定マジで。そのためにはですね、予約を11月21日までにしていただく必要があります。はい。予約商品となっておりますので、興味がある方は予約していただいて、そうすると2022年の12月末頃にお届けとなる商品ですので、ぜひともご検討ください。いいですか？1年です。1年かかります。1年作りますんで。はい。はい。So as you can see, you have to make pre-order to purchase this, and you need to make your pre-order by November 21st. Then you will be the scheduled delivery timing will be late December 2022 next year. So we needed like 1 year manufacturing time for this product. はい、ということで、こちらリンク先にすでに情報ございますので、ご確認いただければと思います。You can check the detail and then you can also make a pre-order on the website.
ガチログガチのやつですね。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは続いて次参りましょう。続いてはこちらです。はい。FF14 公式の新しい、マーチャンダイズ商品のご紹介で、まずは T シャツパーフェクトアレキサンダーです。はい。The new announcement from the FF14 team, the new official merchandising items. The first one is the T-shirt, Perfect Alexander ということで、今日は冒頭から私着ておりました。生壁になりますか？よいしょ。ちょっと、はい。いけないか。こんな感じです。これはね、かっこいいんだ。そうなんですよ。ね、だいぶ苦労しましたね。こだわって。ね、随分かかったと伺っております。はい。背中がね、コミック風の合体みたいな。よいしょ。The design is quite elaborate here, as you can see in the artwork. And there's also a backside. Looks like something out of a comic book where Alexander comes together and assembles. はい、はい、ということでこちらが12月18日発売予定です。すでに現在予約することが可能でございますのでご確認ください。So this will be available. The release timing will be November 2021, and then you can make pre-order already on official Square Enix store. はい、それでは続いてはカメラからいきますか。じゃあ。はい、続いての商品はこちらなので生カメお願いします。はい、続いての商品そちら。ですね、オフィシャルグッズ肩たたき棒です。こちらサンプルなんです。ほぼ最終版に近い実際のサンプルを今日お持ちしておりますが、肩たたき棒が2種類ございまして、今吉田さんが持ってるのが、ロンカの水蛇の方で、私が持ってる方が、ファットキャットということでございまして、例でやってると肩こるんですよ、ね、肩叩くマッサージの部分と、あとこっち孫の手がついている。そう。The next item is the shoulder massage stick. The one is the fat cat, and then the other is the great serpent of Ronka. This is actually the. ちょっと気になる。でもいいかな。マッサージ。そこまで肩の痛みとかあるわけじゃないしな。On your back, scratch your back. これ海外で、あみさんこれ海外で通じんの？孫の手。孫の手。なんだっけな。Back scratcher. There was a term that like monkey's paw or something like that. まあそんなわけで背中かけます。But yes, you can scratch your back. Scratch your back. いや相当がっちりしてるから取れないと思う。はい。最終品はまだこれサンプルなんで、我々が無茶すると抜ける可能性がある。でも結構しっかりしてる。で吉田さんが持ってる棒の方が最終版の棒です。こっち。はい、こちらちょっと今検討中の段階あってちょっと色が違うんです。はい。ということになっております。かわいい。はい。こちら12月18日発売予定です。This will be available in the West. This will be scheduled for February next year, 2022. はい。ということでぜひともご検討ください。続いてです。こちら。はい、アクリルスタンドです。各ジョブ出しておりますが、新ジョブが増えたということで、リーパーと賢者のアクリルスタンドです。So next item is the acrylic job stands. So we already have all other jobs, and then now we have a repair stage. So we have all these two. はい、実物ございます。はい、こんぐらいのサイズ感。ね。吉田さん持ってる方がリーパー、私持ってるのが賢者です。はい。こちらも、日本は12月18日、海外の皆さんは来年2月の予定となっております。This will be scheduled for release at February 2022. はい。ということでよろしくお願いいたします。はい。次。はい。ジョブが増えたので、こちらも、ジョブのピンバッジです。
ピンバッジが。New job pins for repair and stage。はい、ではこちらも、今日一日中私つけておりました。はい、カメラお願いします。はい。ね、まあすでにお持ちの方いるでしょうから、あれと同じものの新ジョブ2つ分です。ね、リーパーと、ステージ、賢者ということで、いい感じです。ので、皆様、ぜひともご検討ください。はい、ありがとうございます。こちらも12月18日、海外は来年2月の発売です。So this will be again、scheduled to release on February 2022。はい、そして次、最後だけ、ちょっとこちらが2本だけの商品になってしまうんですけれども、画面いいですか？はい、オフィシャルカレンダー、来年2022年のオフィシャルカレンダーです。So unfortunately, this is only available in Japan region, but we are gonna have a new calendar 2022. ということで、こちらが今年の12月24日発売で、実物が一応ございます、吉田さん。まあ、サイズは、こんなサイズ感、生画面にしてください。はい。ね、いいサイズのカレンダー。中身はこんな感じ。上質な紙色。should be good quality of paper はい、現在作業中でございます。Now work in progress 生紙必要だったのかっていう疑問が俺の中にすごいあるんでそうですね。Did we really want to cut the live camera here to show the photo code insides? 本当だよね、本当だよね。その通りです。はい、はい、ということで、オフィシャルグッズのご紹介です。So this is new official merchandise items. So we have couple more things to announce before closing. はい、じゃあ次お願いします。ドン。はい、現在、行っております FF14 と FF15 のコラボイベントです。The first one is FF14 and FF15 collaboration, which is happening already. So this ends on October 18th. So please don't miss it. So こちら10月18日まで、まだちょっとあるなと思って油断してるところ意外にすぐ来ます。しっかり、ゴールドソーサーに通って皆さんレガリアをゲットしてください。はい、ということでよろしくお願いします。そしてもう一つ続いてですが、次のページお願いします。懐かしいな。これが見えたということは、はい、FF14 とドラクエ10のコラボが再演することが決定いたしました。So the last announcement is about FF14 あ、でもこれはやったやつか。そうだね。はい、こちらイベント期間が、10月19日から11月11日のスケジュールで予定しております。So the collaboration period will be from October 19th through November 11th. はい、ということで、ドラクエ10コラボがやってまいりますので、ぜひともお見逃しなくよろしくお願いいたします。はい。新規の人はね、やってない人もかなりいる。ガロしてほしいなーってやっぱ書いてある。忙しいですね、皆さんで。忙しいです。はい。New players, I'm sure, have not had a chance to do some of these collab events, so I'm sure it's going to be quite busy. はい、ということで、なんかごめんなさいね。カメラを動かしたせいで画角がむちゃくちゃになったんですけど、まあいいです。大丈夫じゃないですか。もうおじさんだし、おじさんの顔は別に斜めだろうが、なんだろうが。いいですね。多少引いてじゃないとワイプが入んないでしょ。あゆみさんのワイプが入んないから。いいよし。ということで今日のお知らせコーナーはこれで全部となりました。Okay, this is actually a wrap of today's letter life. ということで吉田さんから最後に一言。いやもういいんじゃないか。傾いてはいるけどなんかいじると大惨事になりそうじゃない？ Yeah, so we'd like to take some comments from 吉田さん before closing. お願いします。はい、すいません。まずは長時間お付き合いありがとうございました。First and foremost, thank you so much for tuning in for such a long broadcast today.
まだまだお伝えしたい新システムとかね、コンテンツとかあるので、ぜひ次回も長時間にはなると思いますけど、そちらも楽しみにお待ちいただけたらと思ってます。But there are still a lot of information that we still have yet to share on new systems and different content. So we expect for the next PLL to be long too, but it would be great if we could come back and tune in again. まあその DC トラベルの延期っていうちょっと皆様には本当に申し訳のないアナウンスもしなければいけない状態で、本当にまずは申し訳ないと思ってます。ただやっぱり僕らにとって両月のフィナーレっていうものを皆さんに楽しんでいただくことが最優先で、それの安定性を取ること、それからできるだけ一つでも多くのコンテンツを楽しくお届けするっていうのが仕事だと思ってますんで、もう全員最後の追い込みとしてめちゃくちゃ頑張ってますんで、ぜひ行月のフィナーレ楽しみにお待ちいただけたらと思います。And so throughout the broadcast, of course, there were good news, but there was also unfortunate news like the postponement of data center travel. But and so we apologize for that once again. But it is our utmost priority to deliver Endwalker to everyone and for everyone to enjoy the new expansion pack and make sure that everything is stable and we are providing as much content as we can to our players. So right now we are pushing as hard as we can. And so I hope that everybody is excited for the launch of Endwalker. はい。まあもう本当ちょっとね喋りすぎて言葉が出なくなってきてますけど、まあとにかくよう作ったなっていうぐらいでかい拡張になってます。And with such a long broadcast, we are starting to run out of vocabulary at this point. But again, we've been working really hard on the content, and I'm hoping that people will look at it and be very impressed by what the team has done. That's just how large of an expansion pack we're trying to get this to be. エンドウォーカーってタイトルはついてますね。確かにハイデリン・ゾディアーク編のサーが完結っていう話をまあさせてもらってるんですけど。And of course, with the title like Endwalker, and we're talking about how we're bringing the Heidelin Zodiac saga to a close. どちらかというと、まあ実はこの先の10年に向かってかなりいろんなことを今始めているので、その新たなスタートでもあります。そこはちょっとまだ一旦エンドウォーカー楽しんでもらいたいので、あんま詳しくは言わないんですけど、その後さらに次のそうだよな。その次どうなるか。ぜひですね、この未来に向かってのフォームにもぜひ期待をしつつですね、プレイしていただけると大変嬉しいです。はい。But that being said, we're also looking at this as a looked into the future and just how we're going to take this next 10 years ahead of us. And there's a lot of new things that we're trying for the future of Final Fantasy XIV. And we do feel that it's a new start at the same time. So, of course, we would love for players to enjoy Endwalker when it comes out, but there are new things on the horizon. Whenever the time comes, I would love to share some of the ideas that we want to bring in to the future. So again, while it does feel like one arc is concluding, we are looking to the future and we are looking to continue this adventure. さあでは長時間本当に皆さんお疲れ様でした。ハイリさんも本当にお疲れ様でした。But yeah, thank you again, everybody, for watching. Thank you to all the speakers. It's been a very long show. はい、それでは以上をもちまして第66回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブを終了とさせていただきたいと思います。So this is actually a wrap of the letter from the producer live number 66. So thank you very much for watching until very end. はい、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。ありがとうございました。Thank you.
6時間16分。テスト含めると7時間か。お、ニコニコアンケ来るぞ。67899か。よかった以上。めっちゃ降ってる。わからんな、降ってるかどうか。のしのし。のしのし。いやー、曲いいね。次は11月6日か。よし。よっしゃ。そしたら、あれちょっと待って。なんか、おかしくね？ああ、そっか。そうか、そうか。音量を戻しますか。いつもの配信画面に戻しましょうと。
ああ枠をちょっと作り直すわ。すいません。ディスクをネクト。